cussed out. Okay. Normally I turn it down to here for the mixed commentary goes here at this level, and the regular level is over here. If I turn that all the way down, it should only be my voice coming out, and that's what is coming out of the speaker right now. This is the level at which I'll be speaking. Okay, no problem. Okay. Hello, I am speaking through the speaker. Is this loud enough? Hello. これゼロになった。ミックスゼロにした。ちょっとマイクチェックのために。聞こえるよ。ゼロだよ。もうゼロだよ。OK、戻ります。はい、皆さんおはようございます。本日はようこそ 2023 D1 グランプリ開幕戦にお越しいただきましてありがとうございます。もうすでに会場にもお客さん入ってもらってますけども、YouTube ご覧の皆さんもいよいよ今年2023年の D1 ここから始まりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。 D1 で今年も MC やらせていただきます MC 辻です。よろしくお願いします。ではですね、最初は今私コース上にいるんですけども、コース上に今年のレースクイーンの皆さんに並んでいただいております。じゃあ自己紹介兼ねて誰を応援してるかとお願いしますね。じゃあはい、トネさんからいきましょう。はい、皆さんこんにちは。今シーズン D1 でレースクイーンをさせていただくことになりましたトネモタスポギャルズの愛と申します。はい、トネ株式会社は今年でなんと85周年を迎えることとなりました。これからも進化を続けるトネの工具にぜひご期待いただけると嬉しいです。皆さん2日間よろしくお願いいたします。すごい完璧に覚えましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。お隣行きましょう。はい、2023ケノールガールの辻香ダーネラとチュアンリサコです。私たちは、TMS 大丈夫ですか？待っとけ。はい。さっきインプットしたんで。待ってます。TMS レーシングチーム G1 下カーナンバー19山口選手とカーナンバー79のメクワ選手を応援しています。おー、ギリギリ。私たちと一緒に、1年間応援よろしくお願いします。ダラダラしてましたね、全体的に。大丈夫、最初だけ。よろしくお願いします。2日間頑張ってください。ヨネちゃんやん。はい、こっちに来ちゃいました。はい。今年は。はい、皆さんこんにちは。東京オートサロン2023でおなじみの芝タイヤガールズ、米倉美優と、はい、新田優衣です。今最も勢いを上げている芝タイヤですが、そんな芝タイヤから今回は全部で10台参戦します。ちょっと風もあって寒いんですけど、皆さん風邪ひかないように、午後からは雨が降るみたいなんですけど、そんな雨にも負けないように熱い応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ東洋さんいきます。はい、皆さんおはようございます。これ見た今のこういうのよ、今みたいなやつ。ありがとうございます。2023チーム東洋タイヤーズドリフトギャルズの白石美音です。
同じく今年から参加させていただく相坂真希です。よろしくお願いします。私たちはカーナンバー88、川端正人選手、カーナンバー66、藤野秀幸選手、カーナンバー7、松井幸雄選手、カーナンバー77、松山北斗選手を応援しています。はい。マシンの足元は同様タイヤ R888R ドリフトです。タイヤの側面にはドリフトと刻印されているところもかっこいいタイヤです。グリップ力が強く、選手からのも信頼も厚いタイヤとなっているので、ぜひ注目してください。めっちゃ練習してるやん。ね。1回だけです、あ合わせたの。はい。先月のラウンド0で初めてドリフトを間近に見たんですけども、すごい迫力で心臓が飛び出そうになりました。今回の奥伊吹モーターパークでは、さらに間近でバトルの様子を見ることができると聞いたので、今からとっても楽しみにしています。皆さんも心臓が飛び出ないように気をつけてくださいね。なんやそれ。はい。また、ブースでは選手が履いているタイヤの展示やオリジナルグッズを販売しています。限定商品もありますので、お早めにブースへ遊びに来てください。11時40分からは、選手たちのトークショーもあります。じゃんけん大会では景品も用意してお待ちしております。それでは今日もチーム東洋タイヤーズドリフトの応援、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。パリノさん行きましょう。皆さんおはようございます。2023バリのタイヤを応援します。バリのガールの北川美玲です。中村直樹選手率いるバリのタイヤからは11名の選手が今年は参戦します。そして今年からバリのドリフタースターという新しくはい。何ゴニョゴニョ言ってんのバリのドリフトスターも参戦するみたいなので、はい、皆さん1年間バリのタイヤの応援をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続いてどうぞ。大丈夫？感極まった？大丈夫？大丈夫です。お願いします。D1 奥伊吹、そして配信をご覧の皆さん、おはようございます。リペアクリエイトとミツルパワーレースクイーンの月島奈々です。リペアクリエイトとミツルパワーは今年度初参戦になるチームになります。チームクルーとスポンサー様のこだわりの詰まったイエローの目立つ GR86、瞬きせずぜひ活躍ご覧ください。村上選手の走行を皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。お隣行きましょう。皆さんおはようございます。RS 渡辺スピードマスターレースクイーンのマーサです。お野菜です。よろしくお願いします。お野菜です。お野菜？聞き間違いではなかったんですね。ひらがなでお野菜です。お野菜？はい。お野菜って畑になってるやつと一緒ですか？そうです。畑にあるお野菜です。覚えてください。覚えました。何ですかそれ？私たちが応援するのは51号車岩井照義選手、43号車田所義文選手です。皆さん一緒に応援よろしくお願いします。何も入ってこへん。お野菜しか入ってこへんかった。では最後締めてもらいましょう。皆さんおはようございます。エヴァンゲリオンレーシング四季並飛鳥ラングレー役の五十嵐のぞみです。牧波マリイラストリアス役の霧島聖子です。私たちが応援しているのはウェインズトヨタ神奈川オレダレーシングです。90号車最上元気選手は今日が D1 グランプリデビュー戦となります。はい、ぜひ私たちと一緒に最上選手の応援をよろしくお願いします。頑張れ最上選手。じゃあどうする？やっとく？お決まりみたいになってますね。はい、じゃあ聖子このダンスで決めようか。はい、今日からコスチュームが今年バージョンになってるので。変わったん？そうなんですよ。どこが変わったん？いや、中身全部、ほら見てくださいよ、この紐。紐？ほら、かなり。そうなんや。めっちゃセクシーじゃないですか。めっちゃセクシー。いや、もうみんなガリガリやからもう、心配になる。ちゃんと。じゃあ、最後。いい？はい。マイクはどうする？持っとこうか。はい。では、聖子お願いいたします。決めてよ、ちゃんと。頼むよ。
決めお願いしますよ。みんな見てるから、会場の皆さんも、YouTube 見てる人も、まだある。以上でした。ということで皆さん、今年も D1 グランプリよろしくお願いいたします。この後準備でき次第、コース上でオープニングセレモニーです。青は挑み続ける心。青はまだ見ぬ何かへの渇望。青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。トヨタイズ。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。利根は今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコグさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、今回85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。Just throws them on the early transition.
先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。だからそれじゃ解説谷口みたいになっちゃうね。さあ、大変長らくお待たせいたしました。2023グランツーリスモ D1 グランプリラウンド1奥井吹開幕です。ようこそここ奥井吹お越しいただきました。2023年の D1 グランプリシリーズ D1 としても23年目、いよいよこの5月に開幕ということになりました。皆さんのお越しを本当にお待ちしておりました。D1 グランプリ23年やっておりますが、やはりネクスト10イヤーズということで、さらなる10年を見越してまた今年もいろいろ変わった形で盛り上げてまいりたいと思います。そして23年間やり続けておりますが、まだ先10年やるかどうかは分かりませんが、今回も D1 実況は私鈴木学でございます。よろしくお願いいたします。川崎さん、上にいますね。はい。はいはい、
皆さんこんにちは、谷口ホテルです。久しぶりにね、D1 会場に来たわけなんですけども、僕もまあまあ浦島太郎状態で、だいぶ変わってますよね、なんかメンバーとか、ね、車もメンバーも、今回は学さんとは違うちょっと裏側の解説ということで、やらせていただくので、ちょっと様子を見ながらちょっと勉強しながら、お伝えしていけたらなと思います。でも逆に分かりやすいね、非常に丁寧な解説期待しておりますので、専門用語を使うなってなんかに文字に書いてあったんで、なるべくね、大丈夫です。そのあたりは私と川崎さんが専門用語バリバリでわけわかんない解説してますから、実況を、それは逆にビデオオプションチャンネルの方の配信においては、谷口さん分かりやすくどうかよろしくお願いいたします。卍とは何ぞやと。いやもういいです、そういうところはもう、本当に。女子高生が先に使ってるっつうの。マジより先に。知らんけど。はい、おはようございます。審判長を、務めます貝本です。よろしくお願いします。まずね、今年、この後紹介ありますけど、審判団が、4人になりました。ドリフトの OB で23年経ってね、やっとドリフト OB で固めることができたんで、多分今年1年違う形が、見せていけると思いますんで、開幕戦楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では高橋さんお願いいたします。はい、おはようございます。4年ぶりの現場なんですが、昨日からですね、会場を見てて、楽しそうだなっていうのを思うんですが、今回は、今年1年は違いますね。今回は、厳しい目で、選手のいい走りを、ジャッジできたらなと思いますので、今年1年お付き合いよろしくお願いします。ありがとうございます。では春山さんお願いします。おはようございます。今回、副審として第1ゾーンの審査をいたします春山です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。続きまして小口さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。元 D1 ドライバーの小口義則です。今回は熱烈なオファーを受けて審査員の方に入るようになりました。これから1年審査員として今までのドリフト経験をしっかり生かし、それをきちんとした形で点数に残して審査したいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、今シーズンから D1 事務局で可愛すぎる事務局員としてお手伝いをしてくれる江崎ロアさんです。はい、江崎ロアです。普段はレースクイーンしてるんですけど D1 グランプリの方では事務局でお仕事させていただきます。よろしくお願いします。はい、やめないでね。頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。はい、頑張っていただきたいと思いますけれども、さあ以上揃ったところでお待たせいたしましたそれでは2023シリーズ開幕戦エントリー選手のご紹介してまいりましょう。さあそれではここから全選手ご紹介してまいります。まずカーナンバー33石川純也、続いてカーナンバー45 S、 カーナンバー31そば切り広大、カーナンバー12久保川澄香、カーナンバー70横井正史、カーナンバー98尾藤弘樹、カーナンバー90最上元気、カーナンバー66藤野秀幸、カーナンバー23下田沙也加、カーナンバー18日比野哲也、カーナンバー99中村直樹、カーナンバー95ポン、カーナンバー84橋正和、カーナンバー16山口浩二、カーナンバー79目桑幸次郎、カーナンバー46末永正雄、カーナンバー55松川和也、
カーナンバー69秋葉流星、カーナンバー15上尾勝弘、カーナンバー43田所義文、カーナンバー2田中聖美、カーナンバー93加納弘樹、カーナンバー52北岡祐介、カーナンバー51岩井照義、カーナンバー11村上充、カーナンバー27茂木武史、カーナンバー7松井幸雄、カーナンバー88川端正人、カーナンバー75畑中夢人、カーナンバー56森高弘、カーナンバー77松山北斗、カーナンバー8久米哲也、カーナンバー29斉藤裕二、カーナンバー87斉藤大吾、カーナンバー78上野貴弘。はい、ありがとうございます。以上35名のドライバーの紹介ということで、一部ですね、ちょっとおかしな方もいらっしゃいますけども、一切触れないようにしておきましょう。はい。さあ、というところで、はい、このメンバーでこの開幕戦から戦うということにもなってまいりますけれども、はい、まずはですね、この選手を紹介して、その前になんですけれども、はい、23年目のこの D1 グランプリシリーズ、D1 グランプリ長年にわたって参戦し続けました。さらに通算100戦以上の方も今回参戦している、出場しているということになりまして、はい、この100戦以上、出場している選手に対しましてレジェンドパスを授与しようということになりまして、レジェンドパスをご用意いたしました。はい、これを持っている方はですね、いろんな意味でものすごいこの D1 の中で、すごい待遇が非常に優遇されるを受けられるということで、もちろん谷口さんには、渡すことにはなりませんけれども。なんで？100戦以上ないですから。私ね、はい、初代チャンピオンですよ。いや、それでもないです。はい、ないんです。それは普通にレジェンドとお呼びいたします。はい。ということで、これは。これだったら何があるの？これ、レジェンドパスはいろいろな優遇が。はい、この後、まだないです。知らねえだろ。はい、僕知らないです。決めてませんから。本当に。ただ、これを持ってる人は栄誉ある。で、これを持ってさらに頑張っていただきたいということで、その方をお呼びいたします。まずはですね、上野貴弘さん、どうぞ。谷口さんから、このレジェンドパスをお渡しください。はい、今回が160何戦目ということですから、上野さんの場合はもうすでに150何戦、はい、出てるということになります。はい、上野さんです。さあ、続いてまいりましょう。続いては田所義文さんです。はい、そこ行ってください。はいね、一貫して AE86 エンジンは変わるでもずっと86で出続けている田所義文さんでございます。さあ、続きまして川端正人さんです。川端さんもそうですね、確かにだいぶ年を取ったということでもあるかもしれません。さあ、そして4人目最後、もう一人日比野哲也さんです。日比野さん、はい、ということで谷口さんより見事ですね、このレジェンドパスが授与されたということになります。上野貴弘さん、田所義文さん、そして川端正人さん、そして日比野哲也さんということになりますんで、いや、もうそれ下げてってください。いつも毎回タダで D1 に見に来れるとか、そういうエントリーはちょっとわからないですけども、それがいいって言われても、まだ決まっておりませんので、後ほどお伝えいたしますんで。はい、一応今ね、はい、この辺からはもうそろそろやめろっていうことらしい。そうです。確かにこれを渡された人はもうそろそろということもそんなことはない。川さん、そうだね、そうですよね。はい、
はい、もういいですよね。もういいですから、本当に。はい。さあ、というところでね、レジェンドパスの、パスをもらった方々、4名の方はね、はい、本当におめでとうございます。頑張っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、さらにこれからね、出続けている人、このレジェンドパス、ぜひですね、授与してもらえるように、この先も頑張っていただきたいと思います。さあ、それではですね、ここからさらに辻さん、昨年のですねチャンピオンの横井さんに選手宣誓をしていただきましょう。横井選手お願いします。はい、お願いいたします。横井さん。はい、皆さんこんにちは。ちょっと喉が死んでおりまして、聞き取りにくいかもしれませんが、すいません、よろしくお願いします。皆さん、今シーズンも、まず奥伊吹から、たくさんの方来ていただいてありがとうございます。選手もね、今回奥伊吹からということで結構しっかり練習もして、今万全の状態でみんな並んでると思いますので、1戦目からみんなでバチバチな盛り上がる単走追走、いいものを見せていきたいと思いますので、選手一同頑張ります。皆さん楽しんでってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、それでは始めてまいりましょう。2023グランツーリスモD1 グランプリシリーズラウンド1奥伊吹の開幕です。シリーズタイトルスポンサーグランツーリスモ、オフィシャルタイヤスポンサー東洋タイヤ、バリノタイヤ、芝タイヤ、サポートタイヤスポンサーダンロップ、グッドライド、パートナースポンサートネ、スノコ、グラムライツ、アルティア、 ATS、 プロジェクトミュー、 BN スポーツ、ブリッド、オフィシャルウェア、プーマ、オフィシャルアワードドリンク、奥の松酒造、メディアパートナードリフトスピリッツ、三栄、以上の皆様のご協力でお送りいたします。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱、
あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます青を灯せトヨタイズバリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。利根は今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカー、トレフォグさん、85周年おめでとうございます。僕もね、トレフォグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで、長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひ、トネの工具、使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはね、すごい泡立ちにくくて、すごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ、皆さん、使ってみてください。Just throws them. The early先人が積み上げた伝統の味わい。時代に合わせた革新の味わい。次の100年に、伝統と革新の300年、奥の松。
はいビデオオプションご覧の皆さん改めておはようございます。このカメラです。このカメラね。はい、おはようございます。はい、今シーズンからビデオオプションで MC 務めます D1 でも MC やっております辻です。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今回このビデオオプションでこの D1 をお届けするということで、解説にはですね、初代 D1 グランプリシリーズのチャンピオンの谷口さんにお願いしております。谷口でございます。はい、そうです。谷口さん、初代チャンピオンはもうずっと変わらないから。そうですよ。僕の初代チャンピオン塗り替える必要は現れませんから。絶対塗り替えられませんから。はい。ということで、今回谷口さんに、分かりやすく解説していただくということで、今までのその D1 とはちょっと分けてお届けしますんで、まあ専門用語はできるだけなしの方向で、分かりやすい方でお願いいたします。ドリフトとかも、車の横滑りって言ったらいい。いやいや、それドリフトぐらい分かるから、ドリフトはドリフトでいいですけど、それ以外をちょっとなんかうまいこと、初めて見る人でも分かるような、そんな。これ今までなかったよね、この放送。そう、今までこれはまとめてね、プレミアムの方でお届けしてたんですよ。だからすごいコアなファンの方は、詳しい実況とか聞きたい方は、プレミアムチャンネルの方が学さんと川崎さんがやってますから、そっちで見ていただければ。格下げ？いや違う、裾野を広げようという、ぜひ多くの皆さんに D1 ほらよくあるんですよ、なんで今のこっち勝ったんとか、なんで今のが良くてさっきのあかんのとか、結構あるんで、それを分かりやすく解説していただこうと。そこね、俺も知りたいのよ。そうですよね。俺もずいぶんね、浦島太郎状態で、そう久々ですもんね。だからちょっと僕も勉強しながら、ちょっと辻君に教えてもらいながら、僕の知ってること知れてますけどねちょっと教えながら、まずさっきオープニングで、誰この人って人いっぱいいたんですよ。そうですね、確かに今年というか、まあここ何年かは割と下からどんどん上がってきてる人が。野村さんとかいなかったね。そうですね、ちょっとだいぶ遡りますね。熊久保支配にもいなかった。熊さんもいないですね。風間康之。いやだいぶ前ですね、それは。マジで？はい。それはでも上尾いたよ。上尾さんいらっしゃいました？いた。よかったです。上野さんもいらっしゃるし、昔からしてる方もいるし、ちょっとミキさんはもういないですね。はい。でちょっと谷口さん、まあ今更自己紹介ってあれですけど、一応紹介をパネル出しますか。どんな人か、まあ知ってるでしょうみんな。お願いします。出ます？出るか？出た。合ってますか、谷口さん。年ばらすなや、もう年いつ？もうすぐ誕生日やん。そうなんですよ。次で52歳ってことですか？そう。おーい。で2001年初代チャンピオン。ね、まあ他にもいろんな獲得されてる賞はありますけども。なんで割愛するの？いやそこはちょっとこれ収まりきらへんから、このぐらいで。初代チャンピオンということで D1 チャンピオンでしょ。で現役スーパー GT のね、GT3 回だけチャンピオンでしょ。3回チャンピオン、あとはスーパー耐久が8回チャンピオンでしょ。シビックインターチャンピオンでしょ。きりないな。86BRZ レース4回チャンピオンでしょ。きりないはい。まあそれぐらい。いやでもすごいですから、その谷口さんに今日明日と解説していただきますんでよろしくお願いします。コメント来てるのね。そうこれね、今チャットでどんどんコメント入れてもらっていいんですよ。そうですね。ガンガンなんか見えてますから。そうこれ皆さんのチャット僕ら見えてますんで、ガシャガシャ悪口以外書いてくれたらね。いや悪口も来るでしょうね。悪口はいらないです。誕生日おめでとうと来てますから。ありがとうございます。でまあこれもう一回説明しますと、初めて見ていただく方にも D1 グランプリって何ぞやっていうのが分かりやすいようにということでやってるチャンネルなので、もしなんかドリフト興味ある方とかでいつも見ててもちょっと分かんないなって方はこっちを見ていただいたら。そうですね。こっち無料ですから。そうこれ無料なんです。プレミアムのチャンネルもあるけど、そうあれはあっちの方でやってるけど、すぐ横なんですよね。あっちの1メーター隣でやってるけど、それはちょっとお金かかりますから、こっちを見ていただければ、取って出しの映像とかも出すし、基本はですね走行音を楽しんでいただけるようになってるんですよ。どっちが？こっちが。実況よりも走ってる車の音とかも楽しんでいただけるように今年はちょっと変えていきますんで。あっちはだってほぼマナピーの声だもんね。そう学さんが実況するじゃないですか。その実況じゃなくてもう車の音を聞いていただくとか、そういう風にやってますんで。それからもしなんかこのコース上がなんかオイル巻かれたとかね、で中断するときはビデオオプションの昔の蔵出しの映像を
掘り込んで楽しんでいただくという、松投げをしないでいいんですよ、こっちは。なるほど。はい、もうじゃあ俺らの休憩時間になるわけ休憩時間になります。じゃあもう昔の人気のやつを入れましょうっつって見ていただけますから、そういうチャンネルになってますんで、楽しく。これここにちょうだいよ。あ、ここに行きますか。俺にもコメント見せてよ。こうしましょう。そうやりながらね。そう、はい。コースアウトやりながら行きましょう。はい。谷口さんの運転めっちゃ綺麗。今日運転してないけどね。あ、これ僕が思いました。今日一緒に連れてきてもらったんで。あ、そうよ。そうですよ。ホテルから辻君をね、ご案内しました、こちらまで。それでですね、この後単走が行われるんですけども、単走の審査ってどういうものか、ドスって聞いたことあると思うんですけど、ないっす。ない。いやいや、みんなこの今日来てる人は初めて見る方にはドスとは何ぞやと。そのドスも含めてちょっとどういう風に点が入るかっていうの、これ VTR あるんですよね。 VTR ちょっといきましょう。そして右上の数字が現在の暫定順位です。またドスエラーがあった際にはバックアップの人間の審判員が順位をつけ、その結果が全体順位に反映されます。さあ、振りの速さに注目して D1 グランプリのパキーンと鋭いドリフトをお楽しみください。このようにゆっくりと振り出すよりも音、ほら見ると、来た。聞こえます？聞こえる？ただいまトラブっております。すいません。音聞こえる？あ、音がない。映像戻ってますよ。お、来た、聞こえた。オッケーオッケー。いや、みんなで作っていきましょう。で、ちょっと単走の V がいけなかったんで、谷口さん。はい。ここの奥伊吹のコースご覧になってなんかポイントどっかありますか？おはよう、アレクシー。あ、アレクシーおはよう。おはようございます。コース走ってんのは見ました？見てないです。見て、練習も見てない。Good morning, everyone. 白な気持ちで今から見たいと思います。Let me just turn these guys down here. Welcome to Okuibuki for D1 Grand Prix Round 1. It's the first of the season. We did have a demo round at Fuji Speedway a couple of weeks ago. That was just a demo round. It was only half the field. Just a bit of a show for the crowd appreciation at the beginning of the year. But we are here to begin. D1 のまず単走をやって Okuibuki Drift. 間に昨日ね D1 ライト First round of the season. Thanks for joining us here. We have 2 days of competition. Today, the 13th, Saturday, and also the 14th, tomorrow. Round 1 and 2. はい、そうちょっと今ちょっと V が出なかったんで、またちょっとやらせていただきます。はい。 So the weather looking a little bit overcast here this weekend. Not too cold. いや、ちょっと待って。Hopefully the weather will hold for today. The weather report from further up north in Japan is not looking too good. So weather might change halfway through the competition, not too sure, but we'll find out a bit later on today. Hopefully it should hold and we'll have a dry competition here today. そう、ドルピーがね、今年から復活してるんですよ。この86ね、はい。ZN の8、6だったはずなんだけど、石川純也が。はい。なんで知ってるかってフォーミュラ D 出てたから知ってるの。ああ、そうや、フォーミュラ D で解説されてましたもんね。そうなんですよ。はい。そうかそうか、そっちと共通で出てる人は知ってますよね。僕はだから両方の競技を解説する係です。そうですよ。これなんか貴重。そこはなかなかいらっしゃらないですよね。日本中のドリフトの大会を知ってるってことなんですね。そういうことですよね。どっちもってことですから。はい。他はいますか？そば切りはそば切り。2番目誰これ？2番目はね S です。あ、S わかるよ。タイのね。昔そう出てましたよね。S。名前にはどこにも S の文字がないんだよ。そうなんですよ。これね、誰ってなるんですけど S なんです。S。そば切り広大わかります。わかりますよね。久保川澄香わかります。はい。横井正史。わかる。尾藤。はい。最上はわからないんだけどさっき挨拶された。今年からねD1 ライツから上がってきてエヴァに乗るのにこれ審査があったんですよ。オーディション。 Alright, so as you can hear in the background, the car's heading out onto the track. This is actually kind of cool. I didn't know they were going to give me a face cam this weekend.
So our first group of drivers for qualifying will be heading out right now. これ次誰これポンです。ポンちゃんはいどこにもポンなんて書いてない Good morning to our Russian-speaking viewers. Здравствуйте. Welcome. We always get lots of Russian viewers at the beginning of the day. 松川和也ほら松川もグルーピーではい秋葉流星上野田所清美これわかんない加納さんもライツから上がってきた人ですね北岡わかるでしょ祐介はい岩井もわかる村上茂木武史はい松井川端畑中ってわかんないですねこれ畑中選手の息子さんですね北海道のそう息子さんこれもうクラッシュしてなかった今日ですか昨日かいやまだわかんないですね情報入ってきてないですけどあとはクメもクラッシュしたよね Looks like they're going for a little bit of a spin there over the finish line. くしゃくしゃになったよ So here's the schedule for today. By the way, just before we get started, volume check. How's the volume mix? 今修理中 同じ車だったら絶対 Is the Japanese one too loud, or should I turn it down a little bit? そしてそれから森高弘っていう森さんGP スポーツの社長っていうのねはい北斗久 Not too bad. 久米さん久米哲也 I will be turning the volume up on the Japanese side every now and again, but just for now, Japanese a little bit too loud. Okay. The mark. Actually, I should turn it down to where the mark is on the mixer. There we go. So as you can see, this is the crowd here this weekend. It's all temporary stands here at Okuibuki because, of course, this is not a racetrack. It's actually a ski field. And this is the big, one of the many car parks around here. It's quite a popular ski resort in this area. Big, flat car park up in the mountains, so we get that nice mountain scenery in the background. 皆さんチャットでも参加できますから、で普段の実況の方はプレミアムチャンネルの方でご覧いただけます。 It's a little bit nicer if it was blue skies, but we'll take it over rain, which is what was predicted for today. So this is the schedule for today. Time here is currently 9:30 a.m. And this is D1 Grand Prix solo runs. We'll be running for the next couple of hours. So this is qualifying for today's competition. We're setting them out in groups, A, B, C, and D groups, and they will be doing qualifying, followed by D1 Lights battles later on today at midday. So in about 2.5 hours from now, we'll be running the D1 Lights series, which is one step below Grand Prix. So if you like your stuff a little bit more, I hate this word, but I'll use it anyway, a bit more grassroots, a bit more relatable, Lights is the series for you. We always see good, close battles there. Bit of a different atmosphere in the Lights series. There's a lot of drivers there who, how do I put it, are not as sweaty as the ones you see in D1 Grand Prix. They sort of, they're there because they enjoy drifting, but don't want to spend the money on it. But are still really good drivers, so that should be interesting to watch later on today. All right, so sending out our first driver. This is qualifying. So and straight into the wall on the first run. You never want to be that first guy out. It happened first run. Okay, so it turns out the track's a little bit slicker than what he was used to yesterday. That is not a good start for Junya Ishikawa. First run of the day. First run in qualifying. And understeering into the wall. Not a great start. 右に見るとね、監督があそこいるわけですよ。あ、ほんまや、ドゥルーピー。わー。監督がどんな顔してるんでしょうか。My mic seems to be peaking a little bit. Okay, there we go. うわー、すげえ顔してる。You got to feel bad for him. You never, ever, 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 ever want to be first out in qualifying. It's never good. 松岡さんが怒ってます。はい。
As you can see, him just having a look at the. There you go. All the preparation, and as he apologizes to the crowd there. Very common thing you see in Japan, the driver after causing an accident or having an accident apologizing for ruining the flow of the action. So let's see what went wrong here. No, just tried to steer out of it. The front end just not responding at all to his commands to the through the steering wheel. Started to counter steer, then tried to steer out of it, but the front tire just absolutely not listening to him. And that's a big hit to that front left quarter, taking the entire weight of the car up against that solid concrete wall, I should say. That is a solid concrete wall. They can't move. And behind that concrete wall is about a 4 or 5 meter drop. So it can't, it's not the kind of wall that can be allowed to move. Ishikawa there holding his hand. It may have been sprained a little bit. Of course, when you crash, it can make the steering wheel turn suddenly if you're not holding it the right way. Taniguchi just saying there that it's not always necessarily the driver's fault 100%. There can be situations where suddenly the power steering belt can let go, and as you go to counter steer, the steering gets extremely heavy all of a sudden. So there are situations sometimes where it can just be a mechanical problem. Look at this layout here at Okuibuki. Doesn't look like much at first glance, but it is very technical and extremely unforgiving. Any one small mistake will just compound and can cause you to lose the entire run. So as the drivers start to go through the course, I'll try and explain the little nuances and tricks of this track and all the little points that the drivers need to get right in order to get a good score. The first driver out there, Ishikawa, car clearing off the track there. You can see being towed off the front wheel up on a dolly, being pulled away back through the pits. Of course, these days, regulations on these cars mean things like oil coolers must be mounted up out of the way and not easily damaged in a crash like that. So we don't have any kind of leakage, which means we should be able to get back into the action very quickly. Yeah, this is pretty cool, isn't it? Well, I'm on. There we go. I'm on camera at least a little bit this time. It still is only just me, unfortunately. We were talking about getting in another commentator this year to have 2 English-speaking commentators, but hey, let's get to. We'll get to that later. We'll talk about that later. Here comes our next driver now. Back after a few years of not being able to run in D1 Grand Prix for reasons we probably all know. It's Pon. He's back from Thailand and back in the Goodride next S15 Sylvia. すごく彼上手ね。スムーズでしたね全体的に。まずね走る人1コーナーへの振りで、あそこなんていうの？ゾーン1第1ゾーンですね。第1ゾーン？はい。第1ゾーンをね壁のところに。Oh, I got the names back to front. Sorry. Wait. Pon is in the. はいはいはい。Pon is over in the Sora. I made the effort to try and separate out the foreign drivers so I could point them out, but I got it back to front. Sorry about that. つけなかったので97点と。ドリフトって、まあこれ知らない人に言いますと、この D1 って、
四角く囲まれたゾーンをなぞっていかなくちゃいけないんですよね。各セクターにゾーンがあって、そこをなぞらないとダメなんですよね。で、1ゾーン、2ゾーン、で、3ゾーン3まであります。 We'll be seeing him later on anyway. Okay, next driver now in Group A. Korai Sobagiri. Still only a newcomer to D1 Grand Prix compared to a lot of the other drivers. Yeah, oh, something happened right there. Didn't shift down into gear, it looked like. Oh, it sounds like it might be a gearbox or something like that. I can just hear Sobagiri rolling past the finish line just in front of us, making all kinds of grinding noises. いきなりこれがデフだったら多分代わりを持ってるんじゃないかなと思うんで、2本目までに治る可能性はありますね。 Sobagiri, if you've been watching D1 Grand Prix recently, いや今途中まで良かったですよね。すごく良かったですね。はい。ゾーンも全部取ってたし。 one of the rising stars of drifting in Japan. He comes from the new simulator generation. Some of these younger drivers growing up, remote control car drifting, simulator drifting, and now into the real thing. Looks like all that practice paid off. But unfortunately here, into the final outer zone right there, car suddenly stops. You can see one of the officials there looking under the car, so something maybe on the ground. It could be broken drive shaft, broken propeller shaft, broken diff. Any one of those things, as long as they have the spares, could be replaced pretty quickly. A gearbox though, if it's a broken gearbox, broken input shaft or something like that. Anything connected to the engine directly, it's not going to be an easy fix. So if they can get that back to the pits and get that repaired soon, he may be able to make his second run. Not a great start for the year there for Sobagiri. Oh, and you may notice this year the pit cam is no longer running at 160p anymore. We have a proper pit camera now. And look at this, we even have the onboard cameras running live as well. They're reasonable resolution, so yeah, improving the stream here at D1 Grand Prix. Of course, watching drifting in the flesh is always the best. The action at D1 Grand Prix runs pretty much straight all the way through the day, except for a break during the middle of the day. So if you can ever make it out to a live event, I highly recommend it. It makes a huge difference when you can feel the smoke and smell the exhaust. But in the meantime, you can watch this live stream. Next driver now. Another lady driver joining the ranks of D1 Grand Prix, Sumika Kubokawa. A clean first run for Sumika. Now, long-time followers of drifting in Japan may have heard that name before. Sumika, former member of Team Orange, used to run in D1 Street Legal back in the day. Was one of the first lady drivers to get a D1 Grand Prix license. Not the first, but one of the first. And she's known for driving a 180SX, a bright yellow 180SX back in the day, which is actually this car is one of her original yellow cars. You see the doors open, it is yellow underneath. Of course, been wrapped with her sponsor. There you go, you can see that drop down there behind that wall, very unforgiving.
So how do they earn points on this course? Of course, like in previous years, D1 Grand Prix, judged by the electronic DOS scoring system. See, there's 3 marked zones on the track there. She just missed that one, it looked like. There's one up against the wall on the entry. One on the inside, we just saw there before, and one right there on the outside. Now, the cars need to hit those zones at some point. They don't need to ride the zone all the way. I can see there's zone 2, zone 3. So that is a 2-point penalty each. 第2位ですね。でもああいう風にここ通りなさいよってところを印してあるのが、やっぱり見る人には分かりやすくていいですよね。外しただの通っただのって分かりやすいですよね。All right, here we go. It's your boy Yokoi. He's back again, multiple D1 Grand Prix champion. What more can you say about Masashi Yokoi? If it ain't broke, don't fix it. Back in his S15 Sylvia, skimming the wall very close. Zone, no problem with either one of those. 2JZ limits are all the way around. Sounds a little bit rough though. さすがです。さすがですね。でね、ギリギリ回転数を全く落とさないんですよ。はいはい。 See all those stickers there in his window. They're on both sides, by the way. And you can see on the right side there too. Winner, 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 winner in this S15 Sylvia. Almost hanging that wing over the wall. Hits the out zone, hits the in zone. Look at this, Yokoi using the entire track. It's almost like he's done this before. Very precise run. やっぱ安牌でね、これはまあ壁には届きませんよ。 Oh, and there we go, 98.4 for Masashi Yokoi for his first run, getting a first round of applause here from the audience. Not too bad. So each of the zones scored out of 20, 20, 30. 昨日何点がベストだった？ I don't have my page 98点台はもういい方ってことですね。 in front of me. There we go. The zones here. Scored out of sector 1, 20, 20, 30, 20, 10. So the most important part of the course is the entry and the middle section. From the entry to the middle section is the most highly scored part of this track. So next run, Vito. Unfortunately, for everyone except his sponsors, no longer in that iconic West Japan purple fade paint job. It's out here. Yeah, Driftstar, tire sponsor livery. Got to say though, it is quite flashy. It's got a bit of that the old stars and stripes action going on there. Next driver, Hiroki Vito. The Hiroki, a Japanese name. Vito, Filipino name for any Filipinos watching. First run, so sector 1 right here. The entry. I'm going to see a big flick there. Sector 2. Out towards the wall. Hold. Big angle. Sector 3. The flick through the middle section. Sector 4 and zone 3. Again, hold that angle. He kind of flicked out it late right there. And then the judge sector over the finish line. Now, one of the things about the finish line, you might think, well, if they can just hold huge angle over the finish line, they can get more points. Well, if they do need to be able to keep control over the finish line. If they spin over the finish line, they will be deducted points there. So not looking too bad here now. This gets you points in this middle section here. Watch this flick, which we were about to see there. 97.3 for Hiroki Vito. Decent start. So that speed there, 106 kilometers an hour. That's on the entry. We saw a 108 before from Yokoi.
All right, next driver now. Mogami. 来た。来たよ、エヴァ。 Mogami Genki. He's out this weekend in the Evangelion Racing Supra. It's 2JZ powered Supra. ゾーン3とゾーン3が。でもね、このね、まあ今回オーディションを勝ち取って、まあいわゆる人の車で人のお金で出れるわけ So じゃない this ですか。 particular car here, the Supra, もちろん like I said, 2JZ powered Supra, Evangelion Racing. So it is a racing team that's run by a Toyota dealership group in West Japan. 慣れてないじゃないですか、車に。だから。 So it's a bit more like a traditional race team where the car is built by a team and then they get a driver to drive the car for them. So this year, Mogami driving. We did see Tezuka driving the car last year at Ebisu. He had a bit of a big crash there. Unfortunately, missing zone 3. It looked it was a little bit shallow there. So for hitting the zones on this track, it doesn't need to be the tire. It doesn't need to be like the entire car, and they don't need to run the entire zone. As long as the bumper of the car, the front or the rear bumper, goes over the zone, even for a little bit, that counts. They don't need to run the entire zone. Our next driver, another champion of D1 Grand Prix. And always a threat in the battles. Hiroki Fujino, first qualifying run. Just この走りが何点なのか興味あるな。藤野さん。走り方がね、アウト側、このコースのアウト側の白線を舐めるような走り方してくるわけですよ。So his first run from the GR86 of Fujino. I'm going to say this would be a good score to use as kind of an average run. Like that was actually a really good run there. Okay, there you go, a 98.1. So that run there by Fujino, not too amazing in any one point, but just kind of good everywhere. He used the entire track. He kept his speed up. He didn't have a whole lot of angle. He didn't have any huge aggressive flicks. It was just a vanilla run, and there you go. It was a 98.1. So there you go. Good yardstick run for our following drivers. All right, next run. Female driver in this group as another one. Sayaka Shimoda, her first qualifying run. Another 2JZ powered S15 Sylvia. Really working the accelerator there through the course. Trying to keep her speed up. How many of you have been watching Sayaka's YouTube channel? They do occasionally put some English subtitles on them. This run from Sayaka, not too bad. Right on the edge of grip. 96.9, good entry speed though, 107 kilometers an hour for Sayaka. The car didn't look very stable though. Just compare that run to the run we just saw from Fujino. The car was right on the edge of control. It was kind of loose and sliding around underneath her. So unfortunately, Ishikawa in the Drew P86 not making it out for his second run. So here's our second run. Chanapom Kurpiam from Thailand. There we go, solid run.
今のみたいにね、 from our international driver. It's good to see them back again. コーナーにね振り出すじゃないですか。これでズバッと角度をつけたら Travel restrictions and all that sort of stuff. そのラインとか No longer an issue, thankfully. 点に響いちゃいますから。もう花から深いアングルに行くともうカウンターもね、もうこれ以上いじれないぐらいつけるわけじゃないですか、角度が。だから膨らますのも膨らましてくるし、で変に膨らませるとドスが that might be okay there. I don't think that's just barely hitting that zone there. We'll see if he gets a penalty. I don't think he will though. で1本目のタイヤが冷えてるじゃないですか。行き過ぎたらぶつかるじゃないですか。そうですね。だからね、むちゃくちゃドライバーの心理としては悩ましいんですよ。 Slow motion showing the very strong braking and accelerator work there. Through that middle sector, it's quite difficult to switch the car back and get it settled for the final corner. So 97.7. 何回か引き直すと思います。頑張って。All right, so decent scores in this first group so far. 今白線を引き直してくれてます。 So if you just joined us, welcome to D1 Grand Prix, round 1 of the 2023 season. We're here today at Okuibuki. これがちゃんと見えてなかったらダメですからね。 And we've only just started, so if there's any of your favorite drivers you haven't seen yet, stick around because they'll be coming out soon. Of course, we have the debut of Naoki Nakamura's new GR86. だってスキー場ですからね。そう。奥伊吹ですから。山奥ですから。ちょっと午後から雨っぽいんでね。こう滋賀県の果てでしょ。果て。はい。北の方です。ね。結構寒い Something んです else よ。 quite interesting this year. Seems that red ones go faster in D1 Grand Prix as well. A lot of cars this season, red. Surprising amount. A lot of cars that previously weren't red are now red. And some cars that were red before are even redder than they were last year. I guess we'll see that when they come out. Yeah, a lot of new livery designs this year. Right, second run now. Sumika Kubokawa. Second qualifying run. Oh, here we go. Looking good. Looking good for Sumika. Middle section is to get that angle. Needs more angle, more angle. There we go. A little bit late there. さすがにそれじゃ治らなかったね。さすがに無理ですね。All right, second run for Sumika. Not too aggressive on the entry. Of course, the DOS does reward hard flicks. It likes to see big changes in angle. There we go, 94.9 for Sumika. Not a great score. But, this is her re-debut in D1 Grand Prix after a long time. ですけど明日もあるからやっぱそういう部分でもね思いっきり攻めるっていうのは難しいです I guess you could forgive her for sort of easing back into it. 横井さっき 98.4 This guy you could not forgive for anything other than a massive run. Yokoi all the way to the wall. He loves that wall. Look at that right on line there. Watch the early flick back here. Big angle, slows it down. Holds the clean angle all the way around as well. And over the finish line. There you go. Great run from Yokoi. Looking forward to seeing him in the battles today. さっきので1本目が 98.4 ですから。99点台いってほしいけど。 So apart from the very first crash and the very first run by Junya Ishikawa, it's been a decent group so far. Look at that. これ99点台いかなかったら。 Big guts there attacking that wall. これで Wow, there you go, 98.9 for Yokoi's second run, 110 kilometers an hour on the entry. あと 1.1 か。まあでもすげえいい点ですよね。めちゃめちゃいいですよね。もうこれ確定ですよ。もう進出ですね。ベスト16進出しました。これは Big entry speed all the way up against the wall for Yokoi. Great control of that S15. Right, next driver, Hiroki Vito, second run. Whoa.
Damper settings there, quite aggressive on this one via. It's the S13 Sylvia with the 180SX front, understeering. 足壊れた。足壊れた。どの足が右後ろ。右後ろ。壊れたよ。あ、パンク？いや違うと思う。All right, so I think that oh, you can see actually an arm hanging down there. Yeah, that big hop on the entry. You can see, watch this as he flicks back here. Watch this. Oh, right there. So that big bounce there, like I said, it wasn't aggressive damper settings. It was actually braking suspension. Lucky he was able to keep it under control. もうじゃあ動きがおかしいですね、ここからね。カクカクなって。あれはね、噂のポッコンポッコンですよ。いや、噂のポッコンポッコンってなんすか。どうなったんですか今の。なんかわかんない It looks like he realized something was wrong there and bailed from that run. Vito, unfortunately, breaking his suspension on that run. そうですね。みんなね。That's one of the things about drift cars. この開幕戦の1本目の Regular race cars they are, of course, they're under a lot of stress and pressure, but it's a lot smoother than it is in a drift car. You've got drift cars switching back and forth, going from weight on the left side of the car to the right side in a split second. It's putting a lot of stress, and of course, they're running big, fat, high grip tires. ちょっとオイルが巻かれたということで今処理されております。一旦 CM 行きましょう。一旦 CM 行きますか。これどのぐらいかかるかですよね。でもね、でもこれそんななんか長くかかりそうな足でビーってやってますから。いや、So Vito そうだ、じゃああれ second run 単走審査の説明の V 流れてなかったんで、そ breakage. れをちょっと見てもらいましょう。So he'll have to rely on his first run 頑張 score. ってもらいましょう。じゃあ単走審査 VTR お願いします。So coming up in our それではここで D1 グランプ in リ our の next 単 group, 走の審査の Nakamura, 説明 Hibino, いたします。 Mekawa in his brand new BMW に build. 基づいて計測を行い、それを点数化するシステム DOS によって運営されています。 So this is the scoring system used here in D1 Grand Prix, the DOS. Each of the cars is fitted with a GPS この system ようにゆっくりと振り出すよりも which broadcasts the car's speed, angle and location back to the central DOS judging computer. 求められる区間では角度の安定性を計測しています。 So what is it looking for? Well, it's not looking for that. They say fura fura. It's when the car is wobbling around. When it's at angle, they want to see solid angle, not wobbling around. それが勝負の分かれ目となります。 Another thing is when the car flicks to an angle, a big solid flick. The faster the car gets to full angle, the more points they'll get. 安定性 And of course, sector 2 there, holding the angle. 4セクター 3, the flick. And 4, holding that angle once again. で計測を And 行 then います。 sector 5 over the finish line, the flick. So it's a それ以外に series of 重要になるのは flicks and 指定ポイン holds. トの通過です。指定のゾーンを通らないと2点から1点の減点となり Of ま course, す。 the cars do need to hit those zones. They don't need to ride the entire zone. Just hit the zone a little bit. ゾーン That's 通 enough. 過に関しては審判の判断でリプレイ映像検証が行われることもあります。計測された点数はこの表によって表されます。左からゾーン不通過 So if they do get, if they do miss one of those zones, they will get a red penalty. Of course, if they go off the track, the car needs to stay all 4 tires within the white lines on the track. If they go off, they'll get a sector penalty. And if, for example, on the entry, if they clip the course on the entry, if they go over the inside of the track, which is quite easy to do, or if as they go over the finish line they do something odd, for example they spin over the finish line or hit one of the cones on the finish line, they will get a judge area penalty as well. So add the points up, take off any penalties, and that's it, you end up with a score. The highest score possible is over 100. It is possible to get over 100. Very unlikely in qualifying though. So our top 16 ranked drivers from qualifying will go on to the top 16 battles later on today. Which is when we have
head versus head battles. Car number 1 versus car number 16, car 2 versus 15, etc. ゾーンのマイナスだけ言いますね。外側の第1ゾーンがマイナス2で、インクリップがマイナス1で、ゾーン3がマイナス2とかなっております。外したらね、はい、だから最大5点減るってことだね。そういうことで全部外したらマイナス5点になりますから。なるほど。めちゃめちゃでかいです。なるほど。でも怖いんだよ。外側は怖いから2点、ね、そういうことですよね。いや、これをだから振り返しとかのパキンっていうのをね見たいんですけども、やっぱそれは怖いってことですよね。Looks like we had a little bit of oil on the track that they're just clearing up. 第3ゾーンに向けて。あそこね、パーンと返すと、はい、ゾーン3に届かなくなるのよ。なるほど。かといってちょっとやりすぎるとオーバーランするから、はい、なかなか、ね、難しい。なかなかこう悩ましい。悩ましい。A little bit of a 谷口さん patch さっき聞けな there. かったんで、注目選手、大体この出てる人分かったんで、その中でも注 Should be 目 back 選 into 手 our next qualifying run very soon. いやいや、まあやっぱりいろいろいますけど、今僕の中で、はい、赤丸急上昇なのが谷口さんの赤丸急上昇、はい、誰？松山北斗。松山北斗。まあ別の団体。はいはいはい。 So a lot of cars here this weekend because this is a double round, D1 Grand Prix and D1 Lights. 去年もすごかったです。 We had D1 Lights qualifying yesterday. だからね、今赤丸急上昇中なんで。Today is round 1 D1 Grand Prix qualifying and battles. So from about midday onwards today, もうちょっと後ですね、出てくるのは。 it's nothing but battles here at Okuibuki. 松山北斗、それ以外います？ Current time is just past 10 o'clock. 斉藤大吾、はい。まあただね、今年一応今日開幕戦でオフシーズンがあったわけじゃないですか。はいはい。この間にいろんな方がどれぐらいアップデートしてきてるか。そういうことですね。各チームね。Okay, next driver now. In the Ava Supra. さあ再開です。最上元気から。Genki Mogami. 最後ゾーン3、ここ行けたら、うわー、ギリギリか。あれやっぱりちょっとでも出ちゃダメなの？はい。ちょっとでも？リアタイヤが出たらダメなんですよね。あ、そうなんですか。はい。厳しいですね。厳しいです。Alright, it looked like that Mogami's rear wheel may have gone off the edge of the track. He watched this flick there. Not bad there. Took a little bit of time to get to full angle. 別の大会。はい。あっちは。Hits that zone there. Watch the inside. It might be okay. ちょうどさ、やっぱり両方のルールを。So for the zones, they just need to get the car's bodywork over the zone. But as far as course outs go, it is the wheels. They do need to keep the wheels. Actually, it might have been there. Might have been a wheel. Yeah, there you go. Sector 4 line off. So it was up the top of the course there. He went off the edge of the track. So unfortunate penalty there. We are looking for precise, aggressive driving here at D1 Grand Prix. It's what we're going to see here from Fujino, I hope. There we go. Big angle. Oh, it's going to be a zone miss there for Fujino. Rest of the run, though, not looking too bad. Just trying to gain a few extra points there right at the end. A big flick over the finish line. 2だけ外してるじゃないですか。はい、あれがね、多分本当はあそこ通りなさいだけだったら全然通れるのよ。途中調整すれば。ただドスが車の揺れだったりね、角度変化っていうものを見てるから無理してゾーンこの2を取りに行くと。マイナス1以上取られるってことですか。可能性もあるから。なるほど。藤野はそこをほら。Oh, look at that, a 98.1. Now that's interesting. 取りに行ったんだね。なるほど。だから今のもうちょっとゾーン2が取れてたら 99.1 だったね。そういうことですね。だからそこも損切りをどこでしていくか。そういうことですね。一瞬で判断しないといけないってことですね。あ、今これちょっと膨らんでつけないけど緩めちゃうと。ちょっとここでドスが。I'm just trying to think from a strategy perspective. Would it make more sense sometimes to take that penalty and try and get a higher score? And that's a risky strategy to take, but still, it was a good score there for Fujino. Okay, last driver in this group, Sayaka Shimoda, second run.
リアバンパーも通ってないですかね。今ね振り返した後一瞬待ったのよ。やっぱり外はみ出したら嫌だからってことで。Good and bad points of this run. Saika, nice flick there, but long time before getting back. Yeah, right there. Long time before getting back onto the accelerator hard. So it was a nice entry, but she did slow down a lot. As you can see, compared to some of the other drivers. Still, though, solid run. And no penalty there. 97.4 for Sayaka. So with a 97.4, looks like we might possibly see her in the top 16 later on today. So just looking at the scores so far, it just seems the score we just saw there from Sayaka might be around about the cutoff point. 97.4 ぐらいをこのラインとして取っていったらどうですか。 Okay, so that's our first 8 drivers there. So Sayaka, there you go. She's at in 4th place. So just averaging it out. We have 16 drivers in the top 16. Obviously. Yes, there are 16 drivers in the top 16. And 35 drivers here today. So just usually we get 2 or 3 drivers who don't end up qualifying. So halve that, you get a top 16. So if you take the top 8 so far, halve the scores, we have a 97.37. So it's probably going to be about a 97.3 or so will be the cutoff to the top 16. Some quick napkin math there. これを度数を理解しているとそういう風な考え方になるけど、度数を攻略してなかったらやっぱりゾーンってなっちゃうかもしれない。All right, bring out our next group now. We have Group B. In this group, Tetsuya Hibino. You see there, right at the front of screen. Actually, no, that's him. Yeah, that's him there. Tetsuya Hibino back out. GR86. Also Naoki Nakamura. GR86. 本当ね、パッと見の走るだけで言うとやっぱり外の方が勢い感じますね。角度をスパーンとつけて、でアクセル踏んで壁すれ Tetsuya Hibino started out D1 Grand Prix in a naturally aspirated 4AGE carburetor powered A86. Back out 2023 in the Shiba Tire GR86 with a 2JZ. 99点近いですよね。だからそういうところもね、結局このスパッといける、大げさに言うとよ、90度。That's Naoki Nakamura, brand new build for this season. The Silk Blaze N style GR86, also 2JZ powered. Next driver from Thailand, Pon. We have Masakazu Hashi. He's out this year in an ER34, the 4-door Skyline R34. That's Kojiro Mekawa, also brand new build this season, the BMW E92 with a 2JZ. We have Masao Suinaga. The green trim is Masao. The orange trim is Yokoi. We also have in an A85 Kazuya Matsukawa. He's a GT driver usually. And Ryusei Akiba in the 2JZ powered S15 Sylvia. Last year, the blue and white livery. This year, the red and white. Like I was saying, a lot of cars out this season. Red could have something to do with the a lot of they're sponsored by Valino, which is red. Also Shiba Tire, red. 谷口さんはじゃあこの奥伊吹は谷口さんが走ったらいけるってことでしょうか。ゴルフと一緒でさ、人のスイングはさ、もっとこうした方がいい、ああした方がいいって言うんだけど、自分がやれてたらさ、できるかどうか別の話だ。そうですか。やっぱ難しいんですよね。それだって危ないもん。まず危ないですよね。度胸いりますよね。はい。
僕ね車壊すの嫌だし、そりゃそうですよ、ね、俺車すごく大事にするタイプだから、こんななんかみんなガチャガチャやるとさ信じられない。向いてないの？向いてない。あ、そうなんだ。俺は車をきれいに大事に使いたい。大事に乗りたい。全然向いてないやん。全然向いてない。なるほど。いやでもすごいわかりました。So they hash out this season, the R34. He may have missed. He may have missed his qualifying. No, it looks like he's okay. He may be getting a penalty for that. They do get a penalty if they don't make it out onto the course on time. Might be within time though. So we'll find out about that. お手上げですよね、それはもうね。これは今橋ですね。橋がウォーミングアップいけなかったんですね。で今走ってます。橋が走ってるって。いやまさかのそんな。でこの B グループにはですね、日比野さんとか。日比野さん久々ですよね、D1。あと Good to see a four-door skyline here in D1 Grand Prix. 和也もいる。楽しみ楽しみ。そうこの辺は攻めていくんじゃないですか。メクアも新しいマシンだし、そのやっぱ新しいマシン、新しいタイヤとかっていうのはやっぱね緊張しますよ。あ、メクは走れてないの。うわー、どれメクは？メクは BM ですね。新しく入れたんですけど走れてない、トラブルで。今日は今からは？Oh, looks like we have trouble for Kojiro Mekuwa. He may have gone back to the pits. May not be running. It's not a surprise that car was barely done in time. 今ね、日比野さんスタートしようとしたんですけど、箸が止まっちゃってんですかね。ご飯が食べれないみたいな。Hashi also being towed off. その箸ちゃいますから。So it may have been a car trouble is the reason why he didn't make the start line on time. あ、昨日箸の車も。I just heard that they were working until 11 o'clock last night on this car. 開幕戦だっつうのにもうトラブル祭りだね。Round 1 things of drift competitions, cars just barely being done on time, cars not being completely dialed in and having trouble. It's the sort of thing you see. All right, great shot there from the drone of the course. 絶好調だって言われてて、これ。谷口さんのことですよ、これね。俺じゃないし。さあ、来ましたよ、日比野さん。All right, here we go. First run. Hibino back in D1 Grand Prix. Let's see if he brings some of his unique driving style back to the season here in 2023. Already looking good there on the entry. Zone, no problem. Second zone, no problem. Kind of late on the transition. He's going to run wide. Yeah, that is a big trick of this course, getting the transition nice and early without losing speed. あれなのよ。あれなの。はい。どういうことでしょう。ちょっとだけでも行くとすぐさっとね。なるほど。はみ出しちゃうでしょ。ほんのちょっとでザッといっちゃうんですね。Nice shot there from the front there. Great flick, very aggressive and smooth. 想像よ。はい。みんながなんとなく安牌のラインは通ってるからラバーが乗ってんのよ。なるほど。だけどこれを今からこれ振り返すじゃん。はい。ちょっと外にパーッと返したときに、ちょっとみんなの歯通るところで外行ったらそこはダスティだったり、ラバーが乗ってなかったり、グリップ力が全然ない路面が出てくる。So let's watch it from this angle. So the mistake he made here was, okay, here we go, hit the zone, he holds the angle for just a split second too long, and as he flicks back, he goes off the course and misses the zone on the outside. And there you go, sector 4 penalty for Hibino. So it is a case of just getting used to the timing. Now, of course, this is important in qualifying, but it's even more important when it comes to the battles. If you don't have the timing of the course down, if you're in the chase position and you're blinded by the smoke and you get your transition timing wrong, there's no way you're going to win. Now, let's see how Naoki goes. First run. New build for Naoki. Of course, it has his signature color scheme on it. Here we go, watch this. 1, 2. And the flick. Nice and early. Limiter all the way for Naoki over the finish line. And a big round of applause from the crowd. Forget the score, that was just an entertaining run. It's good to see Naoki just stepping straight into this car and doing well.
course, they've been here for a few days. Of course, it's not his first day in the car. 思いっきり来ましたよこれ。And a 97.6 for Naoki's first run. 106 kilometers an hour entry. Pretty solid on every sector. そうです。今までシルビアだったのにね。そうです。今年から変えました。いやでもやっぱ走り見てて違いますね。これ T&E のソアラ。ポンちゃん。ポンちゃんですね。タイから単身。やってきました。体一つでやってきて。そう、コロナでね、全然来れなかったですから。Right, next driver back over from Thailand. Pon. コロナで来れなかった？嘘でしょ。そこ拾う。His name is コロナで来れなかった。Dechapon あ、なんやろ。Twing Charin. I don't know. I have no idea how to pronounce it. I'm sorry. I need to go and ask exactly how to pronounce the Thai names because I don't know how to do it. I really should. It's been so long because they just use nicknames. お、ちょっと中村直樹選手のコメントがあるので、そのコメント VTR 聞きましょう。お願いします。じゃなくて車載見ずっとシルバー乗ってきて JR86 乗ってどうですか？いや、最初不安やったんですけど、まあでも全然むしろシルビアより使いやすいです。これちなみに今回初めて投入したわけですけど、はい、どのくらいまでいけそうですか？順位的には。いや、もちろん優勝です。もう去年と変わらんぐらいでシルビアのイメージで走ってますから、はい、で走れてるんですか？いけます。ちょっとトラブルもあったんですけど、あと今すごいトラクションかけてちょっと人間が、負けてるんでちょっと気合い入れていけば無敵だと思います。じゃあ期待していいですか？はい、期待してください。ガンガンいきますから。All right, little comment there from Naoki Nakamura. Typically 100% confident in his abilities there. So saying, what do you think of the new build? And he said, it's very easy to drive. It's a bit easier to use than the S13 Sylvia was from the previous season. And he said that what's going to lose is him, not the car. So if he loses, it's because of his driving, not because of the car. And they asked him, what's your intentions for this season? He said, of course I'm going to be the champion again. So very confident words there from Naoki Nakamura. He said he's going to drive it. He's going to drive this new car just like he drove the old S13 Sylvia. GR86 出てきてからそんなに困ってる感じ見ないんですよね。そうでしょ。そう。Chat wanting to know, do I have a bride seat? Let me show you my seat while I've got this. なるほど、違うんですね。なんかジオメトリだったりパワーステだったりとかがいまいちなんですけど、GR86 はむちゃくちゃI just have the one of these seats that they have here. It's like a rental seat like you get at a wedding or something. Okay, next run now. Pon. The Vertex kitted Sora. Needs to get that flick, needs to get that angle, needs to get that car slowed down. Oh, it took him a long time to get it slowed down. But he made that out of zone. これもともと上野隆弘選手が使ってた D1 マシンですよね。ソアラですね。Right, so not a bad run for Pon's first run back here in D1 Grand Prix after a while. いろいろ思い入れもあるでしょうけどね。そうですね。The big long body. やっぱりちょっと前の D1 カー的なね。Luxury touring sports car that is the Sora. You can see really working the handbrake there. You can see through the window they're pulling the handbrake, trying to get the rear of the car back out. Get it slowed down. 94.6 for Pon. タイで左ハンドルじゃないの？右ハンドルだっけ？どっちでしょう？タイってどっちハンドルだっけ？タイってどっちハンドルですか？左じゃない？左じゃない？左？うん。あ、なんかベンベ出てきたよ。Chat, is Thailand left-hand drive or right-hand drive? これメクワですよね。タイは右って。タイは右。じゃあ。All right, here we go. Next drive. It's left-hand drive, isn't it? Next run, Mekuwa out. This is the new build for this season. 2JZ E92. 無事走りましたよ。はい、無事一本走りました。
メクワってさ、俺去年来た時に初めてここで知った。Oh, it's right-hand drive. Oh, it's the same as Japan. Okay, I didn't know that. そうです。はい、めちゃめちゃ攻めてる。I did not know that. そうだよね。はい。Thank you very much, Chad. I'll let them know. The Japanese commentators were wondering about that. I guess that's why drivers. That explains why drivers from Thailand are always quite keen to come to Japan to drive. Okay, first run for Mekua, 97. This car, this brand new build, this BMW, it's a team build. There's two of them. Unfortunately, there's only one running this week, and they only just barely got this one running in time. So we'll see him. We'll talk about him again when he runs again. All right, next driver now, Masao Suinaga, a veteran of D1 Grand Prix, also running in this car for quite a long time. Never a top performer, but always doing very well and consistent, providing good battles. Wonder what he can do this season here in 2023. 多分ハミだと思いますよ。ハミング？ハミング。 Did he just kiss that outer zone a bit too far? A little bit, got it a little bit too deep there. Right, nice entry early on the accelerator. Look at that. みんなハミって言ってるよ。みんなハミって So 言って there ます。 may be a penalty for this run. We'll see. We do have sub-judges watching all those zones. There you go, Sector 4. No. Would have been better. That could have been enough to put him into the 16. But at least that run proves that he can drive well. We'll see what he does in his next run. All right, next run. Kazuya Matsukawa. Shallow line, too shallow. A long way away from the wall. Gotta say, I like the gaffer tape number on the left window, on the right side of the car, the window. I'm not sure why it doesn't have a proper number on there. It's made on with like tape. もうパワーバンドが苦しいからパワーバンドっていうかパワーが苦しいから、クラッチもんでしてたね。もんで、もんだらどうなるんですか？気持ちいいんじゃないかな。So you may have noticed that, they go missing zone 1, unfortunately, Matsukawa. You may have noticed that it says A85. It is actually an 85 chassis. 95.8がマックスってことでしょ。So technically, not an A86. さあ、今度は秋葉流星。若手です。Okay, last driver in Group B, Ryusei Akiba. First run of the season. Color scheme a bit different now, not the blue and white. He's changed to red. Okay, first run. Big angle. Oh, not too bad so far, not too bad. Needs to get that angle, get that car slowed down and bigger angle. Yeah, run a bit too wide. So once again, they really need to get those transitions nice and early. Okay, director, please hold this. Here we go, look at that, all the way to the edge there. Now watch this middle section. This is the part that's tripping these guys up. Watch this. They need to get the flick back earlier than that and then get hard on the accelerator there, off the edge of the track there. They need to flick back early, get on the accelerator, get that rear end planted down, get it glued down onto the ground, get power through the tires, and get that forward traction. That's the trick on this track. There's just a little bit, not enough distance on that middle section to make it comfortable. It's a bit too short. And that's where the skill comes out. That's where the really good drivers can get their car flicked back nice and early. It's the fast, hard transitions that make D1 Grand Prix unique. This is not Hibino. This is Naoki
Whoa, Naoki, don't back it into the wall. Whoa, okay. Bit of an unusual mistake there. これ名前だけ日々になってくる。これ中村直樹です。中村直樹の今みたいなスピンってほぼ見たことないね。なんかすごいやりすぎてきて、スピンはあるけど、今のはなんかどうしたんですかね。Naoki make a bit of a not a bit of a mistake, a big mistake on the entry of his second qualifying run. Looks like he. Oh, the counter steer was kind of late. 違うな、これカウンターが当たってないんだな。あれ、ちょっと。For some reason, 日比野さんがまず出てないですね。今のマジで、didn't counter steer in time. 思ったより。And spun him out. He just did it again right there. So this is probably Naoki thinking, well, I've already ruined this run. I'll just try it again and see how it feels. ベストの党員とかなんかそういうアライメント的なところでアライメントが狂ってる。とにかくセルフステアがあまり当たらない状態だったってところっぽいから。All right, well, interesting second run there for Naoki. Bit of an unusual mistake for him. マシントラブルでもう出ないってことですね。うわー。And we were just wondering there why Hibino didn't make it out for his second qualifying run. You can see there there's an oily rag. ここ見てわかるんですか、谷口さん。多分ね、So something is leaking. なんかでしょうね、多分。なんかないとここ開けないですからね。うわー。あれそば切りもダメ。Unfortunately, Hibino missing まずいですねこれ。his second qualifying run. ポンちゃんの2本目になります。タイヤは右ハンドルです。They can't hear me. すごくスムーズな。ただゾーンが全部取れてない。Second run for Pon. There we go. That's better. Oh, is he going to make it? Yes. There we go. Nice second run for Pon that time. There we go. He got the flick nice and early. これはポンちゃんは厳しいですね。お休みになりそうですね。もう。All right, that was an improvement on his first run. Is it enough for a qualifying score though? 結構点数。Watch the flick here. 下がるか。Nice, very good. Right to the edge though. そうだいぶ少ないですね。この B グループはほぼね。It's tricky to get that balance between speed and angle. だいぶ点は下がりましたけどね。じゃあどこら辺にボーダーライン持ってきましょうか。どこら辺に持ってきましょうかね。97.0 ぐらい。それぐらいにはなるんじゃないですか。6.8 ぐらい。6.8 になるかもしれないですね。ちょっとここの2本目ですけどね。今だって今90ね 7.0 だとしたら何人いる？97だったら1、2、So we'll see if he gets a penalty on any parts of the track. あと10人か。 Still a solid run compared to his first one. He improved a lot over the first qualifying run. 965だな。965。ってなったら何人？Sorry? あんま変わんねえな。でもそうですね。それよりもっと下なんですよね。965でも1人しか増えないね。そう。So even though, when I say improve, even though he may be getting some penalties for this run, it did look more solid. 965ぐらいですかね。96.5。いやマシン壊れてますねみんな。いや芝タイヤも大変ですね。 Beginning of the season. そば切りも。So he's getting those gremlins getting worked out. ウッチーもおかえり組ってウッチーって誰？内海明則選手ですかね。内海なんかいないよね。いないですね。お、ちょっとね、復帰組の松川和也のインタビューがあるんですね。それちょっと見てみましょう。はい。塚先生、ご無沙汰です。どうも、ただいま。これちなみに車って前で出た時からなんか変わってるところとかあるんですか？これね、まるっと変わってないです。一緒？ドライバーも車も変わってないってことは、やっぱ我々。期待していいんですか？あ、そうそう、なんか最近なんか D1 ね、あんまいい映画撮れてないっていうからちょっと YouTube 向けに俺は盛り上げてやろうかな。マジで？いや、そうじゃない、そうじゃない。
終わり？あ、終わった。Is that it? 谷口さんが今の V 中におにぎり食べようとしてたんですけど、早いよ。映っちゃいましたよ。Okay, so that was Matsuyama there in his V6 powered Toyota E85, and he was saying that nothing's been changed on the car. It's as it was in previous seasons, and he said he's just been watching D1 Grand Prix on the YouTube, like all of you are right now. And he thought, like, that looks kind of fun. I should do it again. So, you know, he still has his old D1 Grand Prix license, so he thought he'd bring out the old, dust off the old E85 and bring it back out. So, unfortunately, there, a score there for Pon of 91.0 and a whole bunch of red squares on there, unfortunately. So, not a good score, though. But remember, they do have round 2 tomorrow, so still give Pon a good chance of qualifying for tomorrow. All right, second run, Mekua. 高橋モータースポーツ。攻めてる。A really heavy right foot there for Mekua, getting a round of applause from the crowd. これ伸びたんじゃないですか、点。どうですか？伸びてないと思います。伸びてない。That quick action there on the initiation and the flick. Absolutely no time wasted on this run. Mekua, no waiting. 調整して持っていくもんね。やっぱこれもう自分もうまだ探り探り。なるほど。探り探りなければもうこういう Constantly working the steering wheel, but not big corrections, just small corrections to keep the car stable. アクセル踏んでからコーナーに入ってくるんで、今みたいにサイドでちゃっちゃっとこう壁際に。So this car, brand new build for this season, E92 with 2JZ Toyota Supra engine. 捉えたって感じないですね。Oh, and a zone 3 penalty. So he came up a little bit short there. 96.3 for his second run. ゾーン3。さあ次は末永正雄。バリサイってほどじゃないんだよね。まあ調整ちぶっとね。その調整が点にやっぱり影響するんですかね。正雄ちょっとちゃんとやらないと。All right, second run, Masao Tsunaga. That's a lot of angle. Okay, transition, flick. さあゾーン3。ここ抑えて。あ、はい、ちゃんとやった。ちゃんとやったよ。これ行きましたね。ちゃんとやった。All right, not bad. はい。通過です。はい、おめでとうございます。Nice exciting run for Tsunaga. はい。97点台後半でしょうか。これで落ちたらね、怒ります。怒りましょう。だってマイナスないですもんね、今の。ないですね。ね。はい。とはいえトップのほどの点じゃないけど。なるほど。 You could really see that drop down there. お、8点台来ましたよ。Oh, and there you go, a 98.3 for Tsunaga. Yeah, nice, exciting, solid run for him. トップじゃないけど。トップじゃない。当たってるわ。でもトールはもう確実。トールは確実ですね。98.3。決めてきましたね。やっぱこのあと1本で決めないとっていうねプレッシャーもありますからね。自らで自作自演で。So that currently puts the D-Max cars in first and second place. Yokoi and then Tsunaga. All right, second run, Matsukawa. 苦しい。ほら膨らめない。あ、本当だ。膨らめないんだよ。いやゾーン。外側のゾーンがちょっとね膨らめないんだどっちもエンジン止まったエンジン止まった止まった Oh, it looks like he turned his engine off as he went over the finish line. Not sure why he did that. So this build, a bit of an old build as far as D1 Grand Prix cars go. 届いてないですねこれはゾーン2はいいけどゾーン2はインクリップは取ってるけど Saying before that it's pretty much unchanged to how it used to be when it ran several years ago. これがね Not too bad though. 厳しいね繰り返しのこのゾーン3が届いてないと思うんだ It's けど not a bad run, it's just kind of lacking a little bit here and there in speed. Also the aggression of the flicks. これ上から見たらよくわかるよ
今ゾーン1多分ダメだね。 Alright, zone 1, it's going to be a zone 1 penalty. So, yeah, I think we won't be seeing. Oh, and yeah, it's quite an obvious miss there as well. So Matsuyama will be seeing him tomorrow in qualifying. あまり前に進めてないから速度が乗らないまま返しに行くから届かない。余計止まっちゃうんですよね。The sound of the car sort of almost sounds like a 2J, but it's not. It's a 2GR, which is the engine they currently use in the Crown. It's a V6. ドルーピーの監督がね、我々午前中で終わると思うって言ってたんですよ。 Toyota's GR engine, which is found in a lot of Toyota cars. さあそして秋葉流星ですね。 Okay, last driver in this group, Ryusei Akiba, 2JZ powered S15 Sylvia, second qualifying run, nice angle. Can he hold the speed though and hit the zone? Needs to flick it back. A bit of a struggle there. Yeah, very late to flick that out, flick that angle out. はみ臭い。はみ臭い。はみったって言ってますけど。はみ臭い。はみ臭い。でもみんな今これ映像で見てる人はみんなちゃんとわかんないから。It's a nice aggressive entry there, absolutely unafraid of that concrete wall. However, watch this. This is a good example from this angle. It brings it around, hits that in zone, flicks it back, and watch this. Very late to angle and then flicks it out right there. We want to see them get that angle early and hold that angle. Not slide into the zone and then flick the rear end out. That's the difference in scoring. You're going to get a high score. The earlier you get big angle and hold that, and the longer you hold that angle, the better score you're going to get. And 96.5. Okay, so no penalties for that run. Akiba probably right on the edge of those zones though. 秋葉流星が残るか残れないかの瀬戸際のところ。今のがオンラインかギリなんですね。だからタイヤがこう、なんだその白線の上を行きこう出気味だけどちょっと残ってたんじゃないの。なるほど、白線の上に残しながらのサッカーのあれみたいに1ミリのなんかありましたね。なるほど、白線の上にちょっとでも残ってたんや多分。同じコメントからこれ。Here we go. Here's our score after two groups. We're halfway through qualifying here for round 1 of D1 Grand Prix. So 16 cars have run. And we still have two groups to go. So it looks like, but just so halve that, Mekua currently sitting on a 97.04. So it looks like the cutoff score may be about 97. Assuming everyone else in the next group performs in the same way. It's currently a D-Max 1-2. Yokoi and Suinaga. いやだからもう横井の 98.89 がトップ。あ、すごいワンツーや横井、末永正雄で D-Max がワンツー。Oh, that's right. They call he's called S. 3位に藤野の 98.09。あ、S が結構いいとこいますね。4位。はい。Chenapong Kurpiam S is the nickname he uses here. Alright, next group coming out now. Katsuhiro Ueo in the big Godzilla S15. Tadokoro. Another A86, well it's actually the only A86 technically. Semi Tanaka. Changed to a red car. He's now sponsored by Shiba Tire. We have Hiroki Kano. S15 Sylvia, that's Yusuke Kitaoka. There we go, there's Kano. Yusuke Kitaoka back out in his JZX 100. We have Teruyoshi Iwai, the FC RX-7. It still has the classic old school 1980s, 1990s looking sort of race livery. However, not blue anymore, it's red. Takeshi Mogi
S15 Silver, he's changed from pink to purple. That's him right there. And Yukio Matsui, the Ari Amamiya RX-7, unfortunately not making it out. 黄色ですね。さっきね、会って話してきました。あ、喋りました。はい。It's the Ari Amamiya car not making the start line. That car also changed its livery. It's gone from the Ari Amamiya sky blue to the yellow and blue Matsukiyo racing style livery. Unfortunately, we don't see that on screen right now because he's not out. That's a shame. The car is still in the pits, in the Amamiya pit with the bonnet up and the front end jacked up, unfortunately. So we'll not be seeing that today. I guess we'll be seeing it tomorrow, hopefully. でもちゃんと GR86 選んでますから、これからをね、担うマシーンでということで。All right, next group. First driver out is going to be this guy here, Katsuhiro Ueo. So you may remember this car from previous seasons of D1 Grand Prix. The huge carbon fiber wide body S15 Silvia. いやいや、なんかこれはどこに入るやちょっと何さんだったスパチャ。スパチャさっきくれてましたよね。これ人。藍染さん。藍染さん。ありがとうございます。あ、谷口信輝さんへ分かりやすい噛み砕いた解説がとても分かりやすい。とても助かりますと。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どこに行くかなんですよね、お金は。このチャンネルに入るんですかね。このチャンネルの収益になるでしょうかね。どうしたこれ上を。Why is he wearing glasses? He's finally embraced his glasses. 食い倒れの人みたいな。ほんまや。食い倒れ太郎。That's a great driver photo there. Never mind that kind face. Let's have a look at Ueo's first qualifying run. Now 今なんかね、ファーストモーション、1コーナー入るときにバーッと横向けてサイドが長かったというか、アクセルなかなか開けるタイミング開けなかったんですけど、そこじゃ遅いだろうというところで。So let's watch the replay of this run from Ueo. There's a lot of interesting stuff to see here. なんかだから外に膨らめなかったし。Not exactly a typical run. See, very early in the accelerator, spinning up the wheels. The flick there, not kind of a regular flick and handbrake. It just seems to be using the power and the motion of the car to flick it in there. サイドでパッと横向けたらすぐもう駆動を入れて外にアクセルで飛ばしていかなきゃいけないのに、それがもうこう減速するまで引いちゃってたんで。Yeah, Ueo's style always been a little bit different, a little bit experimental compared to a lot of the other drivers. Very unorthodox style of driving. Uses the accelerator and suspension a lot more than most of the other drivers do. ありがとうございます。200円じゃ出ません。谷口さんもう一回 D1 出てください。And there you go, a zone 1 penalty, Z1. So missing the outer zone along the wall. Not surprising, honestly, that car very long in the rear end. さあ次はね、田所レジェンドですよ。レジェンドパスもらってましたね。All right, next run. Tadokoro, he's back. わかりませんけど。田所ね、不思議なタイヤですか。これエンジンなんですか。エンジンなんですか、エンジンは。SR シルビアのエンジン、今さっきね田所のとこちょっとお邪魔したんですけど、よくわかんないタイヤ履いてましたね。Tadokoro, very dangerous line there, right to the edge. Very edge of the track into the first part of that zone, so he was running that right on the limit there. So this car, this A86 being driven by Tadokoro, a lot of changes in the car's engine, the car's suspension over the years. He's gone from 4-cylinder to rotary to 6-cylinder. He's back to SR this season.
So one of the few cars running an SR engine in pro drifting competition. ハミリード。そう、ハミリード。ハミリード。 So the rear of that car, 聞いたことないです。初めて聞きまし bit た。 of a unique, it's solid axle. これはですね、セミです。田中 It's セ not ミ the。typical panhard rod, it's a, ガソリンスタンド勤務 I forgot what it's called. はい、よく満タン。It's a Watts Link rear end out of a Toyota wagon, I think it is. 何さんだと思います Definitely unique. Right, next one now, Semi Tanaka. Again, another car that's gone to red this year. Of course, his sponsor, Shiba Tire. Working that accelerator. Semi Tanaka really working the accelerator, trying to get the tires right on that sweet spot of grip. Of course, with drifting, you're spinning the tires, but you're not spinning them excessively. You want to keep them right on the best spot of grip. ただゾーン3のところが若干 V 字っぽくなってるんですよ、ライン取りが。なるほど。あれがどうなんだろうなっていうところで、だからセクター何 3、4? 4ですね。の点がどんなか見てみたいですね。セクター4のゾーン3のとこですね。Whoa, and then we go at 99.0. 北芝タイヤ。やっぱね、ちゃんといい点出ましたね。Nice run there from Tanaka, puts him in the first place. It was very obvious in that run he was working extremely hard, both the steering and the accelerator, to keep the car going as fast as possible, to keep those transitions, the timing, absolutely perfect. Good example of a top run there. All right, next one now, Kano. S15 Sylvia, right to the edge of the track as well. あれは多分オンラインだと思います。ギリ乗りましたかね。だからコースアウトはした。 And over the finish line, 90 degrees. I can see now the chats, people asking about what's happening today. So right now is qualifying for D1 Grand Prix Round 1. We're into the third group. There's 4 groups of qualifying. And then from, it's just coming up to 11 o'clock. So in 10 minutes it's 11 o'clock. And then from 12 o'clock we'll be seeing the D1 Lights top 16 battles. And then after that the D1 Grand Prix battles. So from midday onwards, it's just battle. Lights, then D1 Grand Prix. There will be a slight break from 2:45 till 3:15. So it's only a 30-minute break, but for the rest of the day, battles. 出ました。出ちゃった。94.9か。 There a slight penalty for Kano. ドローンだよ。はい、ドローンで撮ってます。 All right, next driver, Yusuke Kitooka, JZX100 Chaser. Sorry, Mark II. How did I get that wrong? Oh no. The Mark II of he only drives Mark IIs. The Mark II of Kitooka. Nice big 3.4 litre engine. Getting a round of applause from the crowd here for that run. Kitooka, always a solid solo runner. So that drifting down from the access road, just trying to get as much speed as possible. Yeah, I'm sorry, chat, I'm sorry about that. I should know. I've driven with Kitooka before. All he drives are Mark IIs, I know that. My mistake. なんかD1 出るなら車種何にしますかみたいなのがあったら、いらっしゃいましたね。ちょっと見た気がするんだけど。And there we go, 98.5 for Kitooka. Well-deserved score there, no penalties. Max is out, sector 2, over 30. That's the in clip. So good angle, good speed there, obviously. It's a nice run there from Kitooka. Like I said, always does well in qualifying. Next run, Tetsuya Hibino back this season in a red and white livery.
Always good to hear a rotary out there. 赤が入りました。And over the finish line. やっぱね、思うけど、意外とこの単純なレイアウトじゃん。はい。It's got that real old school look with the Watanabe wheels. 振りと壁際じゃない。And that two-tone stripe paint job, very reminiscent of old racing cars 意外と難しくてみんな of 結 the 構うまくいってないもんね。 FCRX7 era. 結構難しいのよこのレイアウト。 And there we go, 97.3. That might be enough for UI to make top 16. もうだって中村直樹より上だもんね。 We still do have a few heavy hitters coming up in Group D, though. I think EY just needs a bit more average speed through the track. Our next driver, Murakami. He's not driving the S15 anymore this season. He's back out in the GR86. And yes, that color is as bright in real life as it looks on the screen. まあほぼ藤野の走りとは似てますね。藤野が何点やってる？ It's a debut of this car this season. 98.1 まで行きましたね。それに近いぐらいいってんじゃないの？ゾーン1大丈夫でしたかね？ Absolutely retina burning fluorescent paint job on this GR86. あ、そうだ、2が取れてない。あ、岩井さんロケバニです。そうでしょ？ロケバニでしょ？目がチカチカする。 Sponsored 目立ちましたねこの車。 by 326 Power like he was in his previous S15. 黄ばんでるじゃないですよあれ。ああいうのにしてるんですよ。あ、そっか。いいイエローですよあれ。これ 97.5 ぐらいかな。 Not too flashy, but he did have some good speed through the course. Now 96.7 for Murakami. Good speed on the entry, 111 kilometers an hour. Unfortunately, though, that zone 2, that in-clip zone. 次は茂木武史。茂木も古いんだよ。そうですよね。ドリフト歴。 Our next driver, 昔から。 Takeshi Mogi. S14 で。 You could just hear Taniguchi saying there. He's an old driver. He didn't mean old necessarily in age, even though that is also true. Mogi used to drive back in the day of D1 Grand Prix when it first started. He took a break and now he's back again. This car last season, a bright pink color. He's changed to this deep purple. A bit of smoke on the racetrack there from this S15 Sylvia. See what I did there? That's a big camber on the front there. It's aggressive front end setting and alignment on this car. 全部抑えめってことですかね。そう、ちょっと全部ね、全部ちょっと低めの、あ、ライン外れてるね。これはちょっと点が低いかも。ね。There you go. So yeah, middle of the course there. Yeah, 90.68, 90.68. So the middle of the course not looking too good there for Mogi at 94.8. Also a zone 1 penalty, missing that outer zone. あ、上尾さん決めないとさっきギクシャクしてたんで。 Okay, we're back out to the second run. Starting up a second run of Group C. This is Katsuhiro Ueo. Second run now, not a lot of angle there. Not a great run for Ueo. アンチラグとかないんだね。ちょっとね、見てると、決まってないね。本当はバッと横向けた時にバーッとアクセル踏んでいきたいのに、ちょっと踏めてない。 On-board angle here, up through the gears. 角度があるところで Everything goes パッ black. と踏んだところのトラクションが不安なのかもしれないんだけど。 And that's all we could see. So that run there from Ueo. 切り返したところでアンチラグもないから回転が下がってる時に、次に吹けがあるまでの待つ時間が長いから。もうちょっと左足。 Not sure if it's a combination of the car or driver or how it looks. What's going on with his car?
Honestly, Ueo, always very experimental. Sometimes it pays off, sometimes it doesn't. It looks a bit weird this weekend. Here we go. Yeah, kind of shallow there. Shallow angle, shallow line, 95.1. So I think Ueo just needs to go and have a bit of a think about either his driving or the car, and come back tomorrow, see if he can work something out then. All right, next run. Tadokoro, he's back. Second run. Would love to see an E86 in the top 16. Washing out wide there. And second run for Tadokoro. What it kind of looked like on that run is that Tadokoro is driving the course as it comes up. He's not attacking the course. Watch this. He should have already set up for that transition there. So right there, the timing is just way off. And even though he's going that slow, he still gets the timing off. Be kind of harsh here, I know, but I really would have liked to see a A86 in the top 16. いやでもそれは確かに踏めないのは前進んじゃうからですよね。角度が足りないからね。あ、くれましたよスパチャ。Just a lot of elements of that run lacking there. There are zone 1 penalty, sector 4 line off penalty. Not enough accelerator, not enough angle, timing off. Hopefully we'll see him again tomorrow. He can put on a better performance then. Alright, second round. Semi Tanaka currently sitting in first place. Here we go. This is what I'm talking about. Early on the accelerator, setting up for the corner. There we go. The big flick. Cuts the inside, cuts the outside. Interesting line there for Tanaka. Oh, a little bit of a wheel off there. この1本目をいいのを出したら、するためにもっと攻めてやろうかなっていうね。2本目、はい。っていう気持ちと、でもそれやりすぎてぶつけたらアホだしなっていうところで。So coming into his second run, sitting in first place. There's two ways you could play this. You could either give your run a buy run. You could do a bit of a experimental run to see if you could pull some extra something out somewhere, or you can just try and go as hard as possible and get an even better score. It looks like, look at that line there Tanaka took. He took a very straight line through that transition. A lot shallower than a lot of the other drivers do. That's what I was talking about. It's the experimental run. He took a completely different line to a lot of the other drivers. You can see it as he comes through that center section and he flicks back to that outer zone in sector 4. He almost put his inside wheel off the inside of the track. So maybe there's a check there to see, can I actually get a bit more speed through the middle section here by taking this line? So zone 1, so that's sort of a bit more evidence to what I was saying there. He took zone 1 safely just to try and set himself up for that second half. さっき 94.9 得点出さないといけません。 There we go. Second run, Hiroki Kano. ちょっと今ちょっとふらつき。 Oh, looking good so far for Kano.どうでしょうね。 Well, this is going to be interesting to see how this run is scored. 正直ここで目で見てふらついてるってなるとドスは絶対拾うと思うんですよ。そうですよね。こっちから見ててふらついてんなと思ったらそれはもうドスは絶対取ってますよね。 So DOS scores these runs like this, where the driver is keeping a good speed throughout the entire course. Generally scores reasonably well. センチでいうとすごいセンチだろうからさ。そうですね。
So the points on this course, you can earn more points on the first half of the course than you can on the second. So he did run a little bit wide. So here we go, watch this. Good angle, good speed. He's holding that angle. A little bit of a wobble, but he's okay. And watch the flick back here. There we go, 97.3 for Kano. ちょっと今のはふらつき取られてないってことですね、これ。ね。これはいけたかもしれませんよ、カノ。97.3。いけた？いけたかもしれませんね。いけた何があるって？何性があるって？わかんないです。可能性がある。可能性。All right, second round, Yusuke Kitaoka. さあ、北岡はさっきも良かったですけど、もう安定してますね。Nice angle for the JZX100 Mark II. ドリフト中にね、まあ一旦クラッチ切って A bit of fan service there for the crowd right at the end. Holding it flat with a lot of smoke over the finish line. Look at this angle. Very nice, aggressive run for Kitaoka. Yeah, watch the entry here. Look how early he initiates there and holds that angle all the way. Nice solid line. In clip. Yeah, a little bit slow on the entry. It could be because he entered quite early. He would have slowed down as a result of that. But a 97.8, so we'll be seeing Kitaoka in the top 16. もう一回つないでってやって小回りしたいから一回入れるみたいなやるわけです。そんな技術があるわけですね。Okay, second run. Iwai. There we go. ロケットバニーのエアルでございます。ああ、つけない。パンパン触った。ギリ通った。ああ、ここもギリギリ。今みたいにね。The car is from the 80s, but can his score be in the high 90s? Always a crowd favorite, this car, especially here on the internet. 外れちゃうんですね。いいですか、これ今リプレイ。はい。振ります。振ります。ここで壁際が長くなって外に行くと。Love that flick on the entry. It was really cool looking. なるほど。A nice drone shot there. Oh no, he missed that zone one. What a shame. He's getting a penalty for zone one. 97.3 じゃあ大丈夫ですね。知らんけど。So his other score at 97.3. ですね。So might be enough for the top 16. All right, next run now. Mitsuru Murakami, second run. He traded in the SR-powered S15 Sylvia for this car. でもゾーン1、2の辺まではさっきより良さそうな感じがしますよね。Nice angle there going past the first corner camera. 合わせるの難しいですね。ゾーン3って本当なかなかね。As long as he doesn't get any zone penalty points, this could be a good score for Murakami. ギリいけるかどうかぐらいのどうでしょう。 There we go, good line, good angle for Murakami there. Let's watch his transition. That's a nice big angle there, but watch this. Does he hit this zone or not? Oh, right at the end there. So we do have a human judge watching that part of the track. And they're the ones who say if they got a penalty. No, he didn't! So the bodywork went over the zone. That's a lucky result there for Murakami. And not only a lucky score, it's a great score, 97.8. さあ次は茂木、さっき 94.8 ですから取らないと。 Second round, Takeshi Mogi. 2JZ S15 Sylvia. ちょっとふらつき。取ってはいるんですよね、全部。
Need to get that car slowed down for the zone. There we go. さてどうなんだろう、どうなんだろう。ね、取ってはいるんですけどね。伸びないっていう。綺麗なんだけどね。ね、全体的には。So this run here, clean run, but will it score well? That's the question. 悪くないけど良すぎてない。I think, yeah, Taniguchi agreeing with me there. 良くないけど悪くもない。どっちでもないですね、これ。だからボーダーの上なのか下なのか。Not bad, not great. どうだろう。So this shot here we have from the drone. It's one of those big, stable drones, not the sports drones. We sent up to get that shot down to 96.1. It puts him in 16th place with an entire group to go, so not looking good. Not looking too good for Mogi. レジェンドいるし。ここででもね、上の8台は OK なんですよ、もう。残りあと8台なんで。8位までの。Alright, so that's 3 groups run. So we have 8 drivers to go. So anybody from the top 8 is currently safe. That includes Naoki Nakamura, S. Murakami, you just put down a great run. Fujino, Suinaga, Kitooka, Yokoi, and our current first place, Semi Tanaka with a 98.96. So S15, S15, JZX, S15, GR86, GR86, Sora. No, sorry, S15. GR86. So it seems GR86s seems to be a pretty good chassis to use. Of course, the classic S15 Sylvia still holding its own out there. これやっぱり谷口さんとかこう先に走って待つ感じになったら Right, our final group about to head out. 走りは見てるんですか？それとも声だけ聞いてる感じですか？ Multiple D1 Grand Prix champion Masato Kawabata. 走りは見ない。谷口さんが先に走ってこの確定じゃないところにいて。他の人の走りで We also have Daigo Saito in this group. And D1 Grand Prix OG Takahiro Ueno. Wait until you see his Lexus. Has a unique new look to it. データ収集をできるだけするべきなんで。大事ですよね、やっぱりそういうのね。例えば残れたときに、あの人はどんな走りをしているとか、対戦相手誰が対戦相手なのか分からない。Kawabata out there in the sister car to Fujino's GR86. 手前止めしてアクセルで入るタイプか。GP Sports 180SX of Mori. Great sounding car. Hokuto Matsuyama in the Supra. Has that prototype style rear fin on it, which is interesting. Tetsuya Kume, S15 Sylvia. So Yuji Saito there in the S15 Sylvia. Daigo Saito is back in his burnt orange GR Supra. And Team Vertex, Takahiro Ueno in the Lexus RCV. No longer white. He's switched to a black, purple and blue livery. 中から走ってるんで、だったらサイド採用するよねとか、手前止めして早く飛び込み重視じゃなくて早く施設作ってアクセルで走りたいよねとかっていうところともの Here's your final group for round 1 of D1 Grand Prix here at Okuibuki. Unfortunately, Yumeto Hatanaka retiring his JZX100 Chaser after a crash yesterday. 見てないな。北斗の車両見てない。あそこにね、増田ってやつがメカニックいるんですよ。Didn't actually manage to check in the pits if that car will be back for tomorrow. 自分の車にこう。So 7 cars in this group. フィンとか、つけたがるタイプなんで、バンパーのところに口作ったりとか。つけてる可能性ありますか？
かっこいいのついてるんですか。フォーミュラマシンみたいな。へえ。シャーク増田って書いてますよ。どんなんだろう。インディーカーみたいなフィンついてた。So I'd like to say welcome to everyone watching on YouTube. Good to have you here this weekend. We'll be here for both today, which is Saturday, and also tomorrow, Sunday. After this qualifying is going to be D1 Lights. And then, so D1 Lights tournament battle. Then there's a break during the day for about half an hour for lunch. Then we have D1 Grand Prix from 3:15 onwards, top 16 all the way through to the final. 4代目ですね、松山北斗は。 Also, I am reading chat. 畑中キャンセル。 Yes, we'll be broadcasting D1 Lights Top 16. It was on yesterday as well, but there wasn't an English version of it. So we'll have the Lights competition and then D1 Grand Prix competition. So from now on, after this this finishes, we move on. I'm assuming there will be a short break, and then we'll be doing the Top 16 for D1 Lights, and then after that, D1 Grand Prix. Of course, I am reading chat every now and again. For example, just saw someone said, why are Yuji Daiga and Takahira's tire makers not listed? They are running... That's a good question. I don't know that. You're correct. They are not listed. Okay, first driver in this group, Masato Kawabata.はい。今の川端の褒めるべきポイントは、1本目の組み立てとしてすごく良くて、なるほど。まあ1コーナーからの繰り返しまでいいんですよ。このゾーン3に向かうところを慌てず on board on Kawabata's entry there. Just keeping it nice and smooth up to the entry. Small adjustments of the handbrake, small adjustments of the steering wheel. Just barely using it. Just trying to keep the wheels spinning. これでまあとりあえず点を抑えておいて、2本目に multiple champion at work there behind the wheel. 雰囲気が Watch the angle of the car. Holds it cleanly. Oh, he missed. Did he miss zone 3? Really? I guess we didn't see it on that replay. 110 kilometer entry, so good entry speed there. Unfortunately, though, 95.3. That's kind of embarrassing for Kawabata's first run. He's going to have to dial it up for his second run. All right, next driver. One of the best sounding cars here. 2JZ 180SX of Takahiro Mori from GP Sports. Mori being given the nickname Mr. Average. He didn't actually make it into the top 16 battles that many times last year. 単走のギリギリベスト16ぐらいを点出すんですよ。だから kind of shallow on that run there. Always giving it his best though. いやどっちもなんですよ。通ったり通らなかったり。なるほどなるほど。じゃあまあ上手は上手なんですね。はい。でも今のはどうですかね。多分ダメだと思う。ダメですよね。Taniguchi saying he reckons the score of this is going to be no. いやちょっとこのグループ今のもダメ。ゾーン1が全然届いてなかったですもんね。And again, missing zone 1, that's the zone against the wall, and sector 4 line off, that's the top part of the course. With the long zone, you can see that top-down shot. He did drop the wheel off at the beginning of that outer zone. Right, we go, next run. Matsuyama in the Supra. A90 Supra with that prototype-style wing on the back there. It's an interesting new addition for 2023.
どうでしょう。ちょいちょいやっぱりこれはdefinitely room for improvement on this run. そうですね。He gets the award for the best turbo spool down sound. I got to say, it makes some good noises. This car. Let's watch this onboard shot here from Matsuyama. 97.6, 110 kilometers an hour entry. A little bit weak on the top part of the course. So room for improvement there for the Supra of Matsuyama. It's still not too bad though. 当たる抵抗になるだろうから。なんか影響はするんですよね。Alright, next driver, Tetsuya Hibino. 聞いてみようね、後で。聞いてみましょう。S15 Sylvia. Oh, he tags the wall. Keeps it going anyway. To the bumper, knocked off there, so that was a bit of contact with the wall. If you can keep going though. 当たりましたね。当たりました。 So it's a fairly obvious hit on the wall there. でかいダメージはなさそうですね。なさそうですね。側だけっぽいですけど。Luckily, not too much of a big hit there for Kume's S15 Sylvia. Should be able to get that temporarily repaired. 結構ドライバーとしては結構な衝撃 Here we go. ありました。 Right there, just skims it just enough to put him offline. シャークフィンはフロントウィングそうなんだけど、でも今回の場合はそこを使ってない気がするよね。どうなんだろうね。詳しい方が書いてくれてますね。フォーミュラカーだったらね、そうなんだけど、北斗の車だとどうなんだろうね。temporarily taped back up. つけた人に聞くのがいいですね。そうだね。後で聞いとくよ。はい。谷口さんに聞いてもらいましょう。今 LINE したら答えてくれるかな。いや今はそこにいるんじゃないですか。松山。Full points for keeping it going. Can at least salvage some points on this run.いやこれはあれですね。川端ももう追い込まれちゃってますよね。95.3 では残れないですからね。ね。やっぱ難しいんですねこのコース。Alright, everyone. So I know that this is, you may have other things you need to do today. Don't know why. Because sitting and chilling out, watching drifting all day is a good way to spend your time. But if you do have to leave and come back, the time here in Japan is just past 11:20. It's 11:21 a.m. And the schedule is we will be doing the top 16 battles for D1 lights from midday. So that is in about, say, 40 minutes from now. And they will run, the lights will run until 2:45, and then it's a half-hour break, and then from 3:45 we start the D1 Grand Prix Top 16. So about 4 hours from now is when we'll be running the D1 Grand Prix battles. 寒いっすよ今日。全然気温上がらないん Now, で of course, we have round 2 tomorrow. The schedule is a little bit different. We have qualifying in the morning, of course, and the battles will start a little bit earlier tomorrow. So today, the D1 Grand Prix battles starting at 3:15. Tomorrow, they're starting at 1:40. It's all Japan time. So it's a little bit difficult to translate that time for all our viewers from all around the world. But the easiest way to remember it is if you're in Asia, morning and afternoon. If you're in North America or the Americas, nighttime. And if you're in Eastern or Western Europe, as soon as you wake up in the morning, we'll be on. That's the easiest way to remember it.
All right, next round, Yuji Saito. まあ一般的にはやっぱりああいうふうにバーッと加速して横向けてアクセル踏んで壁際に行くけど、壁際ではやっぱりアクセル抜いて調整してでまたブーンって踏んでって振り返してアクセル抜いて伸ばしてゾーン3に行くのがまあ一般的なドリフトですけど、やはりその D1 トップ連中になると手前でスパッと横向けたらもうブワーッと踏んでいきますもんね。だって横井と中村なんてずっと。Oh, there we go. Score for Saito's first run, a 97.1. Someone's saying in chat, what is it running? Good question. I got here as early as I could this morning to do some pit walks and find out all the news and see what all the new cars had done to them. Saito's car I didn't actually get to, so I will find that out for you. It definitely doesn't sound like a 2JZ, does it? 今ちょっとコースの清掃をしてます。今斉藤いい点でしたね。97.1 でしたね。そんな悪くはなかったですよね。いやちょっと意外にあそこになんか攻略法があるのかな今のに。だからこのドス攻略ですよね。僕的には川端の方が良かったんですけどね。僕もそう思いました。It sounds like some sort of V6, whether it's a VR, it's not rotary. Yeah, it does sound like a VR, so I will find out exactly what it is running. で進入アクセルをちょろちょろっと踏んでいったけどそこからはまた少しアクセル抜いて壁際で調整して、でまたアクセル踏んでいって振り返してサイドでまた伸ばしてなんかいわゆる置きに行ってる系の走りなんですよ。なんか Alright, next driver out should be Daigo Saito. グッと来ないというか。でも So once again, this location we are in this weekend. そこをちゃんと Okuibuki. 解析すれば Well, I should say it's Okuibuki そこにもそこそこ outer 秘 Ibuki. 密があるっていうね。It's in a prefecture in Japan called Shiga Prefecture. 難しいですね。今ので出るわけですからね。It's close to a very large lake. 川端さんのはグッときましたか？川端さんの1本目は。 A lot of beautiful mountains around here. 沖に来て A lot of history in this area too. There's an area near here called Sekigahara, which was the site of an extremely large and important battle in the history of Japan, the Battle of Sekigahara. これはね、こういうケースが出てくるとちょっと悩むね。悩みますね。ここで斉藤大吾登場。 All right, here we go. Next driver. You all know this guy, Daigo Saito in the A90 Supra. First qualifying run. We're getting a mild round of applause for that run. So Daigo Saito, first part of this run looking really good. Big angle there, out towards the wall. Little bit of a handbrake there. Fat angle, but this part here, this part of the track, you watch this, it's not really steering deeply into that corner. His angle's kind of shallow. That said, though, his speed was quite good, though, so it shouldn't be a bad score. And then we have there a 97.3, 115 kilometers an hour on the entry. That's the fastest entry we've seen so far. Pretty typical of Daigo for going for the fastest entry. So that could have been a higher score. I think what DOS took away from that was the fact that his angle was a little bit wobbly on the second part of the track. But the first half of the track is where you earn your big points. All right, first run, Takahiro Ueno's big Lexus RCV smoking out the first corner. V6 from the factory. Oh, throws it a bit too hard. Oh, that's a shame there. Half spin there for Ueno. It was looking good until it wasn't.
That might be a zone miss there as well. It was kind of hidden from us by the smoke. 走りとかこの映像で見てるところ、 You can see there the smoke catching up to the car from the wind here. It's not what you want. The car's slowing down that much. サイド参加する側の悩みは、タイヤが違う。So he will be getting a penalty. いろんなタイヤがいて、それぞれのね。Getting a penalty and a zone miss for that run, I think. Of course, Ueno has a bit of a history here at Okuibuki. A few years ago, making a mistake on the entry, running over the car in front and then smashing into a concrete barrier before even making it to the first corner. で、今みたいに彼みたいにね。この何グループ D グループで cooked it a bit too hard into that corner, slowed down, of course, used the angle of the knuckles and the power to drive out. でも自分の出番来るまでだいぶ待つじゃないですか。消えますよね。だからそういうとことかもね。And there it is, missing zone 1. It was camouflaged by the smoke, but don't worry about that. They have judges to catch everything. And a sector penalty, so 93.6. Unfortunate first score there for Ueno. Okay, back to the beginning of Group D. This is the second run and the last run for all of these drivers. Kawabata's got to pull something out here. He didn't have a great first qualifying score. This is his last chance for the top 16 or a good position in the top 16. 怪しいよ。ゾーン3に行くところまですごく良かったよ。良かったですよね。ゾーン3がどうなんだこれ。ゾーン3付近で。で、やべえ出ちゃうって一生懸命止めに行ったから、その後の出口がふらついたもんね。Oh, is Kawabata going to get a good enough score to make it into the top 16? Nice entry though there, very smooth. ここいいよね。 That looks cool. That was a nice, cool entry right there. But yeah, it's just a bit of a hesitation there and flicks back. Okay. Right to the edge of the track. Oh, that might be on the line, I think. So course out if the tire goes over the white line. 97点台な気がするけど大丈夫ですかね。気がするつうか願望というか気がする願望見たいじゃんだって見たいですよ。明日の視聴 His 率 teammate Fujino already making it through. いやどうでしょう。 Can Kawabata get a good enough score for a top 16? あれを戻りと取るかどうかですよね。 Oh, and a sector 4 line out. Penalty in 96.1, 113 kilometers an hour speed entry. So solid beginning to that run, but a 96.1. いやー、残念。ミスターアベレージ。はい。さっき93点台でしたからね。Our next driver, Mr. Average, Mori. Let's see if he can average his way into a top 16 run. おお、すごい、すげえ、ギリギリ攻めてきた。Oh, he just did the same thing there. ちょっと何点出るか見たかった。思いっきり行きましたけど So ね。 Mori cooking it a bit too hard into the top part of the track. 壁スレスレだったよね。Right on the wall though. すごかったですよね。 Not lacking guts on that run, but here we go. Watch this. Flicks it back. ギリギリこの壁スレスレカメラ。 Runs a bit too wide there. That's a course out and 惜しかったな。 a pin it and spin it でもさっきも言ったように to end that run みんなが通 by ってないとこ Mori. っていうのはタイヤカスとかセクター4のとこですね。ゾーン3に向かうところ。そうそう、ラバーカスだったり、ラバーグリップだったりとこのあれで
落とし穴があるんですよね。なるほど。ちょっと外出ると。His last two. うわー、69.6。All right, everyone, say it with me. Nice. Fortunately, a 69.6 there for Mori. Got to say, those last two drivers, Kawabata and Mori. Great entries. Great entries and wall rides there. I think, chat, you do not appreciate how scary the entry and wall are on this track. Our next driver, Hokuto Matsuyama. And a spin there. Yeah, this Supra just looks a bit greasy compared to how it normally does. You see they're running 19s on the back. Actually, there might be 20s. I'm going to make a note. I'm going to check that. Tire? Question mark. So you do see a lot of cars in D1 Grand Prix running 19s and 20s. And that is due to the tire rule that they have in D1 Grand Prix. The simplest way to explain it is tires have to have a certain rolling resistance. For the rubber compound that they use. And in order to pass that regulation, some of the tires pass that regulation in the 19s or the 20-inch size. So they are free to use different diameter wheels. Of course, the width is regulated depending on the weight of their car. All right, second run for Kume. Tapped the wall in his first run. Second run also missing that zone. Yeah, his line just a bit off. 今のはね、やっぱ壁際行ったじゃん、ちょっとあそこで一瞬神経をケツ側に持ってっちゃったのよ。当たるかもみたいな。寄りすぎると、I can see there, very obvious there on that entry. You can see Kume. Remember, his first run, he hit the wall, right? So on his second run, he came in a bit shallower, and as soon as he knew he wasn't going to hit the wall, he flicked the rear end of he accelerated and flicked the rear end of the car out. Of course, that's not a good thing. DOS does not like that. It wants to see the angle come on early and be held for a long time. So 94.9 there for Kume. Missing zone 2. That's the in-clip zone. So we'll be seeing Kume tomorrow. ない方が全体の組み立て的には良くなるはず。なるほど。そこだけになっちゃいますもんね。そうなの、そうなの。あそこにいや神経をもう見えてる景色の方に行きたいのに、後ろに一回神経使っちゃうと良くない。Our next driver, Yuji Saito. A clean run for the S15 there. However, just by listening to that run, it's very obvious Saito's using a lot of handbrake and a lot of accelerator. He's getting off the accelerator, getting on the handbrake, getting back on the accelerator hard, getting back on the handbrake. It's not a particularly smooth run. But look, if it gets the job done, it gets the job done. 決まったぐらいはあるけど、今2回引いてあそこにゾーンに持ってったから。整えて You can see there as they flick it as hard as possible. だからやっぱね、なんか出るんだよこれ。これ出ますですよ。3位ですよ。And there you go. It did get the job done. I think Saito figured something out. A 98.8. Okay, that's interesting. Compare that to some of the other drivers we've seen before. There's two ways to attack this track, it seems. The first way is to just be 100% confident and very good. The other way, like we saw before with, it wasn't with Yokoi, it was with Semi Tanaka. I'll finish that thought in a second. His Daigo Saito, his second run.
今みたいに、もう進入でケツから行ってアクセル踏んでうわーっていって走りとしては決まってんだけど、決まってますよね。決まってんだけど、やっぱりさっきの一人前のなんだっけ。So we saw it before with Semi Tanaka. ゾーンに対しては Constant adjustment, constantly adjusting the accelerator, the handbrake, the steering, being extremely aggressive with it. Just a lot of small adjustments. That's what Kume just, sorry, that's what Saito was doing. And it seemed to work. It's the guys who spend a long time off the accelerator, on the accelerator, on the brake, off the brake, don't get a good score. Oh, Daigo Saito there at 96.1, missing zone 3. うわ最後ですよ、いよいよ。上野さん 93.6 でしたから。All right, last run in qualifying. Ueno, the big body Lexus. All right, let's see if it's going to get him through to the top 16. Nice aggressive entry. これね、際どいよ、際どい。ゾーン1怪しいよね。ゾーン1ができてるかどうか。All right, hopefully there's no penalty for zone 1. あれ次第だな。そうですね、あれ引かれたらもう。Oh no! Oh, it's a zone 1 penalty. He missed it. どっちにしても届かないわ。本当だ。He only got a 95.1 for that run with that 2-point penalty. It would have been, it probably would have been enough. Ueno, 2 bad runs in a row. So top 16 and 97.4 is the cutoff. So maybe it wouldn't have been enough for that second run. So top score, Semi Tanaka with a 98.96. All right, so this is your top 16 here for round 1 of D1 Grand Prix at Okuibuki. Tanaka Yokoi. Yuji Saito rocketing up into 3rd place. Looking forward to seeing him perform today, since he's doing very well after qualifying. Kitooka in the JZX100. Suinaga, that's the S15 Sylvia of Suinaga. Hideyuki Fujino in 6th. Murakami doing very well in his brand new GR86 build. In 6th place, sorry, 7th place. Our overseas driver from Thailand, S, getting a 97.7. So we're finally we have some overseas drivers back in the top 16 after so many years. And then Matsuyama, we have Naoki Nakamura. Sayaka Shimoda ended up coming 11th. So we'll be seeing her in the top 16. Daigo Saito in 12th. Teruyoshi Iwai in the FC RX7 in 13th place. Hiroki Vito, 14th. Kano, 15th. And Mekawa just scraping through in 16th place. So a bit of a mix-up here for the top 16. Some new drivers, some drivers we haven't seen for a while. A lot of brand new builds. So looking forward to seeing the top 16 later on today. Hi. I look tired. All right, I'm going to put my glasses on there. この後コマーシャルになったらビデオオプションのアーカイブもここでは流れますんで、だから何にもやってない。Right, everyone. So the schedule for today, it is currently 11:42, so just coming up on 12 o'clock. We are going to be starting the top 16 battles for D1 Lights at 12 o'clock. So it's about 15 minutes from now. Not too long. What I need to do is grab, actually I have it here. I have to grab the top 16 battle tree for that. Here we go, I have it right here. 3時いけますかね。でもモーニング食べたかったからな。モーニング食べたかったですよね。もうないな。はい、ちょっともうないですけども。
I have some good news for the top 16 for D1 Lights. For any Australians watching, Jake Katz from Australia is making it through. All right, everyone, 15-minute break, and whoa, a bit windy. 15-minute break, and we'll be back for the top 16 of Lights. See you soon. I'll leave you with the ad break. We'll be back at 12 o'clock. That's 15 minutes from now. Bye for now. PlayStation 青は挑み続ける心。青はまだ見ぬ何かへの渇望。青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。Toyo Tires。バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。トネは今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコグさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。Just throws up on the early transition.先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に
伝統と革新の300年奥の松。みんな、元気だったかな。おなじみの、ケロ。2022年も気がつけば残すところ早2ヶ月余り。そこで今年ここまでのビデオオプション人気ランキングベスト100をドーンと10週にわたりお送りします。まずは100位から91位、選ばれたのはこちら。さあ、浜さん行きますよ。いやまあ若いのいますから若いの FD なんでしょ。こんにちは。助手席で立候補したのは女子カート部の下田さやかちゃん。全然コントロール配下に置けてないから危ないから、覚悟しといて。はい、お願いします。こりゃ何かあるかもな。不安と言いつつも外から見ればそつなくこなしているように見える。危な。あわや壁の餌食。ほとんど乗ってないからね。あれわざとだから。念願のですね、海女さんのシャンテ乗らせてもらいました。アドバンネオバラジアルタイヤで6秒4。このタイムはね相当速いですよ。 2000cc のね今時のトヨタ86でもですね6秒4を出そうと思うとだいぶチューニングしないと出ないタイムなので、今回の一発目にしてはいいタイムだと思います。これじゃないですか。これじゃない。この1階の地下のガレージは2台車が入れられるんで2台入ってます。古いポルシェ。よく気づきましたね。コーナーリングは本当に大したことないんでヘロヘロなんだけど、でもなんか乗っててすっごい家族感とか楽しい。でキャブだしウェーバーの、45パイがついててキャブなんですごい音もいいしね、まだ温まってないんで全然あれなんですけど、温まってくるとすごい調子が良くなって本当500回転ぐらいでアイドリングしてすごく気持ちが良い。それに対してこちらの最新のこれを例えばこれを乗った翌日とかにこれを乗るじゃないですか、ものすごくよくできすぎてて逆に驚くね。その辺にはちょっとちゃんと使ってるヘルメットとか、
こういう工具なんかもほとんどお店に持ってっちゃったんで、ここは本当にここで使える分の最低限の工具しか置いてないのと、ここは、地下の部屋なんですけど、そこからこう上に行けるんだけど、最初はね、当時自分もいろいろ事務仕事をやったりとか、T シャツとかパーカー作ってここに段ボール置いてここから発送したりとか、ファミリーは上にいるわけであって、ここだと一人の空間になるでしょ。そうすると音楽流して、ちょっとこうムーディーなライトに変えて、そうすると車見ながらちょっと音楽聴いたりしながら1杯2杯飲むのがすごい楽しいですね。シェイクダウンの舞台は茨城県筑波サーキット。数々の伝説を作ってきたこのコースで新たなストーリーが始まる。テストドライバーはこの人にお願いした。うわー、相変わらず金色で変な車だなこれ。なんかかっこいいんだかかっこ悪いんだか分かんないねこれ。もう顔つきがいいですよね。こう流線形でこう縦目のちょっとねこう引き締まった締まりのあるやつというかね、そういう感じで、これね実はねリアラジエーターなんですよ。なんでここのリアのこのウィンドウがこのエアの引き込み口になってるんですよね。ちょっとね後ろ開けて風が入って冷えるはずなんですけども、ちょっとサーキット向きじゃないのかなと。見てくださいよ、12気筒はやっぱりでかいですね。まずねエンジンがねちっちゃいタービンでうまく回してこう乗りやすくしてるっていうのもあると思うんですね。重いねやっぱり前が。なんかね前に重い漬物石みたいなこう乗せられたような感じだなこれ。速いね、トルクがすごいある。トルクだけで走っちゃう。でもねすごいフィーリングいいですよ。すごい速い。ちょっとこれは湾岸仕様だね。直線バンジョー。そう、このマシン東京オートサロンで最優秀賞とグランプリを両方取るという快挙を成し遂げたのだ。それが自慢でスモーキーはいつもトロフィーを持ち歩いているらしい。はい、じゃあエンジンフード開けてエンジンルーム見せてください。カットカットカットなんでこういうの置くんですかこれ。だから後で見るからそれでこういうの撮ったんですよ。こういうのいやカットカットこういうのカットオートサロンでこれいいですからこれしまっといてください。これ分かった分かった。HKS TRB04 というスイフトに乗りに来ております。スイフトはですね HKS がこの筑波サーキットで、FF、前輪駆動最速タイムを出すために作られた車です。今日はその 4G63 ランサーのエンジンでですね馬力をうんと乗っけてきてるらしいです。タービンを変えて、120馬力ぐらい上げて、さらにその後にはあちらのお風呂の中に、ノスも控えております。運転席以外他のシート全部取っ払って、運転席を真ん中のちょっと後方に持ってきて、本来の後部座席の辺にですね運転席が来てます。軽量化と重量バランスをそこら辺で出してるぐらいで、あとは皆さんが知ってるスイフトと何ら変わらないです。外装は、フルカーボンでオリジナルエアロで作ってます。やっぱり FF なんでどうしてもアンダーになりやすくてフロントトラクションかかんない。エアロの効果もなかなか大きくて、フロントもこのアンダースポイラーもとかカナードとかも徐々に大きくしていきながらその辺の対策してます。サーキットの FF 最速という自らの記録は、コンマ6ぐらい、更新しました。
かのステップアップあっての今 D1 グランプリは開幕戦を迎えたというところではありましたけれども、いよいよですね、また今シーズンライツの若い、その選手たちの熱い戦いでまた D1 グランプリに来季のステップアップを目指して、本当にすごい追走をこの後してくれるだろうというところで、ぜひ皆さんにはですね見ていただきたいライツシリーズのベスト16追走トーナメント。さあこの後もう間もなく始まってまいります。昨日のまずですね単走だけ、こちらの方を、おさらいしておきたいところですが、最終的には52台エントリーだったんですが、走ったのは45台、そこからの上位16名というところですけれども、1位が中川直隆、紫の S1 をこの中川が初めて単走優勝を果たしたというところ、第2位に山中真央、現在シリーズランキング第1位の山中真央選手、しっかりと2番手、そして3位にはベテラン ER34 の三好隼人が入りました。4位には田野裕樹、そして5位に田村健太、6位に古賀重信、7位に米井里、8位に田中紀明、9位に神野俊之、10位瀬戸大輔と、どうやらですねシリーズランキング上位8名が全員この昨日の単走予選上位に食い込んできた。こうなりますと、このやっぱり上位8人がこの奥井吹、今回この土曜日の決勝でどこまでいくかによってはシリーズだいぶね見えてくる感じもある、一つのキーポイントになるこの奥井吹の戦いということだと思いますが、さあもう今年のこの D1 ライツシリーズは25歳の選手たちが数多くいる、いわゆる Z 世代という形の中とベテラン勢の対決ということにもなりますので、このベテラン勢対若手のやはり走り、どういう戦いが見られるか非常にですね楽しみなところではあります。まずは D1 ライツシリーズ今シーズンは3月25、26日名阪でスタートいたしました。ラウンド1、ラウンド2、その時の優勝が田野裕樹、さらには田村健太、この25歳勢が名阪を制していった。そしてこの2戦合わせたところでシリーズランキングトップは山中真央というところになっております。さあというところを迎えた第3戦、まずは審査員は上本久さん、そして高橋邦明さんというところ、副審においては、春山さんがついていよいよ追走を見ていくことになりますが、さあ、上本さん、はい、いよいよ追走ラウンド3ね、ちょっと楽しみではあります、はい、めっちゃ楽しみですね。どんな追走をね、してもらえるのか、また D1 とはちょっと違ったね、はい、やっぱりなんだろう、熱い走りといいますか、 D1 は D1 で非常にね熱さもう炸裂、本当にそういう凄さを見せますけれども、でも D1 ライツのまた違った魅力、ありますよ。やっぱり凄さっていうのもありますけど、ね、コミカルの面もありますから、コミカルもあるし、いろいろありますよね。でなんかこうみんなで盛り上がれるっていうライツがねやっぱりありますからね、こういったところでどんな戦いが見られるかということになるんですが、ちょっと追走をですね、はい、ポイント、審査のところをちょっと話しておいていただきたい。これ D1 とまあ共通、ある程度共通なところもあると思いますけれども、そうですね、はい、まずは、先行はまあ単走道路走りましょうっていうのはね、はい、まあもちろんなんですけど、はい、あと Alright, everyone, welcome back. 緩和されている部分がありまして、 Welcome back. The stream has been running the whole time, but welcome back. 直角の右コーナー、 We're about to start で、まあ、本来ホワイトラインがあるんですけど、それを Round 3 of the D1 Grand Prix Lights series here at Okuibuki. So just before, we were watching the D1 Grand Prix qualifying, but we're about to watch D1 Grand Prix Lights, or D1 Lights, I should say. So Lights, for those who don't know, is just one step below Grand Prix. 要するにお互い10ランクあったとして、8対9とか。Essentially, the idea is that it's a feeder series for D1 Grand Prix for people who'd like to drive in D1 Grand Prix and can build their way up to that. The way the rules and the regulations are set for these cars is that the idea is that you can build a car for D1 Lights, and then if you want to move up into D1 Grand Prix, all you need to do is maybe some higher grip tyres, more horsepower,
maybe a different gearbox, 22とかもありますから。 and things like that. That's all you need to change in order to go into D1 Grand Prix. So they're trying to make it a bit more cost efficient for drivers to progress and also be ready for D1 Grand Prix when they get into it. That's not to say that the builds in D1 Lights are very high level. They're not. There's still a lot of these cars which are still very much, I don't want to say amateur level, but let's just say more modest budget. Some of the regulations are a little bit looser. The cars aren't going quite as fast. They're not as high horsepower as the ones in D1 Grand Prix. Whereas in GP, you're looking at like 600 to 1200 horsepower. ゾーン1には攻めていかないので、 Whereas in lights you're looking at D1 に上がっていく前の 3 to say 600 odd horsepower. そこで逃げたい人の気持ちを早めに Teams also much smaller, made up by the drivers' friends more often than not. And a lot of these drivers are also piggybacking off D1 Grand Prix teams, especially when we have these weekends here where it's D1 and lights running at the same time. You can have mechanics doing jobs for both their light friends and also the professional GP cars. そうなんです。ね、マシン的には難しくなったりもするんですよね。そうなんです。逆に俺なんかも多分ライツの車両でやると大変だと思うんですよ。薬理さんとか小口さんはまあそのあたりはそんなんでもね普通にできると思いますけれども、難しさは逆にライツのマシンの方がある可能性が。ハードルが高いです。で、決して T1 のマシンが優しいとは言いませんよ。言ってませんよ。こっちも言ってませんから。そうですけれどもね。まあそこのね抜き差しを見させていただいて、僕は盛り上がりがいいので甘めにバンバンつけますから。あ、なるほど。はい。加山さんは逆に厳しいですもんね。そうだ。So we will be starting the D1 lights very shortly. It actually I just had a look behind me. I thought, oh, the grandstands are pretty empty. It turns out the majority of the crowd is down in the pit area, trying to get signatures from the drivers and getting some food as well because it is lunchtime. We're going to be going straight into the lights competition, which will be then followed by a half-hour break and then the GP competition after that later on today. それで小口さん何時するんでしたっけ、ここライツは。ツイートとか。それマイクね、多分入ってないと思いますよ。こっちのマイクです。はい。追走の時ツイートとか。These double rounds are always enjoyable. 影に隠れてラインが外れてる。Of course, they don't always line up. サポート役だ。Lights tends to run on different tracks to GP. モニターで見ながらも、そっかそっかそっか、それを確かに接触はね、結構1コーナーの飛び込みとかね、出てきますからね。このあたりをしっかりとモニターも見ながら含めて、そういったところを判定してもらう。I think it's a good thing because it gives you a bit of an example of how well a lot of the D1 Grand Prix drivers are driving. いい体勢でやってますね。これ。And something else that's a bit different too. They don't use the computerized DOS system in Grand Prix. It's the good old traditional human judges. やっと8つあってね、やっと節穴だらけの目ですからね。学さんは逆に俺たちを脅そうとするよね。そうです。当たり前じゃないですか。当たり前。嬉しそうだ顔しても。さあというところでいよいよですね。D1 ライツシリーズラウンド3 So no need for qualifying. We've already run that. It was run yesterday. まだ対戦1組目からもう So we'll be going straight into いう準備ができています。まずウォーミン the グアップを行いまして、 competition as our first two drivers roll up to the start line. 8組16名。いよいよもう紹介もなくいきなりのですね。このライツシリーズの追走が始まってまいります。1組目中川直隆 VS 近藤義道、1位と16位の対戦ということになりますが S15 シルビア対 AE86 ターボということになります。昨日ギリギリでね16位で通った近藤義道。 These cars don't look quite as extreme as the GP cars we just saw. So heading out in his first warm-up run, just there in the S15 Sylvia is Nakagawa. 単走優勝、非常に気を良くして、ただ中川の場合はこれからが勝負ということにもなります。中川単走過去もいいところ行ったんですが、It looks though that Nakagawa for some reason has pulled off the track. いきなりウォーミングアップに出
なんだこれは完全に工藤系。中川選手、それはちょっと残念ですよ。いやありえない。So Nakagawa not making it back to the start line under his own power. That's going to be a retire. This S15 Sylvia, MCR factory livery, looking like an old school Yokoi right there. So before the first run, a retire. His opponent in this first battle would have been Kondo. We just saw there in the green A86 Turbo. ちょっとこれ5分じゃ治んないですよね。そうですね。いや治るんじゃないですか。治るわけねえだろ。っていうこういうのがね。欲しかったの。そうですね。しなくてもいいですけど。いやもう中川君。So you can hear we don't have Taniguchi and Tsuji doing commentary for this because it's D1 Lights. We have the judges doing it directly, which is kind of interesting. We'll have a bit of a different feeling, I guess. A bit more traditional. 1日転下。昨日はまあ大喜びでしたもんね。いやそれはねずっと昨年ぐらいからも、その予選もね落ちたりすることも多く中川選手の場合は。でもどんな状態でも自分のやりたいことを常にやってきて。で昨日やっと単走優勝できたわけじゃないですか。そうですね。やっぱ気持ちも違うしチームの盛り上がりも違うわけですよ。で戦わずリタイアになるのはさすがにね、これは悔しさしか残んないですね。ないですよね。正直もう我々も見たいですし。もう去年まではベスト16に残るのが目標でやってきて、で今年になって名阪でもなかなかいいところまで行って、で今シーズン逆に言うと本当はシリーズチャンピオンを狙おうかというぐらいまで、今最上が抜けたMCR のチームがね。やっぱり中川選手をエースとしてなんとかシリーズチャンピオンまで狙おうというところで単走までは OK でしたけどね。いい形で進行してましたよね。しかし Nakagawa, なんと中川 that's something leaking there. Looks like that's not going to be something repairable within 5 minutes. ドカンとミッション can't make it back to the start line. おそらくこれデフがバラバラの場合もありますけども、いやかわいそうだな。いやさすがにこれはちょっときついですね。Chat says get out there in the S15 and fill in for him. I didn't drive the S15 here this weekend. I just drove my van because it's comfortable. Yeah, I came here the boring way. ベスト8進出と、逆に言うともう近藤選手はもうね、クリさんね。これだからもう顔を出さないようにしてますよね今ね。申し訳ないからね。Alright, so something leaking out of the car there. That much volume is probably oil. So either a line blew off. 来んの？治んないどっちって多分。でチームからは or something cracked and is leaking. デフだから大丈夫だよ。治るな嫌なやつになっちゃいますよね。でも結果だけでね、近藤チームをね思うんだったらやっぱりそれは結果として。A86 driver Kondo, turbo A86 back to the start line. So he's got this run in the bag, but he does need to complete the run. ターボが一周すればこれで OK ベスト8進出が決まります。まず近藤にとっては非常にラッキーなベスト8進出。さあここはでもやっといた方がいいですね。しっかりとね。まずは今の路面どういった形の中で今先ほど D1 グランプリマシンが数多く走ったというところでまた路面が変わっています。こういったところはしっかりとドリフトをして近藤が今の路面を Very busy design on the livery of this A86. 今最後のスタート地点からフィニッシュ地点までしっかりドリフトして今これで決定ベスト8進出。 And there you go, winner by default. いやー1組目波乱がまず起きました。 Car number 86 Kondo moving through to the best 8. もう無情にも2組目がどうやらウォーミングアップに入っていくというところ。2組目田野則明 vs. That's a shame there. Nakagawa getting knocked out. 単走順位第8位 First place qualifier 単 too. 走順位9位の陣野俊之。 Mechanical problems knocking him out in the top 16. 名阪で本当にいい走りを見せました陣野が、やはりこの陣野も今シーズンは十分に上位シリーズランキング上位を狙ってということになります。過去最高の3位まで名阪で入りました。そして単走優勝も Alright, next drivers now. This is
その対戦相手は田中紀明。昨シーズン Noriaki Tanaka in the S13 Sylvia. 現在名阪でもまずポイントを取ってというところで23位におります。さあこのグリーンのマシン同士の対戦、田中紀明、神野俊之、両者40歳、両者40歳対決ということになる。さあベスト8進出をかけて田中か神野か、今ウォーミングアップ初めて2台が行き切ったというところ、スタート地点に戻って、 And going up against Tanaka, you just saw it there, the S15 Sylvia of Jinno. 単走ではほぼ変わらないような走りがこの2台。 Jinno's entire car also a very nice shade of highlighter green. ベスト8に上がってくるのはこの13、それとも神野の1号。ちょっと陣のウォームアップでリアタイヤやりきれてない、やりきれてない、もうちょっと、なるほど、あまりフロントに相当ちょっと意識が入ってて、だからこの加速で空転しちゃうと、陣野の車力あるじゃないですか、空転しちゃうとストレートで振り出し遅れて焦っちゃいますよ。可能性もなくはない。バーンアウトしてればいいですけどね。いやできないですからね。そうですよね。はい。ってことはスタート来るまでに空転させてバーンアウ The ト Japanese 状 judge 態 is で saying there that Jinno didn't really seem to warm up his rear tires, and his car has a lot of power. So whether he'll be able to put the power down or not is a question we're about to see answered. 嘘だね。本当ですよ。ちゃんと彼はうちの茂原のドリフトです。茂原で地方戦でもずっと頑張ってチャンピオンを取ってこのライツに上がってきたんですから。はい、そういったところではね、高橋さんが勝手にずっと見ていたというところ、まあそうですね。はい。チャンピオンになるとそうなるんですよ。So let's start the first proper battle here at round 3 of D1 Lights. 田中紀明転向、後追い神野俊之、1本目のスタートです。Because round 1 and 2 were held in March at Meihan Sportsland. The next round after this is going to be held at Nikko Circuit. So you can see they use slightly smaller circuits than D1 Grand Prix does. All right, here we go. First battle. Let's get this started. First battle of the weekend. Tanaka leading Jinno. This is D1 Lights, the feeder series for D1 Grand Prix, one step below the main show. The car's a little bit less power, a little bit less grip than their big D1 Grand Prix brothers. But that does mean you do see a lot of close tandem driving as a result of that. 後追いの振り出しはちょっとどうかというところはありました。しかしその後はそれで近づいていったというところはありますが、あとそうやら先行の何かマイナス減点が入ったかな。先行に関しましてはゾーン、それからコース。Right, so lead car, they do need to hit those zones, just like they do in qualifying. Chase car does not need to hit the zones, though. In order to keep the closest tandem driving we can, Chase car doesn't need to hit those zones. Instead, we want to see them up against the door of the lead car as they switch back. Need to fall back a little bit and then zoom back up again. There we go, a top-down shot. Finally, we have to see some tandem battles here this weekend. It's been a qualifying this morning for D1 Grand Prix. って感じですよね。はい。そして国さん。77.5 陣の 77.5 そうですね。だからどちらにしろ 0.5 陣の俊之がアドバンテージということになりました。さあというところでいけますか。 So the scores here in lights. まずは 0.5 それでは They score both of the cars out of 10, so it's not a split score like a 6-4, 7-3 for example. They score both of the cars out of 10. まずは持ってったというところですが、これは田中 So that run there, a 7.5 to 7 in favor of Jinno. The car is currently leading. Just wasn't quite as close as the drivers would have liked to see. So Tanaka, can he get close enough to the lead car to get those points? He needs to get a bit closer to the lead car. Last chance here in the last corner to catch up. That was a solid lead run from Jinno. セクターでのコースアウト。こういったところが陣野。
ちょっと減点は入ります。田中としては後追いでどれだけ取れたかというと、ちょっと飛び込みの角度がないところも含めてそう多くは取れません。似てましたね。後追い的には似てましたね、非常に似てました。はい、ただ寄ってった部分はあるということになると、ちょっともしかしたら神野の2箇所の減点が大きいことになる可能性があります。1箇所ですね。あ、1箇所ですか。第1ゾーンとそこのコースアウター。第1ゾーンは OK なんですね。お、第1ゾーンは OK か。Will that lead run あ、なるほど。あ、大丈夫ですね。はい、じゃあ get a good score or not? Sort of leaning towards not getting a great score. ですが、さあ、どうやらじゃあ箇所の減点というところが、 Of course, because this is D1 Lights being judged by humans instead of the DOS, so we have to wait a little bit to get the score. これはちょっと悩むのがいきなり始まりましたね。はい、コースアウトに関しましては 0.5 です。はい、0.5ランクですからね。神野を引きました。はい。僕心は決まりました。じゃあ国さん OK です。国さんからどうぞ。7.5、7.5。7.5、7.5。はい。僕は6.5、7。6.5、7。田中です。7ということは、俺の中ではいいはい、いいですね。イーブンで 0.5 あり This could ます actually か end up ら、 being a fairly even 平均 score. で 0.25 で、本来ならサドンデスタンスがベスト16はありませんので、この差 0.5 あるということで Okay, so we don't have one more time battles in the top 16, only from the top 8 forward. ということで OK ですか。はい。はい。ベスト8進出、神野俊之です。Okay, and the winner of that battle was Jinno in the highlighter yellow S15 Sylvia by 0.5. And that's not even 0.5 overall score. The overall score there, I don't know if they're going to show it on screen or not, but the overall score there was an even score for that second run. Now what they had to do is see what they have to, the way they work out who gets the win in the case of an even score in the top 16 is who had the better lead run. And it was the better lead run was Jinno by only 0.5 points. So he didn't win that by a very large margin at all, but he did win it. So moving forward, Jinno is going to need to really work on his lead run because that's where you can be guaranteed of getting points by hitting all those zones and not dropping wheels off the edge of the track. It's a very close run, that one. But the winner, Jinno, he'll be going up against Kondo in the A86 we just saw before. 決定なんです。あ、だから単走順位がそんなに良くないんですね。はい、そうです。単走順位が良くないというところで13位でしたから。で、その対戦相手が田野なんで、とにかくこの田野を野村選手としては破ってみたいという思いがむちゃ、はい、願望どうせやるならだから破ってみたいと。そう、破ってみたい。破るじゃなくて、はい、もう速さも強さもあるじゃないですか。ありますあります。追走のうまさも、はいはい、でお互いね実は結構仲良くて、はい、シミュレーションでねシミュレーターでやり合ってる仲なんですよ実は。じゃあ手の内は分かってるわけですね。そうでそういう意味ではこれ実践 Alright, next battle coming up now. This is Tano in the S15 Sylvia versus Nomura in the ER34. Now Nomura, you might know this name, Nomuken. That's his dad. This is Nomuken's son, Keiichi Nomura, aka Nomuken Jr. He's being led by Tano, who is last year's D1 Lights champion in the S15 Sylvia. First battle. All right, Tano doing a great job there as the lead driver. Hitting every zone, good angle, good speed, good line. 野村圭一、なんとか離されまい、なんとかついていきたいという思いの方がちょっと強かったか。田野はやはり常にいい角度があった。まあそうですね、これで先行が取れるわけではないんで、後追いがないというだけでの、じゃあ上本さん、77です。77イーブン。はい。はい。そして栗さん。はい。So both drivers. 田野。8、7.5、0.5田野。
setting a decent run on this course. Seems the score overall is in favor of Tano, the lead car, the S15. You see there, Nomika Jr. cutting the course there. Remember, the chase car is allowed to do that. まだ大きな差にはなりませんでした。 0.5 田野裕樹アドバンテージ、平均で 0.25 アドバンテージ田野裕樹ということになりますが、さあ田野としてもとにかくここはもう今回も奥井吹だけは絶対落としたくない、ここだけは勝ちたいという思い、非常に強いところあると思います。そして逆のラダーから勝ち上がってくる現在ランキングトップの男と戦うということを目標に、さあセットされた入れ替えの2本目、しかしその他のに何としても勝ちたい野村圭一。 Alright, here we go, second run between these two. So currently Tano left lane with a slight advantage. エンジン音が高鳴って今飛び込んでくる右直角。 And going this run, Nomikan Jr. leading. He's going to have to put down a really good run to get the win against Tano, because Tano, remember, last year's grand champion of lights. And he's right on his tail here. Oh, a bit of a nudge there. Tano overcooking it into the corner there. It's an unforced error there by Tano, going too aggressive into the chase. And we have the winner there. It is Keiichi Nomura moving in the ER34, moving through to the best 8. That's an unlucky mistake there for Tano, but he was being very aggressive. Watch this. Yeah, that's a bit too aggressive. 速度の調整、こういったところが田野にとってもやっぱりポイントでしょう。非常に Tano a bit too keen to try and get that that deep transition. こういったところがどこまでできるかどうか。 Not a big hit, but it was enough to put him off his drift. 決め、そして D1 権も自らの力で D1 グランプリステップアップの権利を獲得いたしました。 さあ続いて4組目、田村健太 VS 宮里弘和の対戦ということになります。この間の名阪、やはり3月の名阪ラウンド2でもまた2勝目、ライツ2勝目を挙げた田村健太、現在シリーズランキング第4位。それに対して沖縄のベテラン、この宮里弘和が今回もベスト16に残りました。さあ田村にとってそう簡単な相手ではないはずです。宮里 Tamura versus Miyazato. 年々力を上げてきた、つけてきたこの宮里に対して、さあ今シーズンは本当にチャンピオンを狙っていると公言するこの田村健太に、田村健太がどういった走りを見せてくれるかどうか。ベスト8進出をかけて田村健太、宮里弘和、4組目の対戦。 ベテランとやはり25歳勢、こういったところの対戦ということになります。田村健太が勝ち上がりますと、その対戦は野村圭一。やはりこの辺りが25歳勢の若手の戦いということになりますが、そこは沖縄のベテラン、この宮里弘和がそれを止めることができるかどうか。 D1 lights, a lot of them running not 2JZs, unlike D1 Grand Prix. それぞれのウォーミングアップを終えて、 Where you'll be seeing a lot スタ more ート地点に 4 cylinders, SR20s, い things よ like いよ that. 1本目のスタートということにもなってまいりますが、今日はでも多分もうライツはね、このドライのまんまでいけます、いけますからね。 All right, let's start the fourth battle here of the top 16. D1 lights. We have Tamura leading the run in the S15, being chased by Miyazato there in the purple 180SX. さあエンジン音が高鳴って今スタート地点から動き出したこの両者、ピンク紫、こういったとこ Here ろ we か go, ら first run, Tamura in the lead. He's already going flat out. Comes the entry, Miyazato going for a dive on the entry. Tamura hits the zone, no problem, he's on line, he's on zone. Miyazato right on his tail, he starts to fall back. There may have been a bit of a tap there which put off Miyazato. He's starting to catch up again.
And over the finish line. Aggressive lead run, aggressive chase run. 今結構な飛び込みだったよ。よかったですね。 Miyazato doing everything he could to impress the judges in that chase. 飛び込んで追い上げでバーンと飛び込んだらぴったり入りましたね。そこはね計算してましたね宮田選手。たまたまじゃないですか。 The lead car kind of wobbling around a bit, but not intimidated by the chase car behind him. Look at this right there. はいここでねあとまっすぐになりますね完全に。だから1で飛び込んだ Miyazato straightening up there. He's going to lose points for that. 以下ですね。確かにね。これはちょっと失敗。田村何をねミスしてないんで。そうなんですよ。はい。普通に走ってましたよ。これは7、6.5とかそういうことになるのかな。そうですね。7、6.5ですね。7、6.5。俺田村です。俺7、5です。戻っちゃってるんで。ああもう全然もっと大きく。はい。Right there, big straighten. そうですね。じゃあ 5.5 にしてくださいね。変えないでくださいよ。変えないでください。Of course, the judges do want to see these drivers drift for the entire course. それ入れてあげましょう。ごめんなさい。 If they straighten up like we just saw Miyazato do right there, they're going to lose points for that. アドバンテージということになりますが、さあしかし宮里も素晴らしい飛び込みを見せました。入れ替えの2本目どうなってくるか分かりません。まずしかし亀本さん、宮里やれこういう言い方ちょっとおかしいですけどやるようになりましたね。そうですね。本当に面白く言えばそうなんですけど、もともとやれる力 Tamura in the S15 with the advantage going into this second battle. Miyazato will be leading this run. Looks like they've taped up his front end a bit there, so it looks like there was a bit of a collision maybe. なるほど。じゃあやろうと自信ですよね。なるほどね。それがついてきたというところ Wouldn't have been on that side though. いつも宮田選手言ってましたけど、とにかくトーナメント残ればいいんですって謙虚っぽく言うんですけど、どっか自分に逃げ道作ってる。なるほどね。本来はこれぐらいの走りができるというところ。さあ今まだもう一台来てないですね。宮里がついてますね。そうですね。おそらく接触があったのかもしれないですね。はい、若干接触かもしくは内圧調整してるか。いやなんかバンパー止めろみたいな感じじゃないですか。なるほど。そこで今マシン見られてるわけですね。今チェックされてるわけですね。なるほど。若干接触が。It looks like they have taped up the front left as well. So がっつり押してるはずですよ。 bumper may have been dislodged slightly for 田村君がちょっと一瞬動いた。 gently tapping Tamura's car. 接触がありましたね。どうやらね。はい。宮里の方がフロントバンパーが脱落気味か破損があったかというところで今補修をしてでそのチェックを受けて OK が出て returning to the start line. He'll be leading this second run with a disadvantage. さあ戻ってまいりました。それでは参りましょう。入れ替えの2本目宮里弘和先行後追い田村健太。さあアドバンテージは田村健太が持ってっております。Okay, Tamura left lane with the advantage, but this time leading Miyazato. So Tamura doesn't need to get too crazy on this chase, but he can seal the deal with a nice close chase run. It's going to need a bit more angle though. Miyazato's going to miss the zone. That's it, Tamura just needs to keep it cool from now on. He's got this run guaranteed. Just make it look good over the finish line. And there you go. そして先行宮里第2ゾーンは外したかなというところ。そうなるとこれ勝負決定ということになりそうですね。 0.5 point for missing that zone. はい、6.57 で田村、そして栗さん。全く一緒です。6.57 田はい、村です。6.57田村健太ということでベスト8進出田村健太です。 And the winner of that battle in the S15 Sylvia. Purple pink fade, Tamura will be moving through to the best 8 to go up against Nomiken Junya in the ER34, the winner of the previous battle. 自分の単走通りの走りがねできてればまた。でもね格上の相手に対して全然スピードで負けてないですからね。やっぱりちょっと宮田選手も今後その自信持ってね。So lead car, you can see here missing that zone completely. Good speed though, not a bad run. 田村選手も完全に張り付けるとこなかったです。 The problem with missing that in clip there with the lead car, the problem with doing that is you end up running quite wide and you give the chase car
big advantage to catch up to you. So normally the lead car is going quite shallow there, means the chase car needs to back off a bit. But he was able to stay with the lead car, which sets him up to be in a good position when they switch back. So as like I was saying earlier this morning, the more mistakes you make at the first part of this track, the worse it is for you at the end. They just compound and make your life miserable towards the end of the track, make it a lot easier for the chase car. Gives them a nice wide line, a lot of space to stick their nose in and just get those points. なるほど。はいはい。それヤンキーファミリーって言うんですね。勉強になります。さあ、まずは現在ランキングトップ山中真央。そしてその対戦は森吉美66歳。しかしこの森吉美、なんとこのライトシリーズこの奥伊吹で自己最高位2位を獲得したことがある。そうなのよ。ただの66歳じゃないですから。そうです。ただし森選手、もう決勝は走れる体力ゼロ。もうベスト4あたりで無理って言ってます。前回の地方戦がそうでした。ベスト4で。All right, next battle. Coming up right now, we have Yamanaka in the S15 Sylvia, the green S15 Sylvia. And there on screen right now, Mori in the red S14 Sylvia. Should point out, Mori is 66 years old and has built several D1 Grand Prix cars in the past. He's actually a support mechanic for the JZX100 of Kitaoka. さあというところで山中真央、森吉美。So when other men are retired playing golf, Mori's out there thrashing an S14 Sylvia in D1 lights. 山中真央、昨日の単走では第2位というところ、もちろん単走優勝を狙ってだったんですが、そこは落としてしまいました。そして山中真央にとっては現在ランキング1位なんですが、まだ優勝はありません。ライツにおいての優勝はまだしていないというところで、早く優勝して、とにかくもうぶっちぎりでチャンピオンを決めて、なるほど。来年、来季、もう D1 は確定してますから、もう来ると、はい、もう出るということはね、もう公言してますので、さあ、そのための水槽、今セットされました。さあ、5組目、山中真央先行、後追い森吉美、1本目のスタートです。Our next battle, we're halfway through the best 16 here for D1 Lights. Yamanaka in the green S15 Sylvia leading this battle, being chased by Mori in the red S14 Sylvia. さあ山中が振る、それに対して角度がつかない、角度がつかない、ああまだまっすぐだった、押したとこまで角度つけられなかった森。 All right, something happened there, Mori, in the chase. A bit of damage there on the bumper that I don't think was there before. そうですね。山中選手はちょっと左にフェイントしたかったんだけど、森さんがもう横にいたから、でもおじいちゃんにぶつけたら後で怒られるからやめたって曲がってきました。っていう感じで言って。いやー、飛び込みもしかし飛び込んだ時からもう Yamanaka enters the course there. Mori enters the course. 少し待ってもすぐグリップ戻っちゃいますから。そうなんですよ。And chase car just in a bit of a bonk there on the wheel. T ボンですもんね、だって。そうです、そうです。これ、ここからT ボンでしたね、今。だから振り出しで森選手も角度がもうちょいついてたら、多分待てましたね。振り出しね。つかなかったとこからが敗因ですよね。回し込んだから。はい、加納さん。5-1です。5-1山中。はい、高橋さん。5-2です。5-2で山中。はい、というところで。Something I should point out here too. You see how Yamanaka, after he got tapped, that was a pretty big hit there. He did stop. What he should have done was just try and kept that run going. Just to get it. Honestly, they would give him extra points if he did that. But that was a big enough hit to put him well offline. 全然乗ってないでここまで来るのも本当そうですよ。まあ俺の教えた通りですね。まあ多分教えてないと思う。What they call the furidashi or the flick. 人がいっぱいいるんですよねって言ってました。He just understeered on him and he ended up basically T-boning the lead この car. 中に高橋さん入ってますかって入ってませんって言うと思うんで。
後でげんこつだ。なんでですか。もう。So chase car 100% at fault. 笑っちゃいますね、小口さんね。In that, they were giving him しょうがないベテランですよね。 score of 5 to the lead car, 1 to the chase. 和やかにするために。ですよね。Having a bit of a cry there. そうですね。昨日も夜寝る前にほっぺたいっぱい引っ張いといて腫れちゃった。腫れちゃった。話してきたんですから。大きい方がいいから。学さんがいじりやすくなるために。大変ですよ、こっちはもう。さあ、入れ替えの2本目ということになります。戦いはまだもちろん真剣勝負続いてまいります。森吉美先行、後井山中真央2本目のスタートということになります。さあ、 Right, second run. This time, Mori with the huge disadvantage in the lead. So honestly, all Yamanaka needs to do, his name is Mao Yamanaka, all he needs to do is just keep a clean chase, and he'll win this. これはちょっと見すぎたぞ。ちょっと控えすぎたって言ってもいい。 And there you go over the finish line. So I think a fairly obvious result there. 山中選手、ただランク差があまり Yamanaka in the green S15 Sylvia is going to get the win here. 結果だけ言っておきましょう。ベスト8進出、山中真央です。 So a big understeer in the chase from Mori in the red Sylvia. 76.5 ですよね。Made it almost impossible for him to win this. So we have Yamanaka moving through to the best 8. 取られるぐらいな走りで多分上本さんは 77.5 にしたんだと。角度がやっぱり負けてる部分がちょっと目立ちすぎたかなと。森選手思いっきり言ってましたもんね、ちゃんとね。はい。でももうちょっとなんかやる気っていうか取りに行く気はなかったですもんね。今もうね山中選手はね安牌に行きました。さあというところで山中真央、ここはベスト8進出を決めて、さあ続いての対戦です。6位目、米内久人 VS 瀬戸大輔ということになります。さあここはまた若手、ベテランとはまだ言わないんですが、米内33歳、そして瀬戸大輔は29歳なんですが、今シーズン初ライツというところでいきなり名阪でいいところまで来たというところを見せつけました。3位と自己最高。 Alright, next battle coming up now. 3位、名阪で入れたという大阪出身の29歳。この瀬戸大輔が。We have Yonai in the 180SX versus Seto in the blue S15 we just saw there. He was doing that little, I don't know if that was a fist pump or a... He was pulling the horn on his big rig. I don't know. 誰だし、予選落ちしちゃったのかなと思って、ゼッケン探したら、なんで予選取ってんじゃんみたいな。そんなもっと堂々とやれよ。いわゆるライツルーキーですから。なるほどですね。1年生ですね。はい。なのにそれなりにねいい走りを名阪でも見せて、また今回ベスト16乗ったんですね。そうでも瀬戸選手の場合はガツガツとかそういうのじゃなくて謙虚なんですよ。そうですね。ドライバーが。そうですね。もう分かんないことも多いけど、アドバイス例えばしてあげるじゃないですか。はい、多分即実践に移していきます。そういうところを、ね、ニュータイプだ。はい、修正かけて、はい、やっぱりドリフトやってる人なかなかアドバイスしても修正できないじゃないですか。癖になってアジャストするのが大変ですからね。そういうことが意外とできてんだろうなと思う。Alright, everyone, as we get this battle going, just like to say welcome to the stream. That's right, we're streaming on the video option channel this year. So if this got recommended to you by the algorithm, make sure you subscribe to this channel so you don't miss another D1 Grand Prix stream. We'll be doing it in English this year at every single round. So this is the D1 Grand Prix Lights. We're only doing Lights in English today because it's it's a double round with D1 Grand Prix. So normally they do stream it, but it's not in English. But if you do want to watch the D1 Grand Prix streams, they will be in English for the rest of the year, including, and I'm really looking forward to this, the final round at Odaiba in Tokyo. Finally, we're back at Odaiba in Tokyo. That's going to be a good one. なるほど。まあ優勝する力ありますからね。持ってます。 So we're watching D1 Lights round 3 right now, and after this ends, there'll be a 30-minute break, and we'll be into round 1, the first round of the season for D1 Grand Prix here at the same venue on the same track. まあそうですけど、メガ選手の上行ってて、で途中からメガ選手が逆転してみたいなぐらいな。でメガ選手がチャンピオンだったという時もありました。
そのぐらいの選手で本当にさあというところでどうやらセットされました。それでは参りましょう。6組目、米内久先 So really looking forward to the rest of the year. Of course, I'll be doing the English commentary at all those rounds too. さあどういう戦いになるか。エンジン音が高鳴っている。今 They've been working on improving the stream here for D1 Grand Prix, so you should notice a few improvements here and there. All right, here we go. First battle between these two. Yonai gapping Seto on the entry. All the way to the wall. Great lead run from Yonai. Hits the zones. The switch back through the connector. All right, solid lead run for Yonai. これは 0.5 米内に持ってかれたと言っても仕方なし。スタートで曲がった時に遅れましたね。87ですね。そうです。87米内クリさん。87。87、やっぱり減速ですね。減速右直角入るけど減速と位置取りを失敗しましたね、瀬戸選手が。逆に言うと米内選手うまいですね。そういうとこね、ちゃんとしっかりとね。瀬戸選手が要するに減速かけざるを得ない、必要以上にかけなきゃ無理な状況まで自分車を置いていったんで。ちょっとあれは失敗ですね。多分ね、米内選手がフェイント来た時に瀬戸選手逃げたと思うんですよ、左に。そこで出遅れちゃったと思うんですよね。ここから見てる感じだと。なるほどね。はい。そこで曲がった瞬間遅れた感じ。そういったところもまだやってないですもんね。追走ここでどういう差になるか。直線であんだけ差が開いたらやっぱりそのよく追っかけモードってやつで。角度も要するにキープとつけていくこともできないし、要はもう常に見てれば分かるんですけど、アングルが負けてる状態。前を追っかけちゃってたもんね、どうしても。It's a great shot from our static drone of this track. Makes it really obvious where the cars are on the track and how they can, how they flick in and how they transition. So the judges just discussing their. Seto not really able to keep up with Yonai's lead run. Honestly, it came down to Seto unable to read the lead car very well. As a chase driver, it's important to be able to read the lead car and predict what they're doing and react to what they're doing very quickly. But Seto also gapping Yonai, but also running very wide there, missing that zone as Yonai starts to catch up into the final corner, door to door. Now Yonai, remember, cuts across the track there. Chase car can cut the track. It's okay for them to do that. And there we go, we have the winner is Yonai in the 180SX, knocking out Seto there in the blue. Nice and close to the wall there too, I gotta say. But just running a bit too wide. He was concentrating too much on the wall and not on the exit of the corner. And losing 0.5 lead car Seto for missing that in clip. 5.5 の6です。5.5の6。はい、ということで結局両方とも米内が持ってったというところで米内久人がベスト8進出。いや次のベスト8山中真央対米内、これはちょっと面白いことになりそうです。さあベスト16、7組目三好隼人とジェイク・ケイツ。さあオーストラリア出身のここもいわゆる25歳に近い27歳の若手ジェイク。 All right, next battle now. We have an Australian out there. これマイカーなんですか？そうなんです、マイカーなんです。これ。それをずっと日本に置いといて何年か前も名阪かなんか出て、そのカラーリングでいう限り中村選手の奈良に置いてあります。やっぱりね。そうです。やっぱり。So leading this first run is Miyoshi in the ER34, another four-door Skyline out there. Good to see. オーストラリア出身27歳。対するはベテラン三好。はい。 Then we have Jake Katz in the S13 Sylvia. So the story with this is he built this car a long time ago to use at Meihan and then had to leave it here for the past few years. I think we all know why. And now he's back and competing in D1 Lights. So Jake, 27 years old from Melbourne, Australia. どうなのかな、あのカラーリングみたいにやれるイメージになっちゃうんですよね。なるほど。カラーリング。
れ先入観です。それ先入観です。持っちゃいけないやつ。それ紫マジックやん。 So good job qualifying for the top 16 here. 審査員が持っちゃいけない。 Saying that these cars running a bit funny. Not sure if it's going to make it through. どうやらセットされました。 But all you need to do is just take one battle at a time. So first run, Miyoshi in the four-door Skyline will be leading this first run, being chased by Jake. Here we go, first run the entry. Jake diving in, Miyoshi right up against the wall. Miyoshi hitting that in zone, no problem, keeping his speed up nice and high. Jake going for another dive in. There we go, creeping up on the door of Miyoshi and over the finish line. All right, nice chase run, but also solid lead run from Miyoshi. 時間が短かったですね。割とスッと入った感じはあったんですけど。距離だけを That's about as close as you can get 角度まで揃えるとかちょっといまいちかなっていう。 without hitting right there on the entry. かもしれないですね。イーブンですか？イーブンです。あ、なるほど。77。はい。そして高橋さん。Looks like a very slight wall kiss there from Miyoshi. そうですね。ちょっとふらつきがあるんですよね。2ゾーンのところで。なるほどなるほど。 Right, so even score for that run. この辺りで What I can hear is 7 all. 来るんですけど、ここ角度ないですよね。ここ三好はちゃんともうねゾーン行か So な I きゃい think けない。 Jake, if Jake had a bit more angle in that chase, he would have possibly got a better score than Miyoshi. はい。角度揃えた状況で近づけることがさらに難易度が上がる。もちろんそうですよね。角度なければ絶対速度が速くなるし、近づきますからね。もちろんね。 さあというところで Of course, they want people to be close in the chase, but of course, if you have less angle than a lot less angle than the lead car, it's a lot easier to keep your speed up. So of course, you're going to be close. ということは三好これでも取りに行かなくてはなりません。そうですね。さあ三好見せることができるかどうか。もともとはもちろんストリートリーガル時代含め優勝経験もある。 Second run. This time, Jake in the lead, Miyoshi in the chase, and Miyoshi's right on his door. Jake hits that in zone, no problem. Watch Miyoshi switch back here. Is he going to be able to catch up with Jake through the sweeper as well? Oh, it's a solid chase run there for Miyoshi. Jake just barely keeping it on track. OK ですね。はい。ベスト8進出、三好隼人。 Nice fight there from both of these drivers. Jake did a good job in the chase, but Miyoshi, look at this, especially on the entry there. That's aggressive right there. And still gives Jake enough space to hit that zone and flick back. でもポイントは僕やっぱり飛び込みの位置、第一ゾーンに向けてのところ、男気ですよあれは。あの角度揃えたいい位置、あれ良かったですね。あれは今回いいですね。ね、三好がいいです。 Nice gutsy drive from both of these drivers. Very exciting run. 三好下手すると来ますよこれ。来ますね。さあいよいよベスト16、8組目、古賀重信 VS 武田和明、ベテラン九州。 And now next battle, the last battle of the top 16. ランキングも第3位というところにいる古賀重信の対戦相手は年齢は35ですがやはり若手と言っていいでしょうね。武田和明。 Next two drivers. 勢いのある武田和明。 In the 180SX, the green and white 180SX, Koga. And here in the S14, Takeda. ちょっと単走においては守りに入ってしまった緊張感があったということを武田言っておりました。本来の走りができれば十分にこのベテラン古賀に対しても勝つ可能性も持っているこの武田がどこまで勝ち上がってくることができるかどうかということにもなります。古賀選手やっぱり経験値高いし、そうですね、スピードもあって、で角度をつけることもできるんですよ。できるし止められるし、要するにうまさ持ってますよね。だから角度で有利な部分は多分古賀選手、武田選手のがそこまでのアングルは多分キープできないと思うんです。車両のパワーも含めて。そうですね。武田選手も戻せないっていうところもありますし、だからどういうふうにするかっていうところになってくると思いますけどね。そうですよね。でもカラーリング変えたんでなんとかいきますってわけわかんないこと言ってましたからね。ああ嫌いじゃないです。そういう選手嫌いじゃないですよ。かっこいいでしょって。
今時のなんかメルセデスのAMG のカラーなんだって全然わかんないんですけど、タービンを変えたんじゃなくてカラーリングを変えたらいけちゃう。それみんなカラーリング変えちゃいますね。気持ちですって走ってますから。でも武田選手も見た目ふわっとしてますよね。してましたね。さっき見たら本当に。はい。確かにね、ちょっとふわっと系の男ではあり Come ます back け to ど。 the start line, the staging area. We have these two drivers. Koga will be leading this first run. Green and white 180SX being chased by Takeda in the matte grey. S14 Sylvia. Sort of a gunmetal grey. まずはベテラン古賀、どんな先行もう関係なくこの辺りは自分の走りをしっかりと仕切るというところ。 There we go, first run. Koga in the lead. Nice lead run. Hits the outer zone, inner zone. Takeda slowly catching up with him. On a big understeer from Takeda. He lost his drift. Suddenly lost it. 古賀もちょっとコースがありましたけども、これは 0.5。しかし武田のは大きなミスいうところ、近寄って飛び込むところがポイントはあったと思いますが、ここでの大きなミスが出ました。高橋さん。はい、85なんですけども、古賀さん 0.5 引いて 7.55。あ、なるほど。7.55。はい。そして6.5、と 4.5。6.5、4.5。2.5 の差が大きな差、古賀重信に入りました。まっすぐだもんね、ここね。はい、やっちゃいました。左切ったもん。なんかこうなるのが神本さんちょっと見えてなんか待てないとか言ってましたよね。まあそれもあるし、でも多分最初のスタートはちょっとね、故意に開けに行ったとしてもやりすぎ。でも失敗してるんですよ、多分。最初のスタートして下る右のとこまでは失敗してますけど、全開で右曲がってきましたからね、武田選手。Let's see from this top angle, just a bit too much angle. 当たるんじゃないかと思いましたけど、あれすごかったですね。とにかく飛び込み Takeda threw it in hard behind Koga, このスタートでここまで離さな but かっ just た didn't have the speed to back up that flick. 変なガッツっていうか、変な Because these cars all set up for grip, you'd think they'd be set up to be easy to slide around. They're not. They're quite difficult. And can bite back if you don't feed them enough speed. Takeda sort of resigned to the fact he's probably going to lose this, but he does have a lead run now. Of course, it is just as possible for Koga to make a mistake in the chase. そしてシグナル消えてスタートしていく。さあ、まずは All right, here we go. Second run between these two. Takeda lead car with a big disadvantage. Doesn't mean the chase car doesn't still need to fight. There we go. Takeda going in that time with a lot more speed. That's the kind of speed he needed. Oh, and he lost his drift again, though. Takeda lost the drift again on that transition towards the finish line. You can see he straightened up. That's a shame. That's an otherwise good run. 結局逆転にはならないところではありましたからね。はい。非常にいい先行をしておりましたけれども、途中ミスマスの部分がありました。あのまま走り切っていれば武田がちょっと取れていたというところ。Flicks it back. So here's the speed he needed for this flick. はい。しかし武田最後に Very short time on the handbrake, wheels spinning almost immediately. はい。最後ね。 But watch this, right there, straightens up, has to steer into the corner for a split second, then kick the rear end out again. So unfortunately, the winner of that battle, well, unfortunately for Takeda, the winner of that battle, congratulations to Takeda, sorry, to Koga. Koga in the green and white 180SX gets the winner, moves through to the best 8. 走らせられないんじゃないですか、逆に無駄にかけないから力がなくて。さあベスト8が出揃いました。いよいよここからの戦い、ベスト8の一組目から moving straight through to the best 8. We're about to see our first battle. The green A86 turbo of Kondo versus the highlighter yellow S15 Sylvia of Jino. これも結構上位陣がしっかりと残っている他の選手以外か。まあでもね、もう読めましたけどね。あ、
そうですか。はい。あら、あれ得意なやつ？得意なやつ。全然当たんないやつ。全く当たったことないやつ。 So what's interesting about that battle tree we just saw there? Every single battle except for Tamura in S15, every single battle, the lead driver in the first battle won. Which is not unusual because the leader of the first battle is always the higher ranked driver from qualifying. So when they make the battle tree, the driver who is ranked higher always goes first. So I guess it makes sense from that perspective. Just an interesting result. It's to be expected, to be honest. 本当に。いよいよベスト8、ベスト進出をかけて近藤義道、そして神野俊之、またここはグリーンのマシン同士の対戦ということにもなります。近藤義道86ターボ、さらには神野俊之 S1 号シルビアでのさあベスト4進出をかけてベスト8の1組目。近藤はまだ先ほど勝ち名乗りの1本しか行っておりませんので、ここからが最初の追走ということにもなりますが、神野は田中紀明を破ってというところで、さあこのまま神野今シーズンを考えると一気に勝ち上がっていきたい。現在ランキング7位の神野俊之です。近藤義道もライツの中ではいろいろ伝説をね作ってはきましたけれども、とにかく横転全損状態のマシンを修理して今なお使っているこのグリーンのマシンの AE86 でもその分最近ちょっとトラブルもいろいろ出て、名阪もちょっと走れなくなったりとかこの間ねありましたんでね、だいぶトラブルも出てきた。だいぶやっぱりボディも古いんでねそれは出てきますよ。去年か一昨年名阪でだいぶ腹下めした人ですよね。ひっくり返った。そうです、そうです、名阪で、はい、ほぼ全損状態。よく見てるでしょ俺。はい、それ直したんです。もうあれ普通直さない、普通だったら直さないって言ってましたけどね、みんな。そうで直して持ってきて車検落ちて出れなかったらラウンドだったんですよね。そう出れなかった、そう尾北だったかな。直ってねえじゃねえかって言われて。そう本当これ無理ですって言われて、車検落ちも受けてますからね。そうじゃあ全て経験してるんですね。そういろんなことを経験してますよ。ドリフト業界で。はい、すごいですよ。じゃあ強くなりますよそういう人は。はい。なんでも勉強ですから。だいぶ強いですよね。だって49歳ですから。もう本当。俺じゃ友達になれそうな世代ですね。そう同じような、はい。49歳じゃ見えないですよ。見えないよね。そうだね。うん。確かに。それは上？下？下に見える人。もっと若く見える。全然若く見える。鳥取なんですけどね。そう。Alright, here we go. Let's get into the best 8 here at D1 Lights. ベスト8の1組目。Kondo in the right lane, a turbo A86 leading this first run against Jino in the left lane. Highlighter yellow S15 Sylvia, 2JZ powered. Ready to go, first run. Jino washing out there in the chase. Oh, lead car there, Kondo. Oh, just barely over the finish line. Jino, it's not DOS. You don't need to try and cheese the extra points at the end. Right, let's see what happened here. So lead car, Kondo throws it in, good angle, starts to get even more angle, there we go, and yeah, that should be okay for the lead car, but right here, see, Jino is on the handbrake for a long time. It's probably just him trying to get the rear end to step out again, or stay out. さらには先行が本当だ。Of course, as the lead car, Kondo is not really aware of what's going on behind him that much. He can see Jino's there. But maybe he didn't know that Jino had understeered on the first corner.
まずは今の判定、もちろん神野のミスは非常に大きいところ。近藤はもしかしたらマイナス 0.5 ランク。それ今報告した。さらにワンランクダウンが何か入ってる。ゾーンですよね。はい。ゾーンとコースアウト。はい。6号で近藤。はい。そして国さん。5.55近藤。5.55。もっと陣野が大きく離されそうだったんですが、第1ゾーンと、第4セクター、このコースアウト、この2つ、第3ゾーン近藤が引かれていると、いうところ。そうですね。それでもまだ近藤が持ってます。はい。もちろん持ってっている。さあ、それでは入れ替えの2本目参りましょう。Get back to the start line. 地域先行、後追近藤義道と。This time, Jinno will be leading. He's going to have a disadvantage after that first run. 来るのかどうか。そしてどうやらちょっと雨がですね。何か雨が。Let's see. Does the A86 落ちてきたとい still have う it? 情報もありますが。さあ、陣野が行きます。陣野が行きます。 Here we go. Next run. そして後ろから近藤がちょっと離された形になっている。陣野が思いっきり振る。陣野が思いっきり振っていったところ、近藤が角度がない状態。Jinno running pretty wide. There's he manages to get it back in and hit that zone. Kondo though not managing to keep up with the lead car. これはちょっと離れた。これは先行が持ってったということになりますが、 That was a decent gap for the lead car. Surprisingly big 先行 gap. が走りとしては良かったんですが、その分ゾーン1外しでちょっと相殺された感はありますかね。たださらにちょっと近藤が離されすぎたかなというところがあるんですが、 6.56 で陣野、 6.56 で陣野、そして Getting a slight advantage to Jinno for this run. 1セクター、1ゾーンを外してなかったら76でしたね。はい。ということは、でも決定で大丈夫ですね。はい。ベスト4進出は近藤義道ということになります。かろうじてという感じではありますが、近藤が角度がないんですよね。そう、今のはなさすぎだね。今のはワンランクダウンでもいいですよね。Okay, let's have a look at this. So the winner of this battle, Kondo, is actually Kondo in the A86. But watch this. What they're just saying there. Watch the lead car. Watch the angle of the lead car. They said it was very low. 陣野の方のいろんなミスが大きいかなという感じの2本でした。さあ、ベスト8の2組目、そしてその間ちょっと I can see that, especially on the first half of the course. 細かい何か。ここからはね、もう本当こっちもね、路面状況見ながら。So it's not a bad lead run there, but just overall that mistake from the first run just maybe the thing that cost him that run. 雷？違いますよ。6号と 5.55 で、はい。0.25 じゃないですよ。Oh, did it start raining? はい。It did. It finally started raining. はい。大丈夫ですか？ What time is it? It's currently 11 past 1 in the afternoon. And there was rain predicted for today. I thought it was going to come a little bit later. なるほど。そうですね。はい。そうだ。なるほど。ちょうどその計算では 0.25 の差。これサドンデスですね。はい。これ今決着としてはどうやらですね、あまりにもその天気の方ばっかり気にしていたところで、ちゃんと計算がどうやらできていなかった。もう1本ですね。はい。さあ。合計の差が 0.5 で平均で 0.25 ですよね。はい。じゃあベスト8失礼いたしました。どうやらこの戦いはもう1本ずつと。It looks like actually they added up all the scores and they made 100%. Looks like that previous battle is going to be a sudden death battle. どうやら 0.25 の差、ゼロなんですけども、はい。See, we've gotten so used to the DOS system where it's like, here's the result, and you don't have to add anything up, whereas they had to add up all the results there. So I think we're going to be seeing a sudden death battle because we are in the best 8. In D1 Grand Prix, we don't have best sudden deaths
in the top 16, we have it from the best 8 onwards if we have an even score. If in the top 16 we have an even score, it comes down to who had the better lead run. And if those are even, it comes down to who had the better qualifying score. And if they have even qualifying scores, it's who had the better second qualifying score. And if those are even, well, I'm not really sure. Maybe they flip a coin because it's never got that far before. I'm sure there is a rule for it. I just don't know what it is.さあどうやらですね、次の対戦ですね。サドンデスはその後に回しまして、次の対戦はもうセットされているというところなので、野村圭一、田村健太。Kondo and Gino, honestly, I would like to see a bit of a better battle between these two. 先に行きたいと思います。今一旦ピット両方ホットピット戻っちゃいましたからね今ね。はい。ちょっとピット狭いですからね。はい。帰ってこれないですよねなかなかね。さあ。じゃあノムケイとタムケンですね。Chat says sudden death. Has that gone through legal? I believe that's what they don't call it sudden death anymore. They call it a. What did they call it? I think in D1 Grand Prix we changed the name for it. It's not sudden death anymore. It's. Oh, I forgot because nobody calls it that. Everyone just calls it sudden death. Hang on. I need to look it up. Extended. That's right. Extended. We call it an extended battle. I think they tried to make that stick, but it didn't work. It's a sudden death, you know, it's a sudden death battle. Call it that anymore. 上本さんの一番当たらないやつ。しといた。はい。なるほど。今のところ残ってますよ。今のところね。いや今はねベスト4に上がれるかどうかの問題。僕はもう外れちゃいました。早いな。Chad said it's a pool noodle duel. I guess you could do that. I guess probably in Japan they just do rock paper scissors. If it came down to it. そうですね。本当に。重聴取しときましたよ。はい。しといてください。後で教えてください。はい。もう。今フェイスブックでpretty fair way to decide something. 来ました。どうやら。はい。はい。ウォーミングアップから入る。はい。入りたいと思います。さあ野村圭一、田村健太、まだウォーミングアップからベスト8の2組目、ベスト4進出をかけて。Alright, so it seems for now we're just going to be moving forward with the next battle of the best 8. So this is the winner of the previous battle with Tano, Nomura, and he's up against the winner of the previous battle with Miyazato, Tamura. 実はですねこのマシーン。So it's Nomura versus Tamura. もう壁にね思いっきりクラッシュしてほぼ本当に全損かと思われるぐらいな大きなるねクラッシュをして持ち出して。Should say here a little bit of a Japanese lesson here. Mura in a name means town. So it is a fairly common part of a name. いうところで、Imamura, Murayama, 寸法だけ全部合わせたらしいです。 Nomura, Tamura. どっか歪んでるのはもうそれぐらいがいいんじゃないですか。逆にいいかもしれない。大体そうかもしれないですよね。とはいえ本当にねいきなりの練習からの大クラッシュというところ、はい。野村圭一、それを超えて単走からなんとかツイストに残り、そして先ほど念願だった田野裕樹との対戦で、No, not pound. Town. そうです、勝ちを収め、願いが叶ったんです。Town. 田野としては多分ね、どっちかというとボーナスぐらいで考えていたんじゃないかなと思うんですけどもね。Nomura, no town, homeless. No, it doesn't mean that. No, the Nomura in the no in Nomura means field. So field town, and actually Tamura means rice paddy town. So they're both fairly sort of countryside names, honestly. さあエンジン音が高鳴って今両者がスタートしていく。さあベスト4進出をかけて。 Alright, here we go. Next battle. This time Nomura is leading this battle in the R34, being chased by Tamura in the S15. Sylvia, here we go. First battle. Out to the edge. Nice lead run. But Tamura right on the door of the lead car. Look at this dive in there. Right up against the front wheel. Here we go. Here's some action.
Nice aggressive chase there, as you'd expect from a purple to pink fade S15, honestly, with fluorescent wheels. That's the style of that. Anyone who drives that kind of car is going to drive like this. Oh, and getting a 1.5 point advantage there from to the chase from at least one of the judges. Solid lead run from Nomura though, but this chase here from Tamura. Great stuff. Watch him set it up here. Waits for the flick back. He's already flicking in the chase and dives straight in there. Slams on the brakes. Gets it settled back on the accelerator almost immediately. Bit of handbrake, bit of accelerator, just keeps it right there. 本当にちょっと2ランクまでいかなかったらちょっと角度がねちょっと甘いのかなっていう Killer Kansai style there from Tamura in the chase. 見事なこの後追いのコントロール術。なんかこのカラーの人たちが本当によくやるね。日頃こういうことばっかやってるんですよね。本当ですね。さあ大きなアドバンテージを取りました田村健太。ベスト4がちょっと近づいていきます。しかし野村圭一今回こそというところでまた一歩この上。まだベスト4に勝ち上がったことはありません。前回の名阪での5位というのが今までの過去自己最高位。これを勝ち上がって自己最高位を更新していきたい野村圭一。しかし田村張りの今後追いを見せつけなければ勝てないというところ。同等のものは2ランク以上のやっていかないと。2ランク以上。 All right, looking a bit rough here for Nomura now in the chase. He's going to have to match that chase run of Tamura. わからないですからね。田村のミスが出たりもしますからね。わかりませんからね。はい。野村さん。さあセットされました。それでは参りましょう。田村健太先行、後追い野村圭一。さあこの入れ替えの2本目。エンジン音が高鳴ってシグナル赤転倒。そして消えて今スタート。さあ両者がいいスタートを切っていく。 All right, here we go. Second run between these two. Massively aggressive lead run. All the way to the edge. And here we go. Is Nomura going to be able to catch up and dive in? He's being left behind by Tamura. He starts to catch up and collides. Tamura slowing down suddenly though. I don't think you can put that crash all on the chase car. The lead car did look like it slowed down. So here we go. Tamura going for this deep entry. Hits the outer zone. Nomura in the chase, the skyline right there with him. Chase car starts to fall back a bit. Watch this lead car. Watch the lead car here. Tamura takes a good line into the top part of the track, but watch this right here. You can see he was already steering into the corner. The car had already lost power. And there you go, the winner of that battle in the R34, the ER34 I should say. Chase car, Nomakin Jr. Keiichi Nomura. トラブルで結局フィニッシュラインを越えられないってことはですね、So honestly, I think though if the lead car Tamura was able to complete that run, would have been a pretty obvious win for him. But unfortunately, some sort of car trouble there. So Nomura gets the win. フィニッシュは越えられなかったっていう判定ですね。というところで、これはクリスさん多分なんか駆動が抜けちゃいましたね。抜けましたね完全にね。はい。だから走ってたから、多分ドラシャだとかミッションのどっちかでしょうね。でもガラガラは言ってなかったからね。そうですね、ドラシャっぽいですよね。はい。さあというところで自己ベスト更新。Okay, this is a one more time battle between these two, Kondo and Jino.
さあ野村圭一、 It looked like the Kondo had won, but we made sure of the score, checked all the numbers, turned out it was an even score between the two. Got to say, it's fairly lucky for Jino here in the highlighted yellow S15 Sylvia. 近藤義道、そして神野俊之の対戦はサドンデスということになり、さあ今野村が先に勝ち上がったところを決めて、その対戦相手近藤か神野か、どちらの対戦かというところで、今ウォーミングアップを終えて戻っていこうというところ。さあいやー、やっとベスト4まで野村が上がってきた。さあその対戦相手は神野なのか近藤なのか。そうなってくるとこれ金本さん、野村の決勝もうどちらか分かんないですけど、今回はなくて、さっき野村選手の後追いの、飛び込みは距離はねそんなビッタビタじゃないんですけど、角度の揃え方は、多分技術的にはかなり高い。ありますよね。本人にかなり気持ち乗ってんじゃないかなと思う。ってことはこれ一気に初決勝までがある。Chat says, so does Nakamura mean Central Town? Well, I mean, who's the Hollywood star, Kate what? それでは参りましょう。ベスト8の一組目。ここはサドンです。近藤義道先行。後追い神野俊之。まずはサドンです。1本目のスタートです。I'll leave that question with you for now. Here we go, sudden death battle between Kondo and Jino as the rain starts to come down lightly. Kondo, nice lead run, he hits the outer zone, comes in, hits that inner zone. But Jino's right there with him, he needs to back off slightly to allow the lead car to transition. Kondo lead car goes in very deep and out wide, giving Jino time to catch back up. There you go, Mazda Roadster got it. Yeah, Middleton. So Nakamura is like the Japanese version of Middleton. There you go. そうですね、返しのあれはちょっとね、あれはコースアウトと考えてもひどいですね。あそこまで行っちゃうと、そうですね、後追いにはね緩和されるところはありますけども、自由度があるんで、あそこまで行っちゃうともうちょっと行けば戻らないですけど、戻ってしまうぐらいのところは入ってるんですよ。That's a ambitious place to be for Jino in the chase, waiting that long to be up on the door of the lead car. That said, though, here at Okuibuki, it is just a flat track, and the chase car is allowed to cut the course. So it's not a terrible strategy, but it means you do have to transition very late, which can allow the lead car to get away, which kind of did there. 得点があまり良くないんで、ランクが6とか 6.5 ぐらいしかいかない。いけないみたいな。さあ。これで今もちろんもうねサドンデスは1回だけということですから、まだただ大きな差がね。まあでもね神野選手、今年はいいんですけど、Gino looking a little bit excited there. あそこだけですね。抜き差しのところ。He got his second chance. あそこでもまた一番難しいところでもありますけどね。難しいところであるんですけど、ちょっとね。立ち上がった時に右サイド、近藤さん右サイドにずっと引っ張りすぎましたね。もう少し早めに引いていったらよかった。そうでしょうね。さあというところで入れ替えの2本目参りたいと思います。神野と地域先行、後追い近藤義道。さあどういうことになってくるか。近藤がsecond run now between these two. エンジン音が高鳴って今 This time Gino in the lead. さあ神野が先行。もう神野は思いっきり行くしかない。それに対して今度ちょっと離れているぞ。さあ神野がいい振りだ。Oh, nice entry, solid line for the lead car. This is a walk from Gino, but he's running very wide. Oh, he just barely makes it. Well, Gino found the groove apparently. これはどうやら若干先行と言ってもいい。もちろん76で神野。はい、76で神野。はい、そして76で神野です。76 It's a chase run from Kondo. As a solo run, good, but it just wasn't anywhere near the lead car. そうですね。はい。逆に神野ということになります。そして栗さんが。俺行ってこいですね。行ってこいで同点で、そしてもちろんこれでサドンデスは1回こっきりだということで決定。
決勝進出、ごめんなさい、ベスト4進出は神野俊之ということになります。All right, so winner of that battle in the highlighted yellow S15 Sylvia, Jinno moving through to the semi-final against Nomura in the ER34. もう全然なんであんなに遅れてスタートするのかが分かんない。余裕かましてました。All right, we're halfway through the best 8 here for round 3 of D1 Lights. Our two drivers, Yamanaka in the S15 Sylvia right there, and in the 180SX, Yonai. 違いありますよね、前走者の時の。近藤選手、そこが実は固まってない状況で、ちょっと内容的にも不十分というか、うまくいってない感じで残ったんですよね。やっぱり神野選手の方が角度もあって、ずっと踏めているところありますよね。さあ、神野が勝ち上がり、これで野村圭一との対戦ベスト4。さあ、もう一つのこのベスト4は、まず山中真央対米井千怜。いや、これは面白い対戦。現在ランキング1位と2位がここで対戦することになります。そしてこれだから勝ち上がっていくと、またここでこの第3戦でトップが変わってくる可能性がある。逆に今ランキングトップの山中が勝ち上がっていくと引き離していくということにもなってまいります。今現在ランキング1位2位がこのベスト8の3組目で対戦することになりました。さあ、どういう走り、それぞれやはりなんか違いもあるし、うまさの違いもありますからね。山中、そして米井、しかしどちらもうまいというところ、そして強いというところを含めると、栗さんね、ちょっとどういう走りになるのかは。米井選手、結構こう恵比寿で見てると、うまいんですよ、追走が。そうですね、とにかく追走は遠い、やっぱり早くも走らせられるし、もともとチームオレンジ出身ですからね。末永選手とよくバチバチやってますね。さあ、というところが出るかどうか。 So this is a battle of the current first and second place points holders in D1 Lights after 2 rounds. Yamanaka leading this run in the S15 Sylvia, currently sitting in first. Yonai in the chase, currently sitting second in the points. So I think both of them realize that this battle right here could have a big effect on the championship. Yonai doing everything he can. Every corner, Yonai in the chase, attacking the lead car. いやー、相当に今飛び出しそうだった山中真央、かなり失速気味で旋回していったところをよく米井が lead run, Yamanaka going very aggressive. Yonai slow to angle, didn't get a whole lot of angle in the entry there. However, for the rest of the run was like this. さあ、どれだけ取っていったか。 Strong attack on the lead car of Yamanaka. さあ、山中真央、先行は遠い米井。さあ、相当距離的には行きました。ただ速度差がちょっとあったところで、だいぶ米井が踏ん張って待たなきゃいけないところもありました。まだ今どれだけランク差つけられるか。今審判員が審議中というところではありますが、見た目では米井も相当いいところありという感じ、ギリギリ踏ん張った感じもありましたけれどもね。さあ、どれだけ後追いが取れていけるか。ワンランクは Absolutely working the hell out of that wheel. とね、小口さんね、思うんですけどもね、分かんないですよね。はい、さあ、まだ審議している。ある程度取れたには取れたとは思います。それがどれだけ取れたか後追い、どう取るか。はい、高橋さん。8.5。8.5、0.5 だ。8.5米井。はい、そして神本さん。7の7.5です。7.5。両者ともに。We're getting
終始距離は近くにはいるんですけど、 0.5 advantage 角度のズレ to と from most of the 前に judges 引いたり to す the るっていう chase car 行為の to 角度がずれ Yonai. たものっていうのがもうこっちの見ててちょっと取れる部 Here we 分が go. 多 So すぎ watch て the chase car. So the judges are giving a bit of an advantage to the chase. なるほど。 And watch this. まあ確かに山中選手 He didn't have the amount of angle at first, but quickly got there. 速度調整は難しいところ。距離感に関しては常にいます。はい、だけど、はい、こう角度のズレが目立ってしまっている部分があるんですよ。なるほどね。なんか同じ角度でいい状態でアクセル踏んで立ち上がってない感じに見えちゃいますね。0.5 というYonaiでした。Getting past the front of the lead car. Yonai 先行は遠い山中。さあ今度は山中が取り返さなくてはならない。まずYonaiが 0.5 は取っていった。しかしこれでは大きな差ではない。 And here we go, second run. This time Yonai in the lead. He has a bit of an advantage going into this battle. Well, leaving Yamanaka behind. Whoa, Yonai right up against the wall. Hits that zone. He's going for speed here. He's trying not to give Yamanaka a chance to catch up. Oh, and what a great run from Yonai. He planned that perfectly, executed perfectly. He knows it. 決定ですね。取れてませんもんね、クリさん。7です。7そして同じくです。7ということは決定。ベスト進出。All right, so we have the winner there in the lead in this run as he skims the wall there and that chalk dust goes flying up. In the 180SX, Yonai knocking out Yamanaka and moving through to the semi-final. 十分に出てまいりました。さあ、Yonaiがベスト4、3人目の座仕留めました。その対戦相手は続いてのベスト8。That was a well-executed run there from Yonai. 重信の対戦、ベテラン同士の対戦。この対戦勝った方がYonaiとの対戦ということになりますが、さあまずはウォーミングアップ。 ER34 三好隼人、そして180古賀重信。今日は単走から含めてもとにかくいい走りをしている三好。なんとか一気に勝ち上がっていきたいというところではありますが、さあこの三好が久々にベスト4まで勝ち上がってくるのかどうか。この両者の勝ち上がった方がYonaiとの対戦という。 All right, last battle of the best 8 here for round 3 of D1 Lights at Okuibuki. We have Miyoshi in the R34 versus the 180SX of Koga. わからないという形の中で今ウォーミングアップを終えてまたスタート地点に戻っていきます。ベテラン同士の対戦です。三好対古賀重信。もうどっちが勝つかは全くわからない。この1本目次第でどうなってくるか。まず1本目は三好。 ER34 が先行です。後追いで古賀重信。180。どれだけこの古賀が後追いで取れるかどうか。しかし今日三好本当にミスがなく、昨日の単走からいい角度をつけた走りを連発しているというところに対してのこの古賀がどういった後追いを見せるか。さあそれでは参りましょう。ベスト8、4組目三好隼人先行、後追い古賀重信。ベスト4進出をかけてまず1本目のスタートです。 All right, here we go. Next battle. This time the R34 is leading this run. The four-door Skyline. Good to see one of those out there. And Koga in the chase, 180SX. Koga matching the angle of the lead car. He's doing a great job in the chase. Oh, Miyoshi just struggling to keep it on track. Oh, Miyoshi almost going off at the top part of the track there. Still doing a great job. That said, though, Koga matching his angle throughout most of the track. しかしこの辺りはどうやらオンラインというところでしょうか。さあそし
It's a fast entry from Miyoshi. Watch this, Koga right there with him. Same angle. Same angle. Same angle as they flick back. No big dive from Koga. マイナス2ランクのダウンが入りということで、高橋さん。7-4で三好。三好選手、はい。3ゾーンで。コースアウトしてます。Oh, he did go course out. Okay. So unfortunately, Miyoshi, the lead car, the R34 at the top of the track, that big long outer zone towards the end of the track, he actually went off. The lead car has to keep all 4 tires within the white lines on the track. 入れ替えの2本目ということになります。小賀重信先行。後井三好やと。さあ三好、アドバンテージを大きく取っている。さらにもうこの後追いでも取っていこうというところ、今日の三好乗れているはず。さあ古賀に対して second run now. This time Koga in the lead. He has a points advantage over the chase. This is Miyoshi's last chance in the chase here in the ER34 Skyline. そして同じ角度来ている。同じ角度来ている。さあ三好がここから力を抜いてきた。さあそしてスーッと goes for a big dive. Koga keeps it on track, on line. Miyoshi cuts there. That's okay. They were allowed to do that as the chase car. And unfortunately, はい、77です。はい。たまには気が合うじゃないですか。はい。やはり77イーブンですね。やっぱりね、角度が合わないね。合わなかったですね。距離ももう一歩ね。もう一歩、はい。どっかで欲しかったですね。さあしかし1本目のこの走りにおきまして、どうやら三好がね、大きな差を取ってましたから、ついになんかベスト4久々ですね。本当にね、はい、やってまいりました。さあというところでベスト4が出揃いました。ベスト4の1組目、陣野俊之 VS 野村圭一。Hang on, who went off before? Was it the other way around? Okay, well Miyoshi won that. そして気がつけばランキング上位陣は今米内だけということになります。ですから今ランキング11位の野村、さらにはランキング7位の陣野、こういったところがどちらか野村か陣野かどちらかが決勝に上がるわけですから。My bad, I misheard that. シリーズランキングも相当上の方まで。There you go. Miyoshi won that one. So does that mean we could potentially have an R34 battle in the final? It's not impossible. It could happen. 1個残ってますよ。なるほどね。そんな2個も3個も選ぶなよ。じゃあ右の山と左の山で。ああ、なるほど。なるほどね。国焼ももう外れてますから。でも1個残ってますよまだ。いや外れなんだよそれで。あ、書いちゃってるからもう。ダメだよ。ダメだよ。優勝じゃないの？違うのよ。何を書いちゃって何を書いちゃってんですかあなたたちは勝手に。本当にやめなさいよもう。さあまだこの決勝進出をかけてベスト4の戦い2組。陣野対野村、米内対三好。ちょっと分かんなくなってきました。ですね。はい。これ分かんないよ。はい。なんか野村選手がいい気がする。いい気が。ちょっと待ってやめて。上本さんがそれフューチャーすると野村選手ダメになっちゃうような気がする。僕ね、じゃあ僕言っていいですか。もうね、ER34 同士の対戦って決勝ないっすよ。それ希望ですよね。Okay, we are down to the final here. Sorry, semi-final for round 3. We have Jinno versus Nomura and Yonai versus Miyoshi. だからもう野村戦って言わないで。俺今言っちゃったから、学さんの希望が俺のその悪いのも上回るかどうかっていう。なるほど。いや圭一かわいそう。いやそっか、俺も言っちゃったからこれでダメかな。まだ分かりません。ここは陣野、もちろんね初の決勝進出かけてなんとか陣野にもチャンスがあります。陣野前回名阪で初めてベスト4まで来ましたからね。はい、だからこの上は一歩まだないわけですから。なるほど。はい、なんとしてでも陣野も初の決勝、もちろん野村圭一も初の決勝進出かけてお互い意地の張りですね。That's our first battle here, Jinno versus Nomura. S15 versus ER34. It's a bit of a classic D1 Grand Prix style battle, I think, here in Lights. That's the editor of Driftengoku, Kawasaki, right there. I think he knows the camera's on. 全然今いいタイヤ入ってますからね。そうなんですか？はい。
点々点のやつですか？いやだから D1 のタイヤですよ。点々点のやつですか？ベータ02ですよ。なるほど。はい。ダンロップパワーが効いてるわけですね、じゃあね。一気についていけるって言ってましたから。はい。だから他の選手とやるのが楽しみだって言ってたんです。なるほど。はい。今一番いいとされている東洋のタイヤに対してどこまでついていけるかっていうのがやりたいということを言ってたんです。じゃあこれも自信につながってるわけですね、今ね。はい。あれ、これは来ちゃうんじゃないですか？わかんないね。あんま言い切っちゃわない方がいいよだから。来ちゃうんじゃないですか？そういう情報が入ってくると。さあ。あれ？今ウォーミングアップを終えてセット完了。さあそれでは参りましょう。ベスト4。Here we go. First semi-final battle. The winner of this will go through to the final. We have Jino in the lead in the highlighted yellow S15, being chased by Nomura in the skyline. Here we go. First battle. We go the entry. Big angle from the chase car. Big speed. Lead car running wide. He's going to get a penalty for that. It's looking really good. This is a good chance for the chase car to win this. Just needs to get that angle, get up closer. Oh, interesting run there between these two. Jinno versus Nomura. Let's watch this. The entry here. Jinno putting down all the speed he has. Nomura also. Huge angle. Look at this entry. That was a little bit closer. That is to be almost a lock. However, Jinno there missing that zone, carrying too much speed, not setting his car up for the middle section for the connector. ただそのマイナス減点が 0.5 あって77。海本さん。6.5、6.5。6.5、6.5ということは同じですね、ここも。はい。走りとしては若干陣野の方がいいと。Nice run from both of these drivers, just not quite close enough, I think, for the chase car to make it definite. Look at that angle there, flick to angle. 圧倒的に負けるんですよ。なるほど。そう、あれをねやっぱり攻略していかないと。一緒に行くか。Nomura 100% racing like he wants to win. そうですね。だいぶずれちゃいますよね、どうしてもね。距離が詰められなくても角度は揃えておかないと。逆に言うと後追いが相当難しいんですね、そこね、3コーナーってね。やっぱりさあというところでイーブンです。イーブンですね。1本目。Alright, so even score overall. さあ入れ替えの2本目これで決まるかどうか。 For a chase that was that far away, that's probably the best result that Nomakin could have gotten. Sorry, Nomakin Junior, Nomura could have gotten for that chase run. Alright, here we go. Let's see, is Jinno going to get over aggressive and lose this? Is Nomura going to put down an amazing lead run? Here we go. Second battle in the semi-final. It's looking good so far for the lead car. Nomura hits the zones just like he needs to. Flicks it back. Is Jinno going to get up closer? There he goes. Oh, this could be enough for Jinno. Jinno in that chase run, absolutely 100% closer than Nomura was. 第3セクター、3コーナーに向けてのアウト側。ちょっと Still ギリ very ギリのと nice ころ。 lead run from Nomura. Look at this. はい。この辺りはどうや Right ら through オンラ that イン。 zone, hits the second zone. 後追いとしてはどうでしょう。最後は寄った chase car not very close 微妙なところではありますが、それで取れたかどうか、角度はどうだったかというところになると思いますが、金本さん。It's a pretty good match of the angle, though. He wasn't understeering. He wasn't getting low angle to try and catch up. He was matching the angle of the lead car. All right, here we go. Great shot from the drone. Look at that. Almost identical angle all the way around. 良かったとは思う。全体的にもうあとちょっとずつ陣野が寄ってれば。Yeah, not bad there from the chase from Jinno. ここですね、今。一緒なんだもんね。So first run, even score. Second run, was that close enough to give him a little bit more in the points? 高橋さん。6.5、6.5。いやー、ということは決勝進出をかけたこの戦い、スタートです。もう一本ずつです。We're going to see one more battle between these two, an even score from both of the runs. では決まらなかった。決勝に行くのはまだわからない。
さあどちらも行きたい、そして絶対負けられないこの大事な戦い、セミファイナル1組目、もう一度陣の先行は遠い野村から。野村選手、前に行った時ちゃんと単走した方がいいですね。なるほど、前の時の、入れ替えた時、2本目の時のそこら辺 So と Nomura in the skyline, probably driving the best he ever has. した方がいいですねって、それは自分はしたいけど失敗してるだけじゃないですか。そんな別にそうすれば減点されないので、したくないからしないわけじゃないですよ。今のもだからそうですね、ちゃんと丸く走ってくれれば7対 6.5 で俺は逆に野村選手につけたんですね。なるほど。でも単走があんまりいけてないし、陣の選手もあんまり入ってないから。なるほど。若干飛び込みから見てても先行で逃げ切りモードの走りに、逃げ切りモード、あとゾーンで減点されたくないから通過するスタイルがダメなんです。もっと楽しんでほしいです。まあでもね、それお互いにありますよ、この両選手にあるね。ちょっと入られたくない感じって出してるし、そういうところを見せるし、で今度追っかけるときはどうしても追っかけモードっていうのはどっかで入ってきちゃうし、まあずっとここ1年2年ぐらい言ってるんですけど、先行で単走よりか角度を大きく走れっていうのが D1 の基準なわけでもあるわけですよ。そうですね。そこって。で角度を大きくして走って後ろが角度がなかったらポイントしませんよって言ってんだから、先行で別に追いつかれても角度つけといた方が絶対有利なんですよ。そうですね。でも選手は逃げたいわけですよ。であえて後ろの有利になるように角度を自分で浅めにいっちゃってて、捉えられやすくなってポイントされてるってパターン、しっかり角度つけて走るってことを考えた方が、これはいいと思う。まあこれは別にライツに関わらず、多分 D1 審査においては全部一緒ですよね。同じです。本来は、機械審査にしたって一緒ですよね。さあどうやらセット完了。それでは参りましょう。決勝進出をかけたセミファイナルの1組目、どうやらサドンですというところで、再び1本ずつ陣野俊之先行、後追い野村圭一、1本目のスタートということになります。Ready we go. This is a one more time battle, a sudden death battle, whatever you want to call it. We're doing this again. Gino in the lead. ずっと第一走を通過していく、この辺りから野村寄っていきたいところ、しかし陣野も組んでいる、陣野も逃げていく、さあ野村合わせる。Nomura Jr. Nomaken Jr. Nomura just can't seem to close that distance. Oh, and he's struggling. He's getting messy towards the end there. いやー、この野村選手はフライングですね。あら、はい、今審査機から確認できましたよ。マイナス2ランク。じゃあ今の走りが77だとしても75になってしまうということですね。さあこれは痛いフライング確認しました。おっしゃる通りです。75、はい、いや同じく75、いや大きなアドバンテージだ。Nomura jumped the start, 厳しいところ野村、 which is a 2-point penalty. 持っていきました。 We didn't quite see it on that shot there. としてはしてやったり、今の走りとしても、やっぱり野村選手のなんか So if you hear them say flying, that just means flying start or a jump start. So it would have been an even score. いいからと思ったけど、だんだん空回りしてきちゃってんですかね。いつもの野村選手になって的なちょっと、なるほど、わかりますわかります。The run up is very important these days in drifting. さあというところで参りましょう。サドンです。It's as strict as it would be for drag racing. As you can see, they do have the tree. リードというところで、これはちょっと大きなアドバンテージになっている。さあもう陣野は Nomura leading this run. あまり見すぎなければいいところ。 Not jumping the start that time. さあ野村圭一、思いっきり行きたいところ。ずっと振っていい角度で入っている、踏んでいる、いい野村の先行になっている。さあ陣野、ここから寄っていきたいところ。Gino staying with. Look at this dive in here. Is he going to get even closer? Leave no doubt there for Gino. And with that, we have a result. So it's a shame there, that jump start we just saw there from Nomura essentially cost him that battle. Taking nothing away from Nomura though, this is probably the best he's ever driven in D1 Lights overall.
そして神野が対戦相手を待つということになります。上さん、今のは7と7.5ですね。で神野7.5神野ですね。はい、これやっぱり若干クリさんも一緒。さあというところで神野俊之の対戦相手、米井久人か三好隼人か。So we have our first driver for the final here today, Jinno. He'll be going up against the winner of this battle here, Yonai in the 1ESX or Miyoshi in the R34. うまさを持っている米井、そして今日本当に乗れている走り三好。やはり私が予想した瞬間に ER34 対決はなくなってしまいました。違うあれは希望だった。あれは上本さんが野村いいですよって言った瞬間に、そっか、離れてちゃった。じゃあ俺たち2人ダメなんだ。言っちゃダメなのやっぱりね。でも今度の34は今ウォームアップ見てる感じ安定してましたよ。でもね、米井やっぱなんか強さを持ってますよ。確かに追走は上手ですからね、いろんな意味では。いろんな引き出しの多さも本当に。さっきからこの審査側で気になってるのが、米井選手が前走者の時にちゃんとした単走をやってないんじゃないかと。Our next two drivers heading over to the staging area. We will see Yonai. 怒ってました。なるほど、なるほど、そこですね。He's been driving very well so far this weekend. そういう風な節があるってことなんで。あるということですもんね。ちょっとそこ Seems を見ていきたい strong in the lead and strong in the chase. 大体スタートからずっと He'll be 確か going に up うまさがある against からっていうのもあるんですけど Miyoshi here in ね。 the タイヤの転 R34. がし方上手ですもん。そうなんですよ。まっすぐ走らせるのもうまいんですよ。上手です。実は。さあセットできましたよ。さあどうやらセットされました。それでは参りましょう。セミファイナルの2組目。米井先行、後追い三好隼人。1本目のスタートになります。決勝進出をかけた戦い、米井か三好か。さあエンジン音が高鳴ってシグナル赤3つ。転倒。そして消えてスタート。さあ米井が前、後ろから三好。Here we go. さあ三好まずはついてい This ける is か for どう the か。 finals. Yonai in the lead. Miyoshi in the chase. Miyoshi going for a big dive in. Both of them all the way to the edge to the wall. それでも近いところまで入っていく三好隼人。さあこれは三好がもう一回果敢に行く。いや米井が強引に振り曲げたところ、ひるまない三好がひるまずいった。いや多分 Getting a round of applause there from the crowd. Miyoshi's chase run, solid for the entire run. Even when Yokoi started to make some mistakes up the top of the part of the course. This is an exciting part of the run here. Look at this. Yonai right to the edge of the zone there. Miyoshi even deeper. それに対しての動きで僕は三好が結構よく踏ん張ったなという気はいたしましたが、 And the flick back. Watch the chase car. そうですね。 Dive in there. わずかに取れたか。 Handbrake.7.5 三好。7.5、8三好。そして he's working the brakes and the handbrake and the accelerator so hard in the chase position there. Yeah, a bit of a mistake there from Yonai in the lead. 三好やはり取りました。これは明らかに後追いとしてNot 取 a ったと言っていいです smooth exit ね。 from that corner. はい。さあ、そうですね。0.5 というのは大きな差ではありません。2人とも 0.5、平均 0.5、この 0.5 ランクは大きな差、アドバンテージにはならないというところは、もちろん今度米井が後追いというところですから、ワンランクはもちろん取っていける力がある米井久人に対して、さあ三好、こうなると渾身のもう前走での思い切った走り、あまり考えず角度のついた、ね、単走通りの走りですね、あれしてほしいですね。やってほしいです。はい、それをして入られちゃったらもうしょうがないですよね。もうね、そこにね、もう一回サドンデスに持ち込めばいいんです、頑張って。さあどういうことになってくるか。決勝進出、神野が待っている。その対戦相手、米井か三好か。今三好がちょっとリード。しかしもちろんまだ1本目。この2本目で So going into this next battle, Miyoshi in the R34 with a slight advantage. もしくは三好が行くのか。さあ初の決勝、神野が待ち受けた中、
今おそらくその戦いも見ているということになると思います。今両者やチェック、そしておそらくリアなやつ下げたというところだとは思います。To make it through to the final. Remember, the winner of this battle goes through to the final here today for round 3 up against Jinno in the S15 Silvio. まずはヨナイがどうやらチェックを終えてスタート地点に向かいます。Also, Yonai currently sitting second in the points. 今入ってまいりました。If he can at least get into the final here today or even win it, 両者で揃ったところ、それでは参りましょう。入れ替えの2本目、三好隼人先行。あと追い、米内久人、決勝進出をかけたこの入れ替え2本目、これで決まるかどうか。今エンジン音高鳴ってスタートしていく。Ready we go, second run. Miyoshi leading this run. Yonai with the advantage and also with more to lose. Here comes Yonai. Wants to hold that angle. Don't straighten up. Nice battle there between these two exciting runs here at D1 Lights. Oh, we're already getting an advantage to Yonai in the chase from the first judge. Well, and there goes decided the winner of that battle, Yonai in the 180SX. これは上本さん、やっぱりちょっと寄り方うまいですね。うまいですね。で、先ほどね、常にビタビタにしてた時の角度のズレが目立ったっていう話は多分伝わってるんですよ。ちゃんと合わせてる。多分そこを意識して。So Yonai's chase there, winning him a place in the final here today. なるほど。Yonai, good angle, good proximity. If you have one, you need the other. You can't be close and be shallow. And if you're a long way away back, it doesn't matter how well you drive. あそこで米内さんがちょっとインチロで回るんですよ。インサイドね。なるほど、イン側をね小さくね回っていく。前走者よりもちょっと頭を出しすぎちゃうから、それで 0.5 にしようかな、1にしようかなって悩んだんです。So we'll be seeing the final here for round 3 very soon. Jinno versus Yonai. ちょっとずらしてんだ。なるほど。あれをずらさずに同じところにドアのところに来てあげれば1とか。でもずらすというかその抜き差しがあるじゃないですか。一回引いて差し直すときに。多分ね、インの方に車が動いちゃうんですよ。So this could have been Nomura versus Yonai if Nomura didn't jump the start. Particular, he'll be a bit upset about that. 近い距離行ってその立ち上がりでさらに寄っていくっていうところを取って見せる。安牌でやり方かもしれません。That's okay. A top 4 finish for Nomura, not too bad. 多いじゃないですか。なので I think also Yonai very happy he's made it through to the final here today. Much needed points for his championship. This could potentially put him into first place in the championship standings after 3 rounds. And here we go to the final battle here at round 3. Round 1 and 2 were held at Meihan. ライト3勝というところまでしていますけれども、ジンノはもちろん初めてのこの位置。決勝進出。ジンノ選手はですね、この間のメイハン、要するにメイハンってほとんど走ってないんですね。メイハンの中で両方ともですね、いい走りができて3位、12位。で単走優勝もしたんですよ。そうですよね。実はそれ見てました。はい。もう大喜びしてましたよね。おめでとうって言ってきましたから。そうそう。だから去年シーズンからを見てた我々からすると、Of course, Yonai just did a battle, so he's getting a chance to either change his tires. かなり彼も走ってますから。Check his tire pressures or do whatever he needs to do to the car to get it prepared for the next battle. And we should have this next battle going very shortly. So, today, if you've just joined us and you're wondering what's going on, this is not D1 Grand Prix, this is D1 Lights. It's the feeder series of D1 Grand Prix. However, we do have a round of D1 Grand Prix coming up directly after this. Or maybe not directly. There will be a slight break. まだ把握はしきれてない感じ。まだまだ。と
The D1 Grand Prix tournament battle is due to start at 3:15. It's currently 2 p.m. here at Okuibuki. So the actual D1 Grand Prix top 16 battles for round 1, the very first of the season, will be starting in 1 hour 15 minutes from now. Of course, this stream, as always, will continue to run the entire time. So if you want to just leave it running on your computer or on your phone or TV or whatever, it will be running the whole time. There'll be some background video, some ads and stuff like that just going. And once you see cars come back up on screen, and once you hear my voice back, that means we'll be starting the top 16 battles for round 1, getting the 2023 season started. もういろんな数値が頭の中で喋りながら頭の中計算しながらなんで大変なんでもうね無理です大丈夫ですもう23年やってるんですからやっぱりだからもういいだろうって本当にまだまだやりたいくせにって言わないさあここのファイナルは D1 lights, literally second row cars. They're all lined up behind the GP cars, which are in that row there. One row closer to the stands. Also, as you can see, pit camera, a bit high resolution this year. We should all be happy about that. Oh, what's going on here? 本当ですよ。えらいことになりますからね。これから降ってきたらもう大変になりますからなんとか今ねライツはこのまま最後までドライでいけるというところまで来そうなんでもう天気予報2時間遅れてるからいいことですねおなるほど天気予報12時ぐらいから降る予定だったんですよそうでいやそれはね2時になってましたけど本当ですか今2時ですださっきのパラパラとかがそうなのかな降らない大丈夫ですよねはいそう願いたいですお願いします動き出しましたよ車さあいよいよライツ今ホットピットから決勝進出この両者がスタート地点に向かっています Yonai getting a bit of encouragement from some of the other drivers and crew as he drives through the pits to the staging area. Here we go. This is the final battle for round 3 of Light Series. 東の2人でしたね今回はねこれ米井選手には僕教えてないですからね米井選手には教えてないですからね陣野選手もそう言ってますよはいそうでした、いつ聞きに行ったんですかいやドラミの中で高橋さんに教わったと思う人って手を挙げてくださいって一人もいなかった Here we go, about to start the final battle. Both these drivers have been very aggressive all day so far. いっぱいいますからねチャンピオンの言うことなのに This is going to end in cheers or tears, this battle between these two. Leading the first run, just doing his warm-up right now, Gino in the S15 Silvia. In the first run, he'll be chased by Yonai. 普通にいわゆる予想するとしたら鉄板ですね鉄板ですよねここはねでも当たり前ですよねだってここまでも来たことないわけですからジンノ選手に関してはただ勢いとかその時のこれからの成長過程にある選手にとってこの勢いに乗ってここを乗り越えなかったら先がないですで逆にいけばこう勝てる時に勝つっていうのは非常に大事ですよそうしたらもう第3戦4戦とか流れが変わりますよね4戦目がねちゃんと地方戦の本当に関東シリーズでもねシリーズチャンピオンを取ったことある男ですからそこの経験はありますそうですよねさあ陣野とヨナイいいね盛り上がってますよ車内イエーイってみんなやってますよ今ウォーミングアップを終えてほらいや周りのチームも As they come back through the pits, that's a great shot there. ヨナイ選手めっちゃ盛り上がって Getting some encouragement as he drives through. 非常に盛り上がった形にパドック内がなっていた関係者が見守る中ね GP の関係者も多く本当に見守る中 Yonai currently sitting second in the points championship. 上がりますよね So I think a win here would really contribute to his potential for taking out the championship in 2023. Now, Gino, not highly ranked in the current championship points, but he has done really well in qualifying so far. So we might see him rise up in the Drivers' Championship.
after this round. All right, here we go. First battle between these two. This is the final. Jino leading, Yonai following. Here we go. First battle. All right, clean chase run there from Yonai. Getting a round of applause. Not quite close enough to just get that definite win, though. He was still about a car length back for most of that run, but that said, it was very consistent. He did hold good angle for the entire run as well. そうですね。今見ましたちゃんと。見ました。多分聞こえたんでしょうね。なるほど。3ゾーン。ライン合わせましたね。はい。ちゃんとね。角度も上本さん結構ちゃんと。はい。あとはね、やっぱりここですね、その振り返し抜き差しの部分、今ちょっとだいぶ余裕持って、多分米内選手。そうですね、まだ。A little bit worried. No, it looks like he did hit that zone. That should be no problem. 本当はもっといけるけど、ちょっとそこまでやめてる。国明がやった指摘を意識したんでしょうね。なるほど、なるほど。On board from the chase car, Yonai, the 180SX. Early shift up there. Here comes the initiation. Big flick in. Loose side of the lead car. 待ちきれないですよね。He's close enough. ジンの選手の方が全然パワー。Just barely see the top half of the door of the lead car. Switch back. Working so hard in the chase position there. やればできる男ですね。でもここだからジンの選手がこれから頑張らなきゃいけないところ。さあどうやらセットされました。いやワンランがいけますよ。それでは参りましょう。入れ替えの2本目。米久先行。後追い陣野俊之です。さあ今両者エンジン音が高鳴ってシグナルにsecond battle. 消えてスタートしていく。さあ米が行く。Yonai leading this time. Is Jino going to get really aggressive or is Yonai going to walk him? Oh, a collision on the wall. Yonai hits the wall. It was just the rear quarter. He's able to continue, but that's going to be a big point deduction. Yonai, unforced error into the wall there. Just taps the rear of his car enough to put him offline. Let's watch this again. Right there. I was worried for a second there he'd popped the tire. You could see some dust flying up. But it was just the chalk line on the track. That's a massive shame there for Yonai. Jino just had to sit back and watch it happen. 結果発表です。いやー、これは驚きました。この辺りでおそらく山中。So that's a surprise. It's also not a surprise, honestly. Yonai has been going 110% all day. When you drive like that, eventually you have a bit of an error. There's the view from Jino, just keeping it going, giving Yonai enough space to redress onto the track and over the finish line. さあ今両者が審査席前、皆さんの前に帰ってこないんですかね。さあ、指定の結果発表したいんですが、おそらくホットピットに止まってしまってんじゃない。いや動いてます動いてます。米内選手ほら。あ今ヘルメット脱ぎました。大丈夫。米内選手はもう今すぐ裏にいますね。東洋ピットの裏側にいますね。はい、米内は来ました。はい。そして陣野が。陣野もう泣いちゃってんじゃないですか。はい、多分ね。あ来ました来ました来ました。さあ。So back. あ陣野も来ました。陣野も来ました。さあ両者。Back through the course down 降りてきたところで結果発表を回りたいと思います。Down the course in front of the judging stand. こんな結末が待ち受けておりました。本当に最後まで。再三今日上本さんが、はい、勝負はやってみなきゃわからないってずっと言ってたんですよ。はい、やっぱなんか余計なことでしょ。It's a good effort from Jino, who usually doesn't make it too far through the battles.
Does well in solo runs though. さあ両者ファイナルを戦った2人、今皆さんの前に車を置きまして、そしてまずヨナイが降りてきた。いやヨナイもうここは Yonai put in a huge effort today. Unfortunately at the end, いや頭を抱える。 done in by his own mistake. ヨナイに頭を下げながらヘルメットを取って、そして今両者が並びました。それでは結果を発表してまいりましょう。 The body language says it all. 2023 D1 ライスシリーズラウンド3奥井吹優勝陣野俊之 And the winner of round 3, Jinno, takes the win out. 陣野初優勝ヨナイを破って決定ということになります。 So winner Toshiyuki Jinno. いや初優勝を決めた陣野俊之、そして準優勝はヨナイ久人という And in 結果 second でし place, た。 Yonai. Fortunately, that crash there ruined his chance of winning today. But still a great effort. Also, well-deserved points for his championship. May put him into first place after this round. 改めて表彰を行いたいと思います。ここでは結果発表だけ。とにかくもう一度言います。優勝おめでとうございます。陣野俊之選手。ありがとうございました。さあというところでラウンド3ライツが終わりました。So that is round 3 of D1 Lights here at Okuibuki. そうですね。 Now, of course, before you go, don't forget we're running D1 Grand Prix here today as well. そうですね。 It's due to start in 1 hour from now. So it's currently 2:13. Let's just say 2:15. D1 is starting at 3:15. 陣野が一気にこれちょっと化けてくるっていうか、いいんじゃないですか。ね、ランキングも一気に上に来て、はい、これで自信を持てば、自信を持って今年の波に乗ってくれればいいんですけどね。次も見に行かないと。本当ですよね。どんな勝ち方でも神山さん勝てる時に So if you want to set a alarm, 本当に勝てる時に勝たないと an alarm for 1 hour from now, if you want to go and do something, if you're keen to come back and watch some D1 Grand Prix Top 16, look forward to seeing you back here. Now, this stream will continue to run the whole time. In the meantime, there'll be a grid walk. そうですね。やはりさすがヨナイというところの。Where the spectators get to go down and check out the D1 Grand Prix cars. Then from 3:15 onwards, that's 1 hour from now, is the top 16 tournament battle. And then after that is the D1 Grand Prix ceremony and also the D1 Lights ceremony. ちょっとライスシリーズこれがですね全く分かんないまんまこの後 So there you go. Thank you to everyone who's been watching the D1 Lights. It should give you a bit of an appetizer to what's about to happen, what's about to hit you. The D1 Grand Prix cars about to head out. They're going to line up out there for the pit walk for all the spectators here today, and then head out for a top 16 battle like you just saw. But just add, a few hundred horsepower and about double the grip. さあというところで D1 ライスシリーズベスト16追走トーナメントはどうやらドライのまま全て終了ということになりました。この後は By the way, if there's something you want to watch in the meantime, if you just don't want to watch all the ads and all the random stuff that goes on, I just uploaded a video on Noriero. 準備としましては14時35分からということになります。ゲートの方に15ということになると思いますけれども、まずはグリッドウォークから、そしてその後に15時15分からD1 グランプリラウンド1のベスト16追走トーナメントを行ってまいりたいと思います。とにかくこのまま天気の Am I allowed to? I don't think I have. Wait, is that going to delete? Oh, there we go. Go check it out. New video. Absolutely shameless plug. I'm shamelessly plugging that. All right, everyone. So I will be back in half an hour. Sorry, in 1 hour. It's now 2:15. I'll be back at 3:15 with the D1 Grand Prix Top 16. All right, everyone?
in the meantime, go check out Noriero. There's about a half-hour video. I think it's about 20-minute half-hour video, brand new, uploaded just now. You can enjoy that, and I'll be back in 1 hour with the top 16 battles for D1 Grand Prix. All right, everyone, thanks for watching, and I'll see you in 1 hour from now. Bye for now. 内なり情熱あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます青を染ませ Toyota Tires割りのタイヤ柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤトネは今年で85周年。こんにちは、谷口信です。日本を代表する総合工具メーカートレコブさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコブさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、今回85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。Just throws them. On the early transition.先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。今回紹介する車はこちら、トヨタハイエース。ハイエースといってもですね、簡単に言うとノブエース私のハイエースです。ロングでワイドで高い
一番でかいやつです。本当に、自慢したいのは中です。まずはこのブリッドの、シートを運転席助手席に2脚入れまして、ハンドルも、カーボン調になったり、シフトの部分も変わったり、じゃーん、このようにね、サーキットでくつろいで、外からの目も、遮断し、くつろいで入れると、ここにヘルメット、ハンス、シューズ、スーツなどをここに置いておいて、こんな感じで、ここは2室ですね。俺これ知ってるよ、ちょっとだけ。ハイエースとは思えない速度。メーターの上がり方がハイエースじゃない。今回の仕様はテクでブーストアップしようと、まずコンピューターをやりまして、吸気側は完全ノーマルです。排気側だけ車検対応の、HKS の新しいスーパーターボマフラー、ダイナパックで係数 1.15 で、530馬力ぐらい、トルクが約80キロぐらい出てます。オートクラフトです。今回のスープラなんですけど、基本的にはもうほぼノーマルに近い状態でセットアップしてるんですけど、パワーの方は、約400馬力で、トルクが62。良かったところ、それから悪かったところというか改善点ですよね。こういうのも見えてきて、あとそのゼロ戦での加速っていうのはやはりブーストを下げることによってホイールスリップを抑制した方がやっぱり加速はいいんだなと。フェニックスパワーの JB42 新型スープラです。この新型スープラはボッシュ製のコンピューターユニットを使ってまして、走り抜くことができればっていうのがもう第一目標です。カメラさん見てくださいよ、この列ありがたいですね。グラウンドに帰るともう1コーナー伝わる。からのつなげ、どうだ、今に巻き込みながらもギリギリなんとか回し込んでいく。危ない。危なかった。明日も走れます。ありがとうございます。ここからぬるーっと
出して、この辺角度が一定なんだけど、素人みたくバーンと出てきて、ストレートをわーっていっぱい加速して、せめてここでね、何ポイントかでも取って、やっぱりお台場を確実にしてもらって、お台場でちゃんとね、しっかり走って、引退式を。なんとか角度をつけ出した状態。まずは1本、とにかく得点、この1本1本が非常に重要な野村健にとってのその走り。まあ一応だから金田町だから金田町にしてあげよう。最初に言ってもしょうがないもんね。ちゃんと金田がない分かんないからね。寄っちゃう、入る、ぐいぐい入る。勝ったのは松井幸雄です。まあ相手は、私の弟子の森堂学ね。ハイブリッド頂上決戦、今回は急遽隣に相方を乗せてガチンコアタック。エンジンモーターともにインサイトを圧倒するプリウス。車重を補ってあまりあるトルクが抜群の加速性能を発揮する。車重を生かしたコーナリング性能が武器のインサイト。モーターではプリウスの加速に劣るが、秘密兵器のノスで勝負をかける。スタートダッシュを決めたプリウスだったが、ブレーキング勝負でインサイトが前へ。しかし曲がりきれない。嘘。なんか出たけど大丈夫か。ちゃんとコース知らないんじゃないの。知らないんだよ、コース知らないんだよ。余裕をかまし大きくコースを外れるプリウスに大ちゃんはああバカにしてたね。バカにしてる。あれれれれれれ、危ないよこの音。ミラー畳んでる。ミラー畳んでる。来てるな。最後のストレート、秘密兵器のノスで勝負をかける。ノスがスイッチをオン。するとなんだよ、全開だよ。なんだよ。ぶっちぎりの勝利を果たしたインサイト。しかしまあ静かな車だな。ドバイのお客さんからこのパトロールで1000馬力のエンジンを持った車を作ってほしい、そういった依頼からこの車の開発が始まりました。ノーマル240馬力、トルク40キロのマシンは最大1000馬力、トルク140キロのモンスターへと姿を変えた。 4.8 リッター直列6気筒エンジン、ピストン、コンロッドなどエンジン内部パーツは全て H ケースのワンオフ品。このエンジンを F コン V プロで制御する。ちなみにこのタービン、ドラッグレース用で風量的には1200馬力まで狙えるという。大パワーに持ちこたえるようミッションは3速4速のみギアの幅を広くし強化。インプットシャフトも軽を太く加工。現地でこの車用のブレーキシステムがありますので、ブレーキの強化こちらの方は控えているといった状況になっています。これ何すんの？マフラー？まあ別に仕事だもんな。そう仕事です。このマシンの本性を理解せぬままのび太はコースへとマシンを走らせる。おお、なんだこれ。おお、なんだこれ。これ大丈夫なの？踏んだって。まあ踏んでも大丈夫ですよ。もういっぱいテストしてるんだろうね。はい。谷口さん初めてかもしれないですね。のび太アクセルベタ踏みです。何今の？アクセル離せて。ぴったりさ、一点どうしてもかってるからさ。大きなトラブルはなく無事ピットイン。
響あるこのチキチキマシンが本当に86になるのか。早速このマシンの生みの親チームカーメレオンの皆さんに登場していただこう。じゃあ分解よーい始め。分解今からせーのせーのとか。さっきまで車の形をしていたのがおよそ50秒で骨だけになってしまった。そしてここからじゃあ組み付けよーいせーの。ちょっとタイヤがだいぶスポーティーなかっこいいやつに運ばれてきて、あれシートもちょっと86っぽいホールド性の高いやつが86っぽい86とかあんな感じになってプラモデルみたいになっちゃってます。ライトの形は見たことありますね。ありがとうございます。ただとんでもない感じになってきちゃってますけど、一見普通のミゼットがものの3分ちょっとで早変わり。これが世界に1台の新型86、1分の1スケールのチョロ Q といえる869。チョロ Q のバランスを表現するためホイールは22インチを装着。マフラーは86と同じ左右出し。中曇ってる中曇ってる。センターシートとサウンドで思った以上にレーシーな雰囲気を堪能し試乗終了。さあいろいろ思い出してくれたかな。次回は10週にわたりお届けしているビデオオプション2022人気ランキングトップ100。今回はその2週目、ランキング90位から81位、早速いってみよう。まずはマルシェ VAB マシン紹介は石田さん。エンジンは H ケースの 2.2 リッター、それにタービンは、H ケースの GT3RS。設置感ね、車の安定感、安心感みたいなすごくありますね。続いては純オートエボ7。速い、この車速い。今や超高級車 34GTR の最上級ストリート仕様とは。1000馬力のモンスターマシン、とっくりさん紹介よろしく。エンジンはねフォルチューンの 2.7 リッターの T62、 全然嘘じゃないよ。速い、これは速い。そしてドラッグ仕様、04仕様の 33GTR であるにしろ、この、テストコース持ってくると抜群です。足もいい、車のやっぱりね、良さ、いいところを全て引き出して、このトータルパッケージの完成度の高い 33GTR、 本当にねこのウェット路面でやばいっていうぐらい踏んでしまう、非常に完成度の高い 33GTR でした。ホーム券ラストシーズンの開幕、無事予選も通過、楽しんで走ってこいやって書いてます。息子ができた時にはあだ名で呼ばれるんですかね。そうだね。嫌やな。でも待ってもんならタイヤ使いたくない人は一個で決めろ。もうギリギリまで。いろいろ書いてる。いや嘘。むっちゃ書いてる。メッセージを。ファンクラブの方のメッセージを書いてもらって今から車に。緑の星で。はい。うまいですね。追走に向けて
言い方違うけど。はい。2分でお待ちの野村様。結構いいの。マジで。ダメ。いや、オッケー。オッケー。16残った。本当に？だって点数向こうつけてるから。野村さん、いえ。めっちゃ嬉しいわ。本当に？なんかね、タヌキにつままれた気が。キツネ。キツネ。涙が。誰か食え。飯食う時間はあるよ。ちょっと一回短い。水槽に行くことがうちのチームは慣れてないけどさ。慌てるよね。前に人がいたら緊張するよ。誰か後ろに来たとか言ったら震えるよ多分。今をときめくレーサー谷口くん。我がビデオオプションの倉庫に彼に似た人の映像があった。一体これ誰？彼の眉毛の半分はどこへ行っちゃったの？我々はなぜかパイナップルをイメージしてしまった。そして42番谷口くん。86でドリフトしたら俺が一番と自慢していた時代だ。でも今見ると大したことはないよね。この谷口はね、アウトインアウトで決めてる。ところ変わって北海道で行われた自動車メーカー主催のレーシングスクール。そこにパイナップルはいた。天狗の谷口。まあまあですね。そして調子に乗ったパイナップルは名門トムスレーシングのオーディションに。走りはまあまあだったが自分が一番速いと思ってるところに人間性に問題ありとの評価をいただく。疲れた。やっぱりここを選択しましたね。ノムケンの館ですぞ。まずはビデオオプション初登場のシーンから。名前は野村健。さあ野村健に愛の手を。インついてる。すごいよ。面白いやつだね。お母さん野村、お母さんに一言。愛してるぜ。やはりこれは田舎のおじちゃんおばちゃんたちが買い物に使うような車ですね。人糞が落ちてますよ。中にしかもグローブまで。これは汲み取り屋の仕業に。本人はノーマルとは言ってますが、我々から見るとノーマル以下。こんなんで運べんとですね。一応ショックがガチガチじゃなかですか。足回りバケットシートもついてる。ホールドが非常に悪かです。しかもこのミッションブラブラですよ。これほらこれは普通に走ってるですかこの車。イベントしよう。お、サイレンのスイッチがあるじゃないですか。すいません。オラまたんかい。もしかしていや、この職業の人は絶対楽しいはずですよ。白黒ツートンから逃げようったってそうはいかんとばい。スカイラインのつもりで踏みまくったらオーバーヒートしちゃいました。いや、やっぱり本物のパトカーじゃないとダメばい。転がる前と同じ状態で走れた？いや、転がる前より調子いいですね。た感じでちょっと滑りましたね、フロントが。さあローレル戸田1本目結構詰めてきたな。間これ角度一定
いんじゃないですか。水槽どうですか。水槽は自信がないです。ないんですか。はい、これやばいな。今半分上がったよ、ボディが。マジですか、この方。一瞬よぎったら同じことになっちゃうんじゃないかって。ものすごいよぎりました。飛びが止まらないって思いました。入れちゃう。さあどうだ。うわここは得点取ってきた。いいやったな。さあ遠い同じように石川が飛び込めるかどうか。スーッと入ってくる。どうだ。これも捉えた。捕まえるなやっぱり。捕まえた。あっさり勝負あり。いやー素晴らしい走りおめでとうございます。まずは見るも痛々しい激突系。このマシンに帰ってきた。いった同じところ。俺が作った照明倒したな。やばい。やっとクラッシュ。オーマイガー。振り出しのミスからクラッシュパッドへ一直線というオートポリスの黄金ライン。あーいった。逆転。いきなり1本目からクラッシュ。後ろから岡村。やっぱり限界だ。激しいクラッシュ。一番いい絵が撮れるようにポジショニングするカメラマン。自然と吸い寄せられるように飛び込んでくる。D1 グランプリの下部カテゴリーに位置するストリートリーガルだが、走りとクラッシュの激しさは GP をしのぐ。開会式でこんな事件も。ケイチフチヤダブルクラッシュ。続いて縦へ横への回転系。乗り上げたところにグラベルにタイヤが捕まってゴロリンチョン。きっちり作った車のおかげでドライバーはムチ打ち程度で済んだ。対戦相手の今村は決して相性の悪い相手ではないが、結末は野村健が遠いはどういう走行の。タイヤバリアまともにその速度減速なく飛び込んでいきました野村健。かなり無残な状態。フロント部分スカイライン相当な勢いがあったということを物語っております。まともに正面から飛び込んでいきました。でもね、飛び出しがね、ナムラ以上の飛び出しでしたね、角度とスピード。いやこれはちょっとまだ降りることができないという、まともに当たりましたからね。かなり衝撃はあったということだと思います。野村気負いすぎたが、まさかの結末に場内は静まり返る。いやーお客さんに謝りたいって。謝んなきゃ。体が動けない。野村としてもここはもう体が動けないという状態で今段階に乗せられていると。でもなんとか自力でなんと大丈夫ですかね。大丈夫ですね、なんとかね。いやでも早く連れてってください。はい、野村健選手、この拍手は聞こえるはずです。大丈夫です。キャロルの後継機として1972年にデビューしたシャンテ。
360cc の水冷2気と2サイクルエンジンを搭載した軽自動車である。そのシャンテを RE アメミヤ流に大幅にモディファイ。当時の軽自動車としては異例の 2200mm のロングホイールベースに合わせワイドトレッド化。流行の丸みを帯びたオーバーフェンダーとは一線を画すエッジの効いたフェンダー。タイヤはアドバンネオバ。足回りも現代パーツで一新。アーム類は主に SA22C を流用。フロントサスはクアンタムベースのスクートオリジナル。リアサスはスーパー GT で使っていた FD のフロント用を移植。レフはファミリアロータリー用を流用している。エンジンは 13BNA のペリ加工で200馬力オーバー。当時の雰囲気は残しつつもすっきりとまとめられた室内。軽自動車だけあってシート感はかなりタイト。ミッションは SA22C の5速でメーターは AIM のストラーダ。昔漫画で読んだメカドックで読んだ本に乗れるロータリーサウンドが気持ちいいね。様子を見ながらの走りだったが一発目としては十分な1分7秒9。格好もマツダ最近デザインかっこいいんでちょっとかっこいいなと思って購入してスーパーチャージャーをつけようと思いました。ND ロードスター1500と 2000cc にチケットの GTスーパーチャージャー7040を両方とも装着しまして、1500の方はもうじきキット化されます。はい、一応ノーマルが130馬力前後のところが、スーパーチャージャーつけて、200馬力ぐらいまで、はい、上がっております。なんか全体的になんだろうな NA っていうねロードスター自体のイメージがあるんですけど、スーパーチャージャーっていうのはねどういうふうにその走りに対してやっぱりこう、変わってるのか。エンジンの回り方は NA をよりそのハイパワーにしたみたいなそういう回り方ですね。だからトラクションがこうすごくいい感じですね。だからすごくこうハンドルステアリングの応答性がいい感じで下級機をやっぱりこうつけると結構そのいかにもうっとこうある回転域で急にこう立ち上がったり下がキュッと盛り上がって上が下がる。あとはその、下がちょっとなくって上だけがやっぱりこうその、持ち上がるみたいな感じがあるけど、その辺が全然なくって基本的に3000回転から7000回転まで比較的こうそのパワー変動が少なくよりパワー感があるような感じ。強いて言うんであればこれ 1.5 リッターなんですけどその、私がトルク感のある2リッターとか、2.5リッターもう本当に排気量アップしたハイパワー車そんな感じですね。おいお前俺もう帰るぞお前よビデオオプションお前な何やらせんだよお前こんなところでよお前ビデオオプション大体よ D1 シャロだってあんなポンコツ車なお前よく乗せんなビデオオプション。あっお前何すんだこれ。ではそのまま実験その1をスタートしましょう。熊久保支配人よろしく。おいなんてことしやがんだお前ライターよお前。水槽を想定して熊久保支配人にガンガン当ててもらいます。運転席からリアドアまでまんべんなく行きましょう。なんてことすんだよお前。すごいじゃないですかこれこんなへこんでんすよね。これシートベルトもしっかり引いてれば中全然大事じゃないですか。お前 D1 っていうのはぶつけちゃダメなんだよ。次の項目はもちろんクラッシュ。お猿さんのテクニックに期待しましょう。なんだよこの
何やってんだお前、何やってんだ、おい危ねえよ、危ねえよ、おいおいおい、危ねえよ、おいふざけんなお前。これピンピンしてるじゃないですか、ラーマね。やっぱ D1 車両はこれがないと危ないから。でこしいつまでたってもラーマンの人体実験人気なんだね。10週にわたりお届けしているビデオオプション2022人気ランキングトップ100、今回はその3週でそれも今修理をどうやら終えたというところ、清掃しましたと言ってました、なったみたいなんで、まあ、あといろんな情報ちょっとあると思いますが、それはあとねいろいろ入れていただこうかなという感じではありますけれども、まずは皆さんね本当にセレモニーウォークの方をちょっとね、皆さんのハイタッチを抜けてから、それぞれ3355号それぞれのお目当てのお車に、向かっていただきたい。そしてですね、もうこれからですね、タッチはファンクラブだけなんですって。さすがおさわりは、さすがおさわりはファンじゃない、ファンクラブじゃないとダメなんだ。いいな、そういうシステム。課金しないとおさわりできないんだって。我々もそういうシステムでずっとですね、生活してきましたからドライバーの皆さんも、今年からレーシングスーツが変わっている人がいるじゃないですか。いますよ。褒めてあげるとね。そうですね、新しいレーシングスーツ似合ってますよとか言うともうあとですね、どうしても被り物被ってるやつね、あれ誰かいじってあげないとですね、誰もいじらないと本当に立場なくなりますんで、基本的にはドリフトスターのイーグルが入ってるんです。ちゃんと。そうなんですか。そうですよ。さっきはねオープニングの時にはスターだったの、ドリフトスターの星だったの。星玉みたいに被ってましたね。あれはねイーグルになれないひよこ。あの人は予選に通過したんですか。してないですですよね。してないです。今回はどうですかね。さあということで選手の皆さん、それぞれ自分の車の方にお戻りください。ハイタッチの方をお迎えありがとうございました。選手の皆さんはそれぞれ自分の車の方に戻っていただいてと、皆さんをまたお迎えするという形でどうかよろしくお願いいたします。さあゆっくりとセレモニーウォークお待たせいたしました。はい、どうぞそれぞれお目当ての、ね、マシンの前、選手の前行っていただきたいと思います。ほぼ全車いますですね。アールやメミヤが、そうか、アールやメミヤ持ってこれないね今日ね、今ねまだね、懸命にまだやってますからね、いろいろ。あれね、エンジンルームとかすごい作れないです。ものすごい綺麗なんですよね。ピットの方にでも見てあげてほしいですね。めっちゃ綺麗なの。もうただもうとにかく垢抜けたエンジンルームね。もうとにかく転がして持っていけるようにちゃんとこの場にね、そうです、この場も含めて皆さんに動く姿は見せるというので懸命に今まだ作業してますんでね、待っていただきたいと思います。さあ、そしてコース上辻さんいます？います？はい、います。はい、なんか辻君の勝手ななんかコーナーがあるということで、ぜひ進めてっていただきたいんですが、大丈夫ですか？レースクイーンの皆さんの PR タイムにしますんで。なるほど。マイクお預かりします。じゃあもう今年は選手紹介しないんですね。いや、したいんですけども、レースクイーンに辻君の意向で変えたんですね。わかりました。それでは辻君、どうかよろしく。選手の皆さんはお客さんちょっと相手してもらって、レースクイーンの皆さんの紹介いきます。よろしくお願いいたします。僕の仕事がなくなったってことですね。田中聖美選手のとこの柴田や。いや、ちゃうねん。選手が喋るんちゃうねん。米ちゃんが喋る。そうセミに喋らしたら意味がないじゃん。でもレーシングスーツ新しいですよ。選手じゃなくてこっち来てたから米ちゃん。でもセミのレーシングスーツ新しい。彼が新品ってなかなか珍しい。今初めて聞きました、このターンがあるの。そうなん？大体そんなもんだ。先ほど1位取りましたので、次も絶対1位ですよね。頑張って応援します。なんでセミが押されてるの？どっちが選手？米ちゃんの自己紹介していねんね。そういうのいいんですか？田中セミはもう関係なく。なんでセミが今押されてんだよ。米さんこと米倉美優です。実は新米のレースクイーンで1年目になります。去年の開幕戦はゲストとしてあそこの上の審査員席にいました。実はこっちに来ちゃいました。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。次はじゃあこの流れで前通ります。北岡さんとこまで。次はね、北岡さんところのごめんなさい。いや、これ違うねん。ドライバーのトークじゃなくてレースクイーンやねん。ファンサービスに
しといてもらって、じゃあ自己紹介から。はい、新田優衣です。柴タイヤガールズです。お願いします。北岡祐介選手応援してますと。北岡祐介選手応援してます。はい、頑張ってください。じゃあ隣行きます。はい、岩井選手のところ、いや岩井さんがしゃべんちゃうんで、これもいちいちみんな言うてくるな。レースクイーンタイムやね今。そう、選手はファンサービスで。じゃあご自身の PR お願いします。RS 渡辺スピードマスターのレースクイーン、佐と申します。普段は建設現場の現場監督としてギャップ女子として、はい、ギャップありすぎでしょはい、今日は作業着を脱いで、はい衣装に着替えてきました。じゃあ今日は岩井選手応援してください。はい、岩井選手、はい、皆さんも応援していただけたら嬉しいです。現場監督やって、何それ。はい、じゃあ次、今度はトネさんですね。どうするかねこれ。はい、これカメラに向かって自己 PR を。この感じで自己 PR していいんですか。そう、トネさんのロゴ見せて。はい、今年初めての D1 参戦となります愛と申します。ぜひぜひトネが85周年になって、上にもいっぱいトネ85周年の看板貼らせていただいて、車のステッカーにも向こうにあれわかるかな、トネのウィングの横についてる、どれウィングの横についてる85周年ステッカー。85周年ステッカー、あれもたくさんいろんな車に貼っていただいているので、皆さんチェックしてぜひ写真に収めてくれると嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次どこだ。村上充のとこですね。お、いやーこれはいっぱいだな。はいはい、じゃあ村上充選手のとこのレースクイーンの方にお話聞きましょう。はい、そう村上さんはファンサービス。違うね女の子ちゃうね。そう、こっち、立ち位置ちゃうね。はい、いや違うねはい、ではお願いします。はい、自己 PR。 はい、自己 PR、リピアクリエイトとミツルパワーの月島奈々です。よろしくお願いします。以上。はい、ありがとうございます。次はバリノさん。どうしよう、これ難しいな。後ろから行った方がいいか。後ろ行こう。これは記念撮影遮っちゃうから。はい、じゃあバリノさんの女の子、お願いします。バリノタイヤを応援してます。バリノガールの北川美玲です。はいやだから終わり。直樹さん、追走頑張ります。ありがとうございます。次は東洋さん。これいけそう。はい、ちょっと女の子だけカメラに向かって自己 PR お願いします。はい、東洋タイヤーズドリフトギャルズの相坂真希です。1年間応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それで次は前終わり、後ろ田所さんのところ行きます。田所さんじゃなくて女の子がしゃべんねん、ここは。みんなこれ言うやん。はい、お野菜。お野菜です。こんにちは。雨は降ってますけども元気に行きましょうすいませんけど、なんでお野菜って言うんですか。ただただお野菜が好きなのでお野菜なんですけど、覚えておいてほしいのはお野菜丸がつくので、そこもちゃんと覚えておいてください。ひらがなお野菜丸、わかりました。お野菜、ありがとうございます。で次がエヴァ、はい、
エヴァの子一人ずつちょっとカメラに向かって自己 PR お願いします。エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン四季並飛鳥ラングレー役の五十嵐のぞみです。今年は D1 デビューの最上選手を迎えて頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございます。聖子ちょっとこっち来て。はい、自己 PR を。エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン2023巻波マリイラストリアス役の桐島聖子です。D1 グランプリ奥伊吹開幕戦、あいにくの雨となってしまいましたが、グリッドウォークはたくさんの人で盛り上がっています。私のセクシーでかっこいいコスチューム、ぜひたくさん撮ってください。完璧やん。明日みんなこれぐらいやってもらいたいな。あれこれ次、じゃあちょっと通りますか。これレースクイーンは終わりもちょっと森さん、これ何をやってんですか、これは。これね、今年僕ドリフトスターというタイヤ使いしてもらってるんですけど、そのドリフトスターの社長さんから僕がだんだんと成長していく過程をひよこから鶏へ、鶏からそうなんですよ、鶏から最後イーグル、ドリフトスターのイーグルになるようにという感じで。本当はこの尾藤さんのキャップじゃないですか。まだ早いと。まだ早いらしいんで、予選通ると鶏になって、ツイストを勝ち上がるとイーグルになるという予定です。うわー、じゃあまだひよこのままなんですね。このまま一生ひよこだったらどうしようかと思ってます。じゃあひよこサービス、お客様サービスお願いします。はい、次は誰いきます？レースクイーンはもう終わったんかな。東洋さんや。端っこか。いた川端さんとこですね。これも後ろから行きましょう。すいません、東洋さんの女の子の PR なんでお願いします。カメラに向かって。はい、こんにちは。2023チーム東洋タイヤーズドリフトギャルズの白石美音です。1年間元気いっぱいチームを盛り上げたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これでみんな一通りレースクイーンの皆さん紹介できたと思いますんで、こちらからは以上になります。学さん、マイクお返しします。はい、学です。急に返されても川崎でした。困るんですけれどもね、大丈夫でございます。だいぶ雨を降ってきましたけどもね、まだセレモニーウォークの方はもちろんね、まだまだ続くということでよろしいんですか。時間的にはまだ大丈夫だというところだとは思いますけれども、全く今この進行がね、時間がどのぐらいの中でということがわからないんですけれどもね、セレモニーウォークの方が全て終了すると、最後ですね、改めてこのベスト16の対戦相手、こういったところのドライバーマシン紹介して、そしてですね、この D1 広報部長、それからさらにはネクスト10アンバサダー、ね、この方々に出てきていただき、宣言していただき、いよいよエンジンスタートして、そうですね、もう何分ぐらいですかね。いや、ちょっと分かんないですね、その辺がね。車もよく見てもらうのに、情報をちょいちょい出した方がいいんじゃないですか。例えば加納選手の車の後ろのメッキのラッピングのエアは入ってるかいないかとか。入ってないよ、もう最近その素材が良くなったみたいですね。そうです学さんが初めてD1 の初期に貼った時はエアが結構入ってましたよね。熱で違うんですよ、あれ出てきたんだ。違うんですよ、熱で出るんですよ。発生したんだ、後で。学さんがエア入ってもいいやって貼ったんじゃないんだ。違いますよ。大体ね、僕に頼んでくるようなとこって塗装とかみんな遅れてて塗装したて、でそこにいきなりバイナルをギリギリを出してくる。でそこにいきなりその貼るとメタル材貼ると、しかもメッキを使ってメタルを使ってくれと。エア出ちゃいます。100% です。そういう説明もちゃんと入れないとダメですよ。もう
そうなんです。でそういう状態で貼った車って、メタル材はまだ剥がしやすいからいいんですけど、メタルフィルムって普通のラッピングフィルムは塗装したてに貼ったらもう剥がれないですからね。もういい知識でしたね。本当に。はい。さあというところで今ねだいぶ並んでるのは下田さんあたりがすごい並んでますけどね。マイナス70キロロマンですね。はい。あと大変申し訳ございませんが、あと残り5分というところでございますんでね、ちょっとそのあたりを皆さんおのおの検討していただいて、だいぶ後ろの方の方はですねどっか空いてるところに回るとか、早めにもっと別の次の第2の推しのところに行くとか、そうですね。はい。行っていただくというところでね、それぞれを見ていただければなというところでございます。選手もレースクイーンもいいですが、車もちゃんと見てあげてくださいね。そうですね。近くでね。はい。ぜひですねそれぞれのマシンをゆっくりとこの近くで、そして選手とともに見て、そして写真撮れるところはもう一緒に写真も撮っていくというところです。さあというところで残り5分ということになります。皆さんよろしいですか。もう5分の間動けるだけ動いて楽しんでください。5分前行動という言葉がありましてね。ありますね。もう出ていけということですかね。なんでそんなこと僕言えませんよ。そうですよね。そんなこと言えませんよ。運営側のある方がそう思ってるだけですよね。そうです。僕たちはギリギリまで、心ゆくまで見てください。いいんですよ。ギリギリ追い出されるまでいればいい。僕らが5分前行動を組めばいいんですからね。そうそう、全部が出るまでにだいぶ時間がかかってしまう。そうですね。いうことになってしまいますんで、そういったことを聞いた何人かがもう335ちょっとずつね空気を読める人たちですね。スタンドの方に戻っていくとかいうことになってきますんでね、もう時間の方はもう間もなくということにもなってまいりましたけど、まだ大丈夫ですからね、ギリギリまでやっぱ自分の車をいじるとかイメチェンするっていうことも考えて、D1 マシンのこの美しい輝きがフィルムなのか塗装なのかっていうのを見比べるとかね、例えば中村選手とかは塗装のグラデーションで、そうですね。あれ自分でやってるってことも言いましょう。中村選手があの人塗装うまいですからね。あのグラデーションをそれもキャンディーのね、キャンディーグラデーションやらせたら、そうやらせたらやつはね相当レベル高いと思います。ドリフトやってなかったらアメリカンカスタムペイントやりたいって言ってましたもんね。いやでもね本当にそのレベルのような形で、実は走ってない時は塗装してますからね。そう、あれ全部自分とこの工房にちゃんと塗装ブースがあって、自分でやるんですよね、中村さんね。本当にちゃんとハウスオブカラーのキャンディーを使ってだけどステッカー一つちゃんと貼れないんですよ。あ、そういうのは苦手なの。苦手なの。塗装だけですできるのは。もうね、本当にね。その隣の村上号はフィルムというか、そうですね、あれ綺麗なね貼ってるものです。はい、村上イエロー。隣の非常に蛍光イエローが、はい。あれ加納君の方ですか。そうですね。あれも貼り物ですね。はい、そうです。バリノのボンネットにこうトレッドパターンが貼ったじゃないですか。はい、そうですね。265ちゃんとその幅なんです。ちょうどなってるんですか。265になってるんですか。きっちり測ったっつってました。すごいね。本当に。さあというところで間もなく、はい。もう間もなく終了になってしまいます。今長い列で待ってらっしゃる方はちょっとやはり厳しいかなというところでございます。間もなく終了とさせていただきます。ゲラウですね。ゲラウ。はい。終了とゲラウだぜ。やめなさいよ。終了ということになりますともう退場しなくてはなりませんので、長い列で待ってる方大変申し訳ございません。はい。間もなく終了させていただきたいと思います。ね。もうただ雨がまだねそんなどしゃって降ってるわけじゃないんでね、まだいいにはいいんですけども、この雨降る中ね、本当にセレモニーウォークの方グリッドウォーク来ていただきましてありがとうございます。もう間もなく終了となります。本当に長い列並んでいただいて、ただ下手すると並んで終わっちゃった方いらっしゃるんじゃないかなと。下田さんとかなんか特にそうですね。そうですよね。もう後ろの方最初に来て並んでそのまま終わっちゃうということになりかねないというところ、もうこれドライバーが逆に心苦しくなっちゃうんだよね。だから最後まで全員はサインしてあげたいなとか写真撮りたいなと思ってもね、せっかく並んでたのに追い返されちゃうんで、半分の人は森君のところに行ってもらっても、いや行きたくないでしょう。後に価値が出るのに写真撮っといた方がいいと思いますよ。被り物は。そうですね。男毎回違うの被ってくるそうですから、本当に今日はなんか誰が何と言おうとやるって言ってましたから。ガーガーちゃんみたいな。そうです。アヒルのはいね、全然いいグリーン。スポンサーのキャップを隠しちゃってますよね。本当ですよね。本当ですよ。もう
さあということでどうやら終了でございます。グリッドウォークの方終了とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。そして並んでらっしゃる方大変申し訳ございません。終了させていただくことになります。今スタッフの方が、退場というところで、皆さんをですね押し出す形になりますんで。なってますなってますか。もうなってますか。ちょっと寒くなりますからね。D1 ビレッジの方でトレーナーなんかも売ってますからね。あとは差し込んできましたよ。あとは T シャツ、今差し込んで着替えの T シャツ。あ、これ新しいやつ。T シャツ、あとはもうバスタオル、フェイスタオル、スポーツタオル。タオルね、あった方がいいよ。今あなた方がいなくなった隙にシートは濡れてますからね。だいぶ濡れてますもん。この新しいロゴデザインのだからポンチョも買う。ポンチョ買う。それでタオルを買っとくとこれ結構いいですよね。これだから春山に手ぬぐい代わりにちゃんとかぶしとくといいんじゃないですか。ポンチョにはステッカーもついてました。あ、本当だ。D1 ステッカーがポンチョについてるんで、これ傘より全然ね、スタンドで見る場合傘させないんでね。そういうことですね。ポンチョが非常にいいかな。ポンチョタオルが重要になってきます。というところで、はい終了とさせていただいております。すいません。退場の方どうかよろしくお願いいたします。そう長い時間ではございませんでしたけれども、本当にね、間近で楽しんでいただけましたでしょうか。長い列で待っていただいた方本当に大変申し訳ない。もう終了になります。退場の方どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございますね。お目当ての方会えましたか。どうですか。写真撮れましたでしょうか。森君に並んどけば3回ぐらいもらえたのでね。楽しんでいただければと思いますけれども、本当にどうもありがとうございました。終了でございます。どうか退場の方、入ってきたところから出ていただいて、それぞれおのおのスタンド席また戻っていただければということになりますので、ぜひですねスタンド席の方にお戻りいただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。もう本当に心苦しい。あれだけ並んでもう返されてしまうのがね、もうドライバーとしても辛いということになると思いますけれどもね。あともうちょっとじゃなくてもう終了なんでございます。川崎さん本当に誰も離れようとしません。ね、大変申し訳ございません。そして選手の皆さんもね本当にどうもありがとうございます。最後またねエンジンかけて出ていくというところまでどうかお付き合いください。この後のセレモニーウォーク、グリッドウォークがあり、そして最後はですねいろいろな宣言、対戦紹介、そして宣言、そしてエンジンスタートで戻っていくということになりますんで、どうかよろしくお願いいたします。さあ本当にどうもありがとうございました。はい、皆さんがゆっくりとね動いていただいております。どうもありがとうございます。森選手には尾藤選手が横に乗ってたんだね。そうですね、森選手の横には尾藤選手が乗ってというところでした。さあ本当に皆さんありがとうございます。はい、雨降る中ね、このグリッドウォークの方参加していただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあこの後まだセレモニーウォーク、こういった形のセレモニーは続きます。まだマシンとドライバーは全員残っているというところで、さあ今それぞれこのグリッドウォークに参加していただいた皆さんが最後までまだ並んでらっしゃいますけど、本当にね大変申し訳ございません。どうもありがとうございました。そして皆さんがいなくなるとこの雨降るこの奥吹きの中にD1 マシンがねこれだけ並ぶとちょっと壮観が赤感がやっぱり強いですね。赤感今年はね、今年は赤感非常に強いかなと。基本的には対でいうと青対赤みたいなね、そうですね、いう感じも、そこに緑も入ってきましたけどもね、ちょっとね赤が2流派ある感じですね。そうですね、あと黄色もねちょっとねまた復活してまいりましたけれども、さあというところで皆さんがゆっくりとね退場していただきました。はいということになります。ということで本当に皆さんどうもありがとうございました。この後もう間もなくセレモニーを始めてまいりたいと思います。
さあ皆さん大変長らくお待たせいたしました。ただいまより 2023D1 グランプリラウンド1奥井吹セレモニー開始してまいりたいと思います。まずはベスト16追走トーナメント対戦相手組み合わせご紹介してまいりたいと思います。まずはベスト16、1組目単走順位第1位田中聖美 VS 単走16位メクワ幸次郎です。さあメクはまだ単走ではね、本当に2周が5周目でしたっけ、全部でね4周ぐらいしかしてないというところで見事にベスト16に残った。しかし田中聖美3度目の単走優勝を果たしたというところで、久しぶりですよね。そうですね、久々は久々です。さあ続いて2組目の紹介ということになります。ゼッケン45番です。チャナポンケイドピアム VS ゼッケン77番松山北斗です。もちろんこの対戦は初ということになります。チャナポンケイドピアム S です。 S が見事に単走第8位、そして単走9位で松山北斗、このブルーのマシン GR スープラが残りました。さあそして続いて3組目の対戦ということになります。単走順位第4位カーナンバー52北岡祐介 VS 単走順位第13位カーナンバー51岩井照義です。さあ岩井照義、やっぱりエンジンは調子悪い、どんどんパワー落ちているというところですが、替えの部品がねないから大事にしたいっていう、もうこのまま行くしかない、大事に行ければというところの逆に雨がいい方に行く可能性もあるというところ、しかし乗れている北岡がそれをどうね料理していくか。ただ彼もタイヤが変わったことで少し攻めあぐれてるというか、まだまだわからないこの対戦追走ということになると思います。さあそして4組目この対戦です。4組目カーナンバー46番単走順位第5位末永正雄、その対戦相手は単走順位第12位カーナンバー87番斉藤大吾です。さあ末永正雄斉藤大吾、その対戦は過去12回9勝末永3勝斉藤大吾、実は相性としては圧倒的に末永正雄が誇っているというところ、しかし今日はこの雨の中どういうことになるかどうか楽しみなベテラン同士の対戦ということになります。さあそして5組目の対戦ということになります。単走順位第2位、これはやっぱり立派ゼッケン70番横井正史、そしてその対戦相手単走順位第15位ギリギリルーキー通りましたゼッケン93番加納弘樹です。1戦目で予選通過ってすごいですよね。もちろん初対戦ということになります。ルーキー相手にとって不足なしチャンピオン、これはもう早いうちにやっといた方がいいと。チャンピオンにはプレッシャーかかるんですかね。あの人の場合かかんないですよね。かかりません。かかりませんね。さあそして6組目の対戦です。ここの対戦も実は初、単走順位第7位カーナンバー11村上充、その対戦相手は単走順位第10位カーナンバー99中村直樹です。対戦はしたことがない新車の GR86 同士の対戦ということになります。同じ仕様、ほぼ同じ仕様ということになりますけれども、この辺り中村直樹もまだちょっとですねパワーステの不調があって、これが本当に治ったかどうかというところもありますが、さあ GR86 対戦どういうことになるかどうか。さあ7組目の対戦です。7組目の対戦、なんと単走順位第3位カーナンバー29斉藤裕二です。その対戦相手は単走順位第14位ゼッケン98番をつけるのは尾藤弘樹なんですが、尾藤弘樹のマシンは今修理中、ギリギリのところ先ほどの単走において大きなちょっとトラブルがあって走れるかどうかということになります。これはもう修理を待つしかないという形。さあそして最終8組の対戦です。単走順位第6位カーナンバー66藤野秀幸、その対戦相手は単走順位第11位カーナンバー23下田沙也加です。今のこのグリッドをご覧のように本当に一番長い列を見せていたのが下田沙也加選手、この D1 の中での一番人気。しかしやはりこの一番のテクニシャンというこの藤野秀幸相手にどういう対戦になるか、8組目の対戦非常に楽しみではあります。さあ以上8組16名、この後どういう戦いになるのか。それではつきましてこの後ネクスト10宣言参りたいと思います。 D1 広報部長であります下田沙也加、そして
そば切り広大さん、いらっしゃいますね。はい、この2人、そしてその後には、ネクスト10アンバサダー野村健さんよりということになると思います。それでは、下田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、野村さんが原稿を持ってます。あれそうですか。はい、じゃあお願いします。はい、おじさんよか女子の方が良ければ山上でももらえますよ。はい、何言ってんですか。はい、それでは宣言したいと思います。はい、ネクスト10宣言。私たちドリフトを愛する者たちはこの長きにわたってこの素晴らしい自動車文化を守り育て、世界中で楽しんでもらえるようドリフトにまつわる環境を作り上げていくことを誓います。そのための10の約束を実行できるよう新しい D1 を作っていきます。 D110 プロジェクトアンバサダー野村健と下田です。とそば切りです。はいと野村です。はい、もう、いや、いいです、いらないです。そんな回さなくていいです。はい、ということで野村さん、そして下田さん、そば切りさん、ありがとうございます。ネクスト10イヤーズアンバサダー野村健よりもネクスト10宣言を行いました。さあ、それでは野村さん、コールをお願いいたします。そうですね、もう多分いつも旗を持ってやってることを多分もう忘れてしまったとは思いますけれども、昨日のことも忘れとるですからね。そうですよね。さあ、というところで選手の皆さん、ベスト16追走トーナメントに向けてエンジンスタートです。All right, everyone, welcome back to the stream. We are about to start round 1 of the 2023 season of D1 Grand Prix. I'd like to thank you all for joining us here on the live stream. We're at Okuibuki Motor Park here. About to start round 1. If you joined us before on the stream, you would have seen D1 Lights round 3. That was pretty exciting. There's some good battles in there. But we're about to turn the boost up on that and bring out the top level D1 Grand Prix cars. A lot of new builds for this year. Some new drivers as well. Some rookies, some of the old heads out there as well. A lot of changes in the colours of the cars, the liveries, the sponsors, as you always get at the beginning of a season. Also changes in the cars these guys are driving. My name is Alexi Smith, aka Noriero here on YouTube. I will be your guide and your translator for today's competition. Also tomorrow, we've got a round tomorrow as well, don't forget about that. The track here at Okuibuki. Some people might just call it a ski resort car park, but it's a lot more than that. It is very technical. There's a lot of places to make mistakes. Don't forget, there is a big flat concrete wall on the outside of the entry of the first corner. And my mic's too high. There we go. 芝タイヤ、サポートタイヤスポンサー、ダンロップ、グッドライド、パートナースポンサー、トネ、スノコ、グラムライツ、アルティア、ATS、プロジェクトミュー、BN スポーツ、ブリッド、オフィシャルウェア、プーマ、オフィシャルアワードドリンク、奥の松酒造、メディアパートナー、ドリフトスピリッツ、三栄、以上の皆様のご協力でお送りいたします。
はいということでですね、ビデオオプションをご覧の皆さんはここから D1 グランプリの追走をご覧いただけます。ここから再開です。谷口さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっとあいにく雨が降ってまいりましたけども、もうだいぶウェットになりまして気温もだいぶ下がってきましたけども、お寒うございますね。お寒いですね。これもなんかやまない感じなんですかね、この後はね。そうですね。でもまあ半分持ってよかったと考えましょうよ。そうですね、乾燥はドライで、ちょっとこの追走だからちょっとまたね、これドライバー的な心境はどうですか、分かんなくなりますよね。まあまあもちろんそうですけども、 He's joining us now. We had qualifying this morning. 嫌だなって考えるのか、 And それと this も is our top 16. まあみんなイコールだしと、これだけウェットじゃないしと、そうですね。だったりどうせ相手は今これでチキってるはずだと、俺は全然平気だぜって思うかで、やっぱりまあその捉え方 As 自 you can 体 see, で the 変わ weather って a くる little でしょ bit うね。 more wet than we would like to see in here. ただ僕は安全 So に it 行きたいタイプ was です。 predicted to rain a bit これ earlier in the で day. 思い切って失 Sorry, 敗 it し was たら predicted 明 to 日が rain a ね bit later in 台 the 無しになり day ますから。 and a bit でも heavier. えー So at least they got half that wrong. ピンチをチャンスと考えるのか、はいはい。ね Track surface is currently ピンチはピンチと fairly 考えるの wet. か、これは大きな差ですよ。 We may end up with a 谷口 dry さんも明 line. 日の米田代もらいま If す it ね。 doesn't あ keep りがとう raining, ございます。ちょっと which will 後ろの really スタ make ッフ things にこの interesting. 1600円俺にくれって言って、 1600円はこれ明日の米田いいの食べれますよ。アレクシじゃない、あれ今このアレクシの隣にいる Hello. スタッフにね、 Pussy? 1600円ちょうだいと米田代。 D1 グランプリの追走の審査さあでこの後追走審査なんですけども、追走審査をちょっとまとめたものがありますから、それをまずは皆さんにご覧いただきますんで、こちらからご覧ください。それでは Come こ watch the こ live で stream D1 グラ now. ンプリの Here's 追 the 走 link. の審査方法についてご説明いたしま There we す。D1 グランプリでは追走もトスに基づいて判定 So を how 行っ is てい D1 きま Grand す。 Prix judged? まず Well, it's 単 judged 走 by と同 the 様に computerized judging 1 system セク called ターから DOS. 5セクターまで先行 Each of these 後 cars 追い is それぞれ fitted の走 with 行 a の little ドストップ GPS 点を計 device 測しま which す。 relays the car's speed, 同 line, 時に angle, 後 etc. 追いの back to the 車の central 接近 judging 度に computer. 応じてセクターごとに接近ポイントが与えられます。 So how can you win 下の a 段の D1 白い数字 competition? がドスの Well, ベ you ース need 得 to 点。 have higher points than the other 青い guy. 数字が One 後 car 追い車両 leads, が one 先 car 行車両に follows. 近づくこ They とで chase 稼い each だ other 接近ポ and イントで change す。 positions. Whoever had the 接 better 近ポイント score は out of セ the クターごとに two 与え lead られ runs 通 and 常 chase 1セク runs ターごとに2ポイント前後 is the one す who べての moves セク through. タ It's ー a 合 top 計で 16 10ポイントか battle ら format. 12ポイント程度が設定されます。 The course here today. 赤い数字はコースアウトなどの Lead 減 car 点ポイ needs ン to ト keep で it す。 on the 前 track. 後 If 入れ they 替え drop を a 行 wheel い off, they'll get a 2本の合 penalty. 計点 There が are こ zones の on 黄 the 色の track 数 that 字 the で lead 表 car 示され needs to put their こ body こで work 勝負が through. 決着するわけです。 If they don't do that, they'll get a penalty. Chase car 前 is の車 free に合わせて to 走 follow る the 追 lead 走 car とい through う the 競技の course. 理論上 They are allowed to cut 先行 across 車 in よ the り inside like 後 we 追い just 車 saw が there. ドスで上回ることは非常に難しい So こ what's the と reason で for す。 that? Well, we want to see そこをなるべく前の door-to-door 車に合わせて drifting action, ほぼ同じ side ド by ス得点を side 稼いだ上 parallel で drifting. 相手の車に接近してポイントを稼ぐ。 That's what makes drifting それ look が cool, 追走で and 勝 that's ち what we'd 抜く like セ to オ see リ here ーなので today. す。またドスエラーがあった場合には人間による映像判定に切り替えます。もし2本目でドスエラーが発生した場合には1本目がドスで取れていても改めて映像判定で点数を入れ直します。はいということでございまして、どうでしょう谷口さん、ご理解いただけましたでしょうか。全く聞いてなかった。全くですか。はい。ドスはドスなんですよ、うん、この追走でも、うん、であとはその先行は先行のもう単走と同じいい走りをして、はい、それにどんだけ後追いが合わせられるかっていう、はい、でポイントをどんだけ取れるかっていう、はい、ここもまた駆け引きがいろいろあるんですけども、うん、まずは多分ね駆け引きもあるでしょうが、この路面でうまくミスらず、自分
分の走りをこなせるかでしょうね。それまでさっきまでのドライのリズムとかイメージが残っちゃってるから、体がドライになってるとか言いますもんね。そうだから先行側に、先行まず一発目の先行行くのは、どこから振り出してどれぐらい踏んでいってやろうか、っていうところと、後ろは前のやつについていけばいいやと思うけど、
前の人がそのまま壁にぶつかったら後ろもそのままぶつかるからね。そうですよね、それはもう最悪ですから。はい、谷口さん的にそのドライとウェットの走らせ方の違いっていうのはどういう？やはりね、よく見せたいのと、安牌に行きたいのがあるじゃないですか。だからやっぱり、飛び込んでいって車を吹っ飛ばして、コンクリートに寄せていってってことはしないと思うんですよ。しないですよね。もうとにかくアクセル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 で行きたいはずなんですよね。なるべくリアトラクション抜かない、切らさない、持続させたまま。そうそうそう、SDGs なね。そうなんかな。違うか、間違えたか、逆ですよね。そうだね。ずーっとつないで、なんとか姿勢乱さずつないでいく So の all が the 大 cars 事ですよね。 have come off the track. We just had a little pit walk session there before where all the drivers and their cars were out on the track and the spectators could go out and get autographs, get good old selfies and things like that. Apparently, the longest line out there belongs いや、これ見てみないと分かんないですけどもね。谷口さん的には対戦でどれ注目みたいなのあります？ Quite popular and also made it through to today's competition. So we'll be seeing her out there today. それはもちろんどんどん勝ち進めば、ちょっと先のことも見据えてね、予想されてましたけど、まあ僕の中では今日こんな展開かなっていうようなまあ予想してますけど、すでにね。So just a quick look at who is out there today. Now today's top qualifier, Semi Tanaka put down a banger of a run. もうね、書き込んではるんですよ。 He's up against Kojiro Mekua. これね、こういうトーナメント表が、そう、こういうのがあるんですけど、もうこれに、いや、ここもちろん白紙じゃないですか。ここにも谷口さんね、予想を書き込んでるんですよ。はい。I have one too, but it's taped to the desk. Because it gets a bit windy up here, I didn't want it to blow away. I've been cases before, especially because we're up here. We're actually up about 8 meters in the air on a そうですね。これだってもう kind of ボールペン wobbly に書いてるから scaffolding. 消えないよ。はい。消えない。消せませんから。もう一 I 枚 don't want to look at the gaps within the wood floorboards. Also, look at these guys in front of me. They've got these like nice bride seats. Look, these bride こっちで書きますわ。じゃあ。まるで予言したと office かって言いたか chairs. っただけ I'm な on ん like だ a でもこれ結 you know, 構 stackable がっ something つ you り got at your 当たってそ school. うな感じもしますけ hall, you ど know?、あ、そう。尾藤が出れないんですよね。 It is a bit chilly. I came here this morning. I was just wearing a hoodie this morning, but I had to go back to my car and get my jacket. ここのサイトはもう合 Once っ it てるわ started け raining, it got a bit cold. 合ってると思います。 That's okay. Cars perform better when it's cold. 1個正解。 1個正解。 It's not great for the crowd. 今 Also, funny thing about Japan too is they 雨 don't はまだまだ降ってて、これでウェ they ッ don't トケー allow スっていうのが決まるんですね。 umbrellas. あ、ドスのね。ドスはい。のドライのまんまの You know, 点 grandstand 数だ seating. と They 辛くなっ they ちゃうの no で。 matter where you go, 速度が please 遅くなる don't から use そうなんです umbrellas. よ。で、ウェッ So トケー everyone's スってい sitting う out のを there ね、 with この後審判が with 決めて、 raincoat それによって or a ドスが poncho. だからさっきより得点は落ちると思うんです。その単走よりは。はい。でもそれはもうウェットケースがかかってるんで。まあでもとにかく先頭はドスのいい点を出そうと頑張ると。そういうことです。これ何？ウォーミングアップですね。So this is the warm up, and the first check these guys have had here all weekend. いわゆるトップとビリですね。All week actually, because they were out here yesterday and the day before doing 16位ギリギリ通過がメクワとなってま for す。 today's competition. The first chance to drive this course in the wet. It's always fun. 谷口さん、こ All of の a sudden, all ウ your ェット1本走ったぐら all いで your 分かる tire もんな。分かる data 分か and る。 everything 分 is かる just going out the window. わかるし、どんだけ Especially for 今 a guy 情 like 報 this, を Kojiro 収集できるか。 Mekua is out there in this nice new E92 BMW. すげえな、これで。 Barely got this car together in 読まな time. い So とい this けない。 is probably the first time this car has ever 今ね driven in the wet. So あ I あ、な can いやつもう guarantee ちょ it's っ the とこう first して time け this ばよ car か has っ ever た driven と in か言い the なが wet. らね、ダンパーもうちょっとこうしてけばよかったっつって、ダンパーぐらいなら今裏で So other drivers in our top 16, we have 空気圧を Semi Tanaka 抜 and くのか Mekua 入 in れ this る one. のか We have from Thailand, S. 迷うよね。抜くと路面と接する面が多くなるから Yusuke Kitaoka, the どうなるんでしょう。 JX100 Mark II driver 通常よ against the ドリフト大会 FCRX7 今時のドリフト driver. ドライでや Teryoshi る場合ってみんな空気圧をめちゃく We ちゃ have 下げてる。 Masao Suenaga versus Daigo Saito. That should be a good one. 非常識 Masashi 下げてるわ Yokoi け。versus Kano, one of our new 本 drivers. 当これ見てるからといって真似しないでほしいんですけど、 Bit 一 of a 般の方 baptism が of fire there 本当に for 1キロ Kano. 以下とかにしてるんですよ We've ね。 got Mitsuru Murakami, he put down a banger of a run at a brand new
GR86. 高くても1キロぐらいだと思うんですよね。アリエイト He's レイ against ジックさん、あり Naoki がとうござい Nakamura, who ます。 also built up a banger of a GR86 for this season as well. これ That should be an 3080 interesting 円。 battle of the brand new GRs. この3080円の方はちょっ After と that, we have お礼言わ Yuji ないと。 Saito versus Hiroki Vito. And Hiroki Fujino versus 米田ブレン Sayaka ド台と白 Shimoda. のある何さん So interesting top 16 coming up. しもやんしもやんさんしもやんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、ウェットの場合がちょっと知らないんですよ、僕、みんながどれぐらいの空気圧とか。何やつどうしてるか。普通はよ、はい、タイム出したかったり、グリップ速度とかだと上げるんですよ。上げますよね。Commentary, Japanese そ commentary れ too は loud? Okay, I'll 雨 turn の down a ハイ bit. ド There ル we 対 go. 策で、はい、この水をこう How's that? 広げておいた方がいいとか、空気入れて、はいはいはい。空気入ってないとタイヤって Sorry, my monitor is 絞って not ますね。 ideal for 広がりますよ。 balancing the ハイドル sound. 対策にも良かったりするし、ああ、なるほど。あと Just let me know. 発熱もね、はいはい。 I can read chat, by the way. I'm reading 張っ chat. てた方が発熱が早いんで、 If I run out of funny quips, なんだけ I'll ど、 I'll 今日ここ refer にい to る chat 選 and 手たちは say something that one of 知らな you い say something funny that one of you have said. Just claim as my own. 誰か選手の気持ちが分かるそこにコメントくれると嬉しいんだけどね。で、どっちが勝つかとか予想してもらってもいいですから。あ、そうだね。そう、誰が優勝するかとか。お、ことぶきチャンネルさん。辻君以外に米田大なんでやねん。なんでやねんほんま。辻に辛い。2000円。 Yeah, look, that's where all the good jokes come from. Is the chat. クイズっていうのもやってるんですよ。そう、でもでももう締め切ってます。はい。だからそれ当てて。 All right, let's get this started. First battle. Semi Tanaka in the right lane in the red S15 Silvia. He's against Kojiro Mekawa in the E92 BMW, brand new build for this season. He'll be in the chase. さあいよいよスタートです。 New livery design for both of these guys. All right, here we go. They gingerly make their way from the start line. Remember, the track surface is still slightly wet. You can see the wipers running. All right, here we go. All right, we're starting off with violence and aggression already. Semi Tanaka getting a bit of a smash in the rear there from Mekawa, but unfazed, keeps it going. No flops here. Keeping it between the white lines like the lead car needs to do. Remember, lead car needs to keep all four tyres between the course limits and on top of that, at least past the bodywork of their car over the zones that are on the track. There's 3 zones. One just about as soon as we get to it. Remember, this is slow motion. It's going to take a while. He did miss the outer zone there, though, as a result of that little tap there. Is the inner zone just there? He may have missed that one as well. So that actually might be 2 penalties for the lead car. And another zone, outer zone just there. Now the cars don't need to travel through the entire zone, as you've seen elsewhere. They need to go in and out of that zone, either the beginning and wherever they like, but as long as they tap that zone, it's okay. ごめんね、しょうがないからこれ谷口さんに。また谷口さんによ。ことぶきさん、そんなに何回もいいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お車載の解説。お。これは整備の方です。ゴーンって今やられて、でも耐えた。やっぱね、見ても分かるように、やっぱフロントのグリップも下がってるから、セルフステアがちゃんとはなんか自分が回さないといけない感じにもなってるね。ああ、なるほど。フロントのグリップがちゃんと出てたら、車のこの姿勢に合わせてこうセルフステアって結構勝手に当たっていくんだけど。So obviously right in front of me here we've got regular commentator Tsuji. Also he's here this weekend with Taniguchi, doing a lot of explaining of all the technical points. I wish I had someone next to me so we can kind of banter back and forth. I don't know, maybe in the future rounds we can do that. まだカウンターがいっぱい残ってるところだからよかったですね。でも今このヘッドバットがもうすごいですね。はい。バンパー。So speeds slowed down a little bit here due to the wet conditions. これはね。でもね、本当ね、
ちょっと意地悪な人だったら、もうあれで余裕でスピンしちゃうんですよ、前の人。やめちゃうパターンね。はい、当てられましたよ、当てられましたよ、今当てられた、当てられたってアピールしながら、はい、スピンして、はい、10-0ねとみたいな。小田ジョリギリ小田ジョギリ CZ さん。17歳 they're getting super chats that they're reading. 100円じゃちょっと。17歳男子。2メーターぐらいしか進みませんけど。いやもうほぼ進んでへんやん。I'm about to start deleting people from chat, honestly. さあ田中聖美は今スタート地点向かいますね。So just saying that it's a few things to notice about the wet conditions is because most of them would have lowered their front tire pressure slightly for more grip. The downside of that is the self-steer effect of the car as they flick back and forth is a bit lower. So they have to work the steering wheel even harder in these wet conditions. ガムテープをこうビービービーとね、切ってね、ある程度広げた状態 Also の on top of that too, これぐらいの幅じゃなくて、なんかもう6本くらい the fact that Semi Tanaka didn't just flop when he got smashed into the rear there by Mekawa. So pretty good. 絆創膏って言うんだけどさ。A pretty good indication of his character. It's not just going to, oh, I was hit, and flop down like a soccer player. これは当てた分のマイナス5 Look at 点 the score there, 86 to 俺が当 79.5. てられたかったらマイナス5なんかでお前許すなよ。 Now, don't forget, the way that these drivers are going to win these competitions in D1 Grand Prix is that little box there with the blue numbers on it. That's your proximity score. 点入ってるってことですよね。でも点差は結構あ The る。 more proximity points you get, 普通にセミが行けば、 the better your chance of winning overall. なんか大きなミス So し the なければ。 closer the cars are to each other, the closer the chase car is to the lead car through each of the sectors on this track, the more points they can get, the better chance they have of winning. Okay, next run now. This time, Mekawa in the lead, being chased by Tanaka, who has the advantage. So all a bit of understeer there from Mekawa. All Tanaka really needs to do is just keep this nice and clean in the chase. Because I say that's all he needs to do. All right, let's just remember that Mekawa just barely got this car together. There were meant to be 2 cars in this team running in today's competition. There's actually 2 identical BMW E92s sitting in the pits. The other one, oh my god, the other one is missing engine, gearbox, most of the interior, basically everything apart from everything apart from the shell and the wheels, and it's a rolling shell basically. 車載見ましょうか。見ましょサイドカウンターでクラッチもんでみたいなね。左足が忙しいよね。前の車に合わせて駆動を切ったり繋いだり。はい、駆動ね、ここで一回当たりそうになりましたからね。危ねえっつって。で、ドリフトってね、はい、バランス There ゲー goes a bit of a ゲームで、internal shot there. It shows what the course looks like right now. So the upside of the weather right now, not glary at all. The sun, even though it is very mountainous around here, the sun kind of can get in the way of the drivers, especially with all the smoke that we get here at Okuibuki. やっぱりその使える幅がね。違うんですよ。単純にカウンター量が切れる量だけではなくて。So hopefully at round 3 in a while we'll be able to see this team of 2 E92s, one driven by this guy here, Mekawa, the other one being driven by Koji Yamaguchi, an identical pair of cars. とにかくその車の
ストライクゾーンっていうのかパワーバンドっていうのか一番いいとこですよね。Mekoは of course known for driving a 180SX。っていうところが広い方がこういう、路面は絶対いいんだけど、さっきのメクアのはちょっとやっぱりフロントの設置もちょっと足りなかったり、リアの抜けもちょっと不安だから、出しきれずでアンダーになってっていうなってるよね。なるほど。何言いたかったのかだんだん分からなくなってきましたけど。だからそのマシンによっては Meko minus 12 there, yeah, big straightens. そうだね。でもね、タイヤ in の the 要素も大きい chase, から、この路面 so でや it's っ going ぱ to give り him a 66 overall. グリップがドライより下 So が I っ think た fairly ら obvious there. Score there, 172 to 145.5. Winner moving through. Semi Tanaka, today's first place qualifier, がいいよね。おお、ワイパー早いね。 takes his first win. S だ S。S。はい。ワイパー早いね。早い。ほんまや。なんでこれ谷口さんこんなワイパーでいけます？俺はあんなしないタイプ。俺はワイパーいっぱい使うとやっぱレイン X が取れてきちゃったりとかさ。ね。なるほど。ゴムが熱持ってさ、窓になんかこう抵抗になりそうじゃん。なんかでも後ついてますもんね、もうね。あんなんこすったらさ、早いなこれ。温度上がるであれゴムの。そんな振ってないけどな。そんな振ってはない。They're just talking about S's. So by the way, S, he's it says just S. It's one of our international drivers here this weekend. Of course, S has driven in D1 Grand Prix for quite some time. Had to take a bit of a break due to reasons, worldwide reasons. I'm sure you all know about that. Actual name Chanapom Kurtpiam. Everyone just calls him S. He's back again for the 2023 season. And they're just talking about how fast his wiper is. It is indeed very fast. He's being chased in this first run by Hokuto Matsuyama. Matsuyama's car with that brand new prototype style central wing there. It's kind of an interesting look to that car. Already getting in there before the first outer zone. A lot of accelerator work going on there. Look at that. Front brakes lock, rear brakes lock. Proximity points. Proximity points there for Matsuyama. Let's see how many he gets. 褒める以外ないでしょ。あっぱれでしょ。この状況でね。いきなり一発目で。It's a very clean run. This goes to show how good these drivers are. All of a sudden, first drive in the wet. And it's at full noise. Matsuyama. Great control of this big Supra. そっちの北斗じゃないですよね。これはどれぐらい取ったかですね、これ。後追いで。結構早い段階から詰めてましたからね。坂降りたところからもうビタビタでしたね。結構近かったですよね。S がこれと同じことをやり返せるのか。多分ね、これを北斗がしくじり失敗さえしなければ、ひっくり返すことは不可能だと思うんですよ。だからいいとこ、サドンです。はい。あ、ここはね、サドンですないっす。ないの？はい。聞いてないよ。ないっすよ。その場合は先行の時のドスの得点が高い方が。ってことは、どっちが上？いやこの今の単走ランクだと単走ランクは8位9位なんで S の方が上なんですけど。そうだね。この走った時の先行の時の得点です。ああ、なるほどなるほど。はいはい。今の S のこのドスの点ね。ドスの点とこの後の松山のドスの点でもし同点だったらですけど。みんなすぐ早く帰りたいからサドンですやらないなんて。違いますよ。ここはないだけなんですよ。早く帰りたいから。All right, so let's see what sort of score we get from this run. Should be interesting to see what kind of chase points we get for Matsuyama there in the Supra. どんだけ取るか、後追いが。まあまだあれだからね。Because even before the first corner, he was right on the back of S's Sylvia. これ1本目ですからまだ。That was only the first run. まあでも今日もあれぐらい。お。 There we go. 7.5 proximity points. Not too bad.
86対 94.5 で 7.5、あれで 7.5 ポイント取るって感じなんですね、あの後入れ。 So an 86 for S's lead それも run. だし、 94.5 S のポイント total score in the chase. から That's a big gap. That's a lot to make up for 前に合わせて going into the chase. ゾーン1取ってなかったし、はい、そこもマイナスされてるはずです。さあ S 同じぐらいいかないとってことですから。Okay, second run between these two. Lead car Matsuyama already with a big advantage. 入れるか。 S in the chase, not quite as close, but he's still doing well. Oh, he's getting right on the door. Coming through zone 1. Let's watch the flick back to see how deep he can dive in here. Oh, he starts to fall back a little bit. Matsuyama all the way out to the zone. Still though, S right with him. Switch back and over the finish line. これは結構取りましたよ。はい。今松山ゾーン1取れましたかね。ゾーン1ギリかな。ゾーン2結構ねギリだったよね。はい。All right, so keep it on the super here. Did he hit that zone on the outside? すごいの S。Maybe. ゾーン1取れてない。だからね S も通ってなかったわ So け。 we do have a judge keeping an eye on that sort of thing. 勝負になりましたね。Remember, there's a huge gap under the rear of that Supra. 分かんなくなりましたね。はい。僕だったら、はい、サードンですと言いたいですけど。いやこういうことになると1本目のやっぱりその。It's definitely a rule dodging rear end on that Supra. But it may still count, so I don't think he's going to be getting a penalty for that. どうですかね、これは。結構2台ともいい感じでしたよね、後追いね。どちらも。あ、今リプレイ映るかな。これは審査員がもう一回見たいと言ったのかな。ギリギリどうなんやろ。まあバンパーは通ってるんで。はい。So, yeah, Taniguchi saying the same thing. It doesn't look like the car went over the zone, but the fact probably is that the bodywork did. It's about as close to being not a bumper as you can get. Oh. All right, there we go. Lead run Matsuyama at 91. So no penalty for Matsuyama 91. マイナス5。このマイナス5。Minus 5 is. マイナス5。フライング？あ、フライング。後ろにフライングなんかあんの？ああ。別にフライングじゃないやん。Ah. Okay, so someone in chat actually did point that out. That minus 5 S did jump the start. Somebody noticed that in chat. I wasn't sure until until we actually got the penalty. So there's the overall score there, 173 to a 185, 0.5 for both those. Winner of that battle, Hokuto Matsuyama. Still a good effort from S. There's the score again. Unfortunately, a minus 5 for S. He jumped the start. So someone did notice that. ちょっと先に動くのはありだけどな。ありか。前の人邪魔するようなフライングはダメだよ。そうですね。邪魔してないし全然。結局は勝負するのはMaybe the wiper was causing some sort of issues, like aerodynamic issues. I don't know. ルールですからね。フライングということなんで、これで勝ったのは松山北斗と。はい。お。谷口さんの当たってるじゃないですか今のところ。言うな言うな。All right, next battle about to start. This is Yusuke Kitaoka, JZX 100 Mark II. He's up against this guy here, Teruyoshi Iwai. 今も北岡はスタート地点、そして岩井が今スタート地点入ってきます。この2台はどうですか？これフランチャイズですか？これは北岡有利か？間違えた。FC。So I noticed this morning. A lot of red in the field in 2023. A lot of cars have changed their
their color schemes to red. Of course, that does have a little bit to do. So a lot of the tire sponsors here are red. Valino, also Shiba Tire, red. But EY, of course, still has that classic 80s look on this FC. 角度いい北岡。角度深いですね。 All right, nicely done for the lead here, Kitaoka. Watch the flick back. ちょっと離れた。ああ、岩井浅い。Chase car, EY very shallow and still not catching up. If you're going to go shallow, you're going to want to go fast. If you're shallow and slow, that's the worst combination of those two things. Kitaoka working very hard. まあモーションを起こすまでは北岡が遅いんですけど、サイド引いて横向けてからもうアクセルす So ぐ入れちゃうの Kitaoka, で、 notice his entry was very そこから late. 先のトラクションがあるんですよね。そこから早かったですよね。 He was just trying to keep it a little bit safe on the entry, make sure that he had the weight of the car on the back, the grip down on the rear そこでやっぱ離れちゃった分がもう取り返せず to で get すよね。 through だからやっ that ぱ big り long 今のと sector ころは 2 北岡 sweeper. の方が優勢なんじゃないかなと思いますね。こう振って降りてきたもんね。はい。後ろが渋滞しようが知ったこっちゃねえぜと。はい。それで追いつきましたからね。岩井も。 Alright, score there 91 for the lead car, the red JZX, Kitaoka. Chase car 85.5, that's with 2.5 proximity points, yeah, so not that great for Chase car EY. そうですね。だから近づいて取るポイントは角度浅かったらドスの点は低いですからね。だから近づけば5点ぐらい取れるってこと？まあ同じ角まあいやその角度浅めでも後追いがね。はいはい。いい走りしたら、後追いポイントっていうのが何点ぐらい入るもんなの？フルマークで12入ります。そんなにあるんだ。全部いったら。おお、なるほどなるほど。入り口から出口まで。はい、全部いったら。勉強になります。そうなってます。さあ入れ替えです。Alright, next battle, change positions. This time EY is in the lead. Kitaoka with the advantage in the chase. Oh, he's already getting very aggressive. Kitaoka, a bit too deep maybe. Oh, he's going to throw this away. No need to do that. He's trying to make up for it. Look, he's already caught back up to EY. This could have been a perfect tandem here in the first corner in sector 2. 先行より後追いのが先に振っちゃう。そうちょっとねいい感じに追いついていったから、もうね調子こいて先振りしちゃったんですよ。Lead car did miss that zone though. I think the problem there, now you got to remember in that first run, Kitaoka did initiate really, really late. And even the Japanese commentators pointed that out. Now in this run there too, Kitaoka initiated really early, and he initiated even earlier than lead car EY did. Now he should have known that EY was going to initiate late because of these wet conditions. Lucky EY ですね。EY さんは良かったですよこれは。So EY did nothing wrong here. Yeah, look at that. Very obvious from the internal view there. He initiated way before EY did. もうこれはこの時のドライバーの心境はもう、ごめんなさいですよね。言うてるわ。ですよね。 That's unfortunate there. Kitaoka, what he did there was he wasn't driving to the other car. He was just driving for himself. いやこれは。 Now that's definitely not ideal in these conditions. In the wet, you do need to pay double the amount of attention to the lead car. さあもう映像が次の対戦が出てますけども、先ほどの得点はまだ出てないので。
Still did a good job to keep it off the lead car. そうですね。そこでもうドスの得点0点になっちゃうから。なんかまだ確認してるんですかね。そうですね。はい。まあ両者落ち度があるってことだと思うんですけど、はいはい、その後はずっと近かったのにな。さあどうなんでしょう。 All right, so next drivers which are heading out, we just saw the warm-up there. Masao Suinaga and Daigo Saito in his Supra. Okay, there's the result from that second battle. Kitaoka 45 to 85. 40点ですからさっきのは回っちゃうと。 So 40-point difference in that run. Yeah, that's not ideal there. And Iwai gets the win. There you go, 136 to 170.5 overall score. That's all on Kitaoka. That's all on こういう him. ことがあるわけですよ。そうですね。これが D1 なんですよ。調子こいたらすぐ調子こいたんかどうかわかりませんけど、やっちゃいました。これは来た。好カー All ド right, です we're よ。 about to start our second battle. Actually, we're getting straight into it. 来た。 Suinaga, 面白そう。 the blue S15 with the green trim. That's Suinaga. Versus the burnt orange A90 Supra. As Daigo Saito is in the chase for this first run. All right, here we go. First run, look at Daigo, he's already on his door. We got a bit of a round of applause for that run there between these two. ね、進入が角度がついてないじゃないですか。はい。So lead car. 距離感自体はすごい近いですよね。めちゃめちゃ近かったですね。 Suinaga initiated at a pretty good spot. Daigo took a little bit longer to get the car sideways. ウィングが触れてるかどうか。谷口さん、このアンチラグのこのパンパン鳴ってる音はこれ何なんですか？わからない人に説明すると。Google で聞いて。いやいやいや、今。今？はい。ね、なんかアンチラグってだけで、はい、ラグがないんですよ。ない。このパンパンいう音。エキゾーストマニホールドっていうそのエンジンから出たところに、はい。All right, score there for the first run. Suinaga 87, Daigo at 90.5. So pretty close there. Daigo getting a 7.5. For proximity points, that's not too bad. That's about the right sort of scores compared to what we saw before with Mekua and Semi. 常にもうターボブーストが上がってる状態。ゼロより不圧側と制圧側が上がって、常に制圧側にもうブーストをキープしてて、かかってるっていう状態です。そうなんですよ。だからもうクラッチもみもみがいらないんですよ。だからそのパンパンもその音ってことです。パンっつってる間にターボをすごく回してて、ターボラグがない。So this is still anyone's battle here. Daigo Saito versus Masao Suinaga. アンチラグ。入れ替えで先ほどのはね、There's a whole lot of anti-lag going on out there right now. 7.5ポイント斉藤大吾取りました。 Here we go, second run. Oh, and Suinaga goes for a dive in. Daigo loses his angle. Was the course condition already changing? Well, Suinaga dives in. I don't know if he's as close as Daigo was to him.
これわかんないですね。D1 は Two clean runs back to back. インチョロ And 周 watch りという this, か watch the lead car. Daigo Saito to the Supra. Angle. これ OK なんですけど Starts to straighten up again and flicks it out again. Now the DOS does not like that. That sort of thing is scored fairly badly. 言われるんですけど That said though, the rest of the run was pretty good. インチョロ周りで落ちてるだけだとか言われるんですけど D1 は全然問題ないですよね。それで結局でもドスの点は伸びないけど、距離は稼げるっていう。でも後ろはドス見てないでしょ。後ろは見てないです。だから後ろの人がこのイン側を走って追いついていくじゃないですか。ラインちっちゃく走って、先行はアウトゾーン取りに行かなきゃいけないから、まあ容易に追いつかれちゃうじゃないですか。そうなんですよ。だからね、追いつきやすいんですよ D1 の方が。詰めやすい。Oh, there's some good and bad points of both of those runs. That huge mistake on the entry there for Daigo, though, that's not going to be very good for him. Just got to say, hopefully for him it's in Sector 1, which is scored 20 points overall out of the total 100 point. Watch this. Okay, right there, steers out of it, steers back into it. It doesn't look quite as bad from inside of the car as it did from the outside, though. So Tsunaga only 4.5 proximity points. However, though, overall score much better than Daigo's, and there's the score there, very close overall score. Masao Suinaga with a 179.5, Daigo 177.5. So I think that huge loss of angle in the entry there could have given him the win if he didn't slightly straighten and then flick the rear end out again. So winner of that battle, Suinaga. Daigo out for the day. We'll be seeing him again tomorrow for round 2. さあこれで半分の山が終わりましたけども、半分見せますこれ？見せません。見せない。見せない。結構当たってますけどね。北岡の部分ですね。All right, we are halfway through the top 16 here for round 1. Our next battle is Masashi Yokoi versus Hiroki Kano. 谷口さんは当ててるんですよ、ほとんど。ここ当ててるでしょ、ここも当ててる。ここだけ外して、ここ今の当たりました、また。Oh yeah, we saw, see this, what Taniguchi is showing right there. He made a prediction of the battles. 今ここまで来てて、今度こっち。 So we haven't done, we're about to start the second half. Taniguchi's actually written out the full tree. The full battle tree as to who he thought was going to win. And I had a look at it. I agreed with the first half. I don't agree with the second half. ゾーンは見てないんです。通らなくても大丈夫。なるほど。はい。 We'll see. We'll see if he's right or I'm right. 年寄りには字が小さい。ごめんね。ちょっとちっちゃいよね。ただスクショしてもらってこうやってギュッギュッと広げてもらって。そうそう。一回取って。 If you're just joining us, I'd like to say welcome to D1 Grand Prix 2023 season. Live stream here on the Video Option channel. We are currently doing the top 16. We're halfway through the top 16 battles. We'll be going through all the way until the final. So non-stop action from now on. さあこれはもうシリーズチャンピオンに次は And this is our next battle. As you can see, the surface conditions wet, just slightly wet. It's not full-on rain, but enough to wet the road and force everybody in the crowd here today to put on either a raincoat or a poncho or something. 不安だと思うよ。横井からすると。でも絶対練習走行とか見てますかね。見てると思う。そのチームがね。Okay, next battle, Yokoi versus Kano. ただ雨だったからまたわかんないけど。Yokoi will be leading this first one. でも先行まずは横井からですからね。Yokoi, multiple champion. Just look at that rear quarter window. The amount of gold stickers on there. Let's see what Kano can do up against him. お、でも近い。 So Yokoi blue with the red trim as compared to... Oh!
And a spin on the first corner from Kano. It just goes to show you the amount of skill that these guys have. The ones who have been here for a while, the top D1 Grand Prix drivers. As we've seen in the previous couple of battles, under full control all the way around. Kano still new to D1 Grand Prix. Let's see where he went wrong. So watch the lead car. Lead car flicks one way, flicks the other way. Kano just a straight handbrake entry. It's a massive difference in style of entry between these two. So even in these conditions, Yokoi goes for the little Scandinavian flick, just using the weight of the car to his advantage. Kano though, just a straight handbrake pull. やっちまいました。まあやっぱり相手が横井チャンピオンなんでね、はい、思いっきりいかないとそう簡単には勝てないじゃないですか。そうですね。でやっぱ追走って、はい、先行がポイント取るもんじゃないんですよね。そうなんですよね。後追いの時に、はい、ポイントを稼ぐもんなんで、はい、まず後追いから始まったから思いっきりいかないとってところですよね。確かに。やっぱり先行有利って感じですか。いやいやそんなことない。そんなことないですか。どっちからやるでも同じ感じです。And there you go, nice straight 90 there for Yokoi on his lead run. Kano 60.5, only 0.5 for proximity points. That would be right at the start of Sector 1 before he spun out. タイヤがいい状態の時の方がトラクションがビタビタ寄せやすい気がするから。なるほど。ちょっとでも。そうそう。タイヤのドリフト1本目より2本目の方がちょっとタイヤのグリップがちょっと下がってくるでしょ。グリップがいい時に寄せたい。Right up to the start line. 後追いで。Yokoi running this S15 Silvia setup very similar over the past few years. You know what they say, if it ain't broke, don't fix it. He still performs really well in this car. 鹿児島で自信大丈夫でしょうか。Looks like one of Kano's crew there dropping tire pressures. そんな自信でかいの Can be a cause of spins if you're running too much tire pressure. でけえ。大丈夫でしょうか。So when you adjust the tire pressure, especially in these wet conditions, you risk unbalancing the car even more. あ、だいぶ遠い島だ。島。あ、本当南の方。さあこれで入れ替えも。横井が回らない限りは難しいですけども、だからもうこれは横井見るでしょうね。それはもう、ね、これをリスク承知でビタビタに行くのは避けるでしょうね。いかないですよね。とはいえちょっとペースが、はい、違うかもしれないんで、勝手にビタビタになるかもしれない。And here we go, second run between these two. Very similar setup, 2JZ S15. This time, Kano in the lead. Will Yokoi just get aggressive from the start, or will he back it up a little bit and wait for Kano to make a mistake? So Kano, this time going for the little Scandinavian flick entry. Oh, looking much better this time. Kano in the lead, but Yokoi right there with him. Oh, Yokoi transitioning at the same time, but not diving forward because maybe he can see that he can catch up with Kano. Oh, Kano spinning over the finish line. Let's watch this run again. Watch the lead car. This time goes for the little Scandinavian flick. A bit more confidence this time, maybe. Maybe his spotter got in his ear and said, look, just attack it like you would normally. 詰まっていきますよね。前を走る車が早く行こうって気がなかったね。ここでちょっとわざとゾーン2から先を。Watch this. Yokoi flicks it back but doesn't dive forward too hard.
Just waits a second, lets the lead car get settled, and then sneaks up to his door. So Yokoi taking a safe approach to this chase run. And there we go, 85.5 to 72. Kano losing 10 points, spinning after the finish line. That does actually incur a penalty. You're not going to lose, you're not going to get less points for your drift, but you will get a penalty, unfortunately. The reason for that is to stop people from trying to cheese extra points out of the DOS system by going over the finish line sideways and then spinning out. You do need to be under control as you go over the finish line. So winner Yokoi moving through to the best 8. そうですね。GR86 同士ですね。はい、あ、そうですよ。しかも All right, here we go. Interesting battle here. GR86 going head to head. Also, both of these brand new builds for the 2023 season. Murakami there. Even in these overcast conditions, this car is eye-burningly bright. My retinas are in need of attention after looking at this car. And he's going to be chased by Naoki Nakamura, who's also in a 2JZ-powered GR86. Because last season he had the supercharged V8 S13. This season, the GR86 back to running a 2JZ. They're going to head out for a warm-up run now. Naoki's GR86 sounding like New Year's Eve there on the start line. Naoki doing everything he can to put as much heat into those tires. I guess he feels that that's the better thing to do for him. He did a big burnout on the start line, and right at the end there, he was doing a bit of a slow rolling burnout over the finish line. 要はスピンしそうというよりは、いつもだったらどんなにやってもスピンを絶対させないっていう自信を持ってそうなんだけど、 That loud banging sound is the anti-lag that he's running. ちょっと今日はなさそうですね。なるほど。スピンしそうとは思わないですよ。どんなにズバーンってやってもなんとかこうそれでもうまく合わせてくる感じの自信を持ってそうなのがちょっと不安がありそうな雰囲気ですね。なるほど。はい。それはどういうところでわかるんですか、中村直樹。1コーナー振った時にパッと横向けるのを少しためらいながら1回出して、でもう1回二度引きしたんですよ。 Are you wearing your HKS watch? I actually am. セルフステアがどうかなっていう探り入れながら1回振ったんですよね。それを確認したわけですね。そうですね。で今その後の車載じゃなくてそのオンボードを見てた So both these cars running 2JZ. セルフステアがちょっと遅いから自分で送ってたから、やっぱり車のセルフは思ったより出てないんだろうなと思って。さあまずは先行。Here we go, Mitsuru Murakami versus Naoki Nakamura. You might remember last season, Murakami running an S15 Silvia with a SR20 engine. Change to this GR86 for 2023, and he'll be leading this first run against Naoki Nakamura. Here we go. All right, first run, wet conditions.
And a spin, unfortunately. Murakami. 中村の左タイヤが、村上に触って Right at the end of sector 2. だとしたら中村が、負けになりますよね。か村上の単独スピンか角度的に見えなかったんだけど、そうですね。 I can see him there giving the front end a bit of a wiggle. Let's see what went wrong here for the lead car. He looked pretty good until he spun out, honestly. で村上のどこ？ So Murakami holding good angle. Look at that. Nice stable angle there. まだまだこの先です。 Starts to step the rear end out a little bit more. And hits that ここは zone. 第一ゾーンですからこの先なんですよね。 I think he just may have been carrying a bit too much speed. So he got nowhere near, because he's nowhere near that zone. You can see all of a sudden he goes, oh wait, I need to be over there hitting that zone. May have lifted off. But in these wet conditions, lifting off does not mean more grip, it means less grip. うわどうなんでしょうねこれ。ちょっとわかんないな。当たってんのかな。お車載。Let's see, did Naoki tap him slightly? 近っ。この先ここ。No, it doesn't really look like どうなん it. だろう。わかんないな。わからないな。中村のステアリング見てると、別になんかプルプルっとも来てないんで、触ってない気もするけど。当たってないか。 Let's have a look at the front end. Can we look at the front? Doesn't look like any kind of damage. So no, it doesn't look like he did hit him. 上からは取ってないですかね。雨でドローン飛べないんだ。なんで？すいません。雨降ってると Oh, ドローン of 飛 course. ばないんですよ。 Unfortunately, we don't have the drone right now because it's raining. That's a shame. If you were watching early this morning during D1 lights, we had a great drone shot from up top. One of those big, stable drones. Not the sports action ones. 今のはどう判断なんでしょうか。ね。でも何にも中村直樹も何もしてないから。お首かしげてる。本人も分かってないのか。それともちょっとやっちゃったなのか、どっちなんでしょう。どっちなんでしょうね。首のかしげは。でも村上もそのまま来てるから何も当たってないんじゃないですかね。いやほんのちょっとタイヤとタイヤが触るだけで右前がブレーキかかると It didn't look もとも like とリアはこう a 滑ってる hit. ところに There still is the potential that it was a tire that rubbed. マイナス20やっぱ触ったんだ。いや触ってないですね。だから触ってない。これは村上の単独スピンっていう。So Murakami getting the minus 20 there for that spin. There's no penalty to Nakamura though, so it's been determined that there was no contact between Nakamura and Murakami. That was completely Murakami's fault, although it could have potentially been Naoki's fault because he was so close and he kind of put Murakami off, but I won't make conjecture there. 26対49。中村がスピンしなければ。お Was that a start or was that a jump start? 村上が出なかったですね今。どうしたどうした？ Just finding out what's going on there. カメラが撮れた？どうしたんでしょうこれは。シグナルが出る前に村上選手が動けないと。ちょっと待て待てと。はい。でもなんかさ、これをさ、まあ、違う。なるほど。言って。そのまま
もう中村選手が言ってたら、競技は成立してたそうです。でも待ってくれたわけだね。待ってくれたんですね。待って戻ってきましたもんね。でこれやり直しでいいんですかね。あ、やり直し。はい。いい人。いい人。Alright, did Murakami not go when the そのまま行ってたら signal もう決まってましたもん went ね。 green? 出れなかったわけですから。まあただなぜ村上は出れないって罰をしたのか。だから出れない理由があるのかもしれないから、今から再スタートしても出れない可能性がある、ね、出れない可能性もありますね。あ、ちょっと学さんの話を聞きましょう。赤を降りてったその途中で村上選手がダメというサインを送ったんですけども、もうそれはスタート進行されてる。そうですね。中村選手がその自分で走ってったら、勝手に勝っちゃったことなんですね。だからそのまま中村選手が行けばよかっただけなんです。で戻ってきたから同じことになる、だから戻ってきちゃったんで、これ成り立たないんでやり直しということになるのか。2台とも2本目が0点になったんじゃないですか。かですよ。かこれ向こうでこのまま1本目の走りの中だけで決まると思います。そうですよね。はい。成り立たない、要するに両者これ例えば0点と2本目が0点ということだそうです。だからもう成り立たなかったという。両者0点ということでもうこれで終わるかもしれない。でやり直しするかどうかも今。あ、でも戻ってたよ。戻ってたよ。ドスチェックしたの今。一回回りましたね。はい。もう本来でしたら今ので終わりっていう感じだったんですかね。でも両者ドスチェックしてるからやるんじゃないですか。村上はマシントラブルじゃなかったんじゃないですか。ね、あれは絶対出ないといけなかったんですね。もうシグナルがついてたから。そうだね。でこれは走るんですね。走るんでしょうか。いや今頑張ってやってますから。再走行するかどうか今やっておりますね。もうだって1万人以上の方見てくれてるから、みんなも言いたいこといっぱいありますよね。すごっ。わかりますよ、言いたいこといっぱいありますよね。そうでもそういうのを今年は拾い上げて、もうどんどん乗せていこうっていう。ただ、辻の悪口はやめて。いや、いいんですいいんです。俺ね何回も出てるの見てますから。いいのいいの。俺のも出てるよ。Okay, so what happened just there was they wanted they just wanted the drivers to go through the DOS reset loop again. Naoki misunderstood that and went. And then he was like, oh, wait a minute. Oh, okay. And they had him back up and they sent them through the DOS reset loop again. So that's what you see when they come to the start line and they sort of drive around in a circle and come back. It's like it resets the score system. 膝を心配してくれてる方がいるんですけど。大丈夫ですか？半月板損傷してます。 Oh, can I just point something out by the way while we're here? Look, 重傷ですやん。see this. This is the cover. This is the なんか宣伝入ってる後ろから。This is that's Naoki. あ、英語で説明している。英語でね。どうなるんだろう。原因は辻ですね。On ありがとうございます。いいんですよ、もういろいろ書いてください。それも全部ね、受け止めて。So there's this thing called the poster curse. こちらの like the event poster curse. そうなんです。Whoever is on the event poster doesn't win. And it's currently it's Naoki and Yokoi. So according to the curse, unless they can break the curse somehow, Naoki and Yokoi will not win today. Sorry, it's not. I don't make these rules. プレミアムチャンネルの方に登録していただくと、学さんの実況と、解説見ていただけますので、
こちらはあくまでも無料のゆるいやつなんで。 I think they could see me holding that up. They were sort of wondering what I was doing. I have explained that to I've explained that to them before. Various people like, oh, yeah, did you know it was a poster curse? And they're like, oh, okay. こんなこと起こんのかっていうので、その場で結構対応してますから、だからそこも我々好きかって言ってるだけですから単純に。でそこもちょっと含めて見てもらえればなというのがこのチャンネルになってますんで、通な D1 ファンはですね、プレミアム、D1 プレミアムチャンネルの方でご覧ください。お願いいたします。そうなんですよ。Is there a Moti's card today for the Moti's ちょっとじゃあ curse? What is the ここまで Moti's を一旦 curse? 振り返りますか、谷口さん。なんだね。はい、まず1戦目が田中誠美とメクワ幸次郎。ここは田中 Yeah, 誠 the 美が poster curse joke is whoever is on the event poster doesn't win. はい。見えますか？字が汚ね。S と松山、これいい戦いでしたけどね。そうですね。 S の後も良かったけど、松山が勝ち上がりました。で、北岡と岩井は北岡がやってしまいまして、もうほとんど勝ちでしたけども岩井が上がっております。で、斉藤大子と末永 Alright, so this next battle, which hopefully we'll be seeing very shortly, Mitsuru Murakami versus Naoki Nakamura. もう一個は GR86 head to head. カノがスピンしまして、横井が遠いでも見て先勝ちました。今ここです。1本目終わって、中村がだいぶアドバンテージ取っております。そうですね。はい。村上がスピンしましたからね。そうなんですよ。なのでちょっとでその後今、村上が出なかったっていうので、中村出たんですけど戻っちゃったんで、これちょっと今成立しないっていう。止まった時オフィシャル止めたからね。止めましたよね。 Okay, yeah, so it was just a bit of a misunderstanding on the start line there. Because Naoki went forward, like he actually started. So they're just having to reset the whole thing. そうですね。だいぶ難しいです。Naoki's just a bit too keen to get out there. そういう状況なんです今。Have you tried turning it off and on 競技長と again? 審判団で今競技中ということなんで、そうだから今ちょっと止まってますけども、競技長は飯田明さんです。そう紹介してないですもんね、オープニングとかでもね。辻好きだぞ。だって無料だと手書き。すごいな。無料だと手書き。Alright, here we go. あれ？何？ Okay. どういうこと？ただいま競技中断中なのに。動いたよ。始まったよ。あれ大丈夫？ Right, here we go. This time Naoki in the lead. This is the first battle. Murakami in the chase. 結局今中村直樹先行後追い村上で2本目急に始まっちゃいました。両者まあまあ。Sorry, second battle. I should have said. 何事もなく終わりました。ということで、So sometimes you have a brand new build and it has a whole lot of gremlins and it doesn't work. And sometimes you're Murakami and you just do an amazing run straight off the bat in a brand new car. Not a bad chase run there for Murakami, especially up against a guy like Naoki Nakamura, a former D1 Grand Prix champion. おいおい待て待てみたいななるじゃないですか。なりますよね。びっくりしましたね。そういう今から始めますっていうアナウンスはないまま、あったのかもしれないけど俺らの耳には入ってなかったから。そうちょっとね、今まだどういう状況かは分かんないんですけども、とにかくスタートしちゃったということで、混乱しております。そうなんかこう分かったらまたお伝えしますけど、まあどちらにせよ中村の勝ちってことだけはそうですね、揺るぎないと思います。これは決まりましたね、多分ね。ちょっとびっくりしましたけども。Yeah, look at that, the steering work there from Nakamura. Very, very manual input there. See, a lot of drift cars, you can generally allow the car to steer itself. But in these wet conditions, that steering effect, this is sort of these modern high-angle steering systems. You have to do a lot more work when it comes to the steering wheel. はい、終わりってやると、お客さんもね、ってなるし、そうですね。両選手もってなるから、たとえそれでなんか今のでシグナルでつって中村の勝ちとなっても、多分直樹も
まあ確かにそうですよね。それは損はしてないけどってね。あれ塚原さん。For the people who've watched D1 Grand Prix in previous seasons, you might remember Murakami's S15, probably the closest to a show car. 辻君謝りますかと俺いつも That 謝って we るんですけど saw ね。 in D1 Grand で Prix. もまあ今のはねちょっと Had some もう pretty 向こう cool では 326 power wheels, これで 326今の勝負 power は kit. この後得点が出てきます。 It was quite low, still ran an SR20. とりあえず寂しいここね。そう今ね足がさだいぶ気温 Started も to 下 do がってますか reasonably ら well ね。 towards the end of last season. 膝悪いんですよね。膝冷え He's るよ out これ。 this season in 半月 that は大丈夫 brand ですか？ new GR86 どうやっとくのが一番いいんですかね。 2JZ build. この状態で大丈夫ですか？よくない。よくないですよね。こう固めてるところから次に動かした時痛い。ああ寒いしね冷えてるから。いや本当に明日もし来る方いらっしゃったら明日も多分ねこれぐらいの気温になりそうなんですって。明日来るのやめる俺。いやいや Talking 絶対来 about て the ください。 weather there. So これ weather this morning was quite pleasant coming in here this morning. さあこれで整ったら Yeah, but the weather report said rain at some point today. でその Came 次が fairly early. It didn't, at least it 斉 wasn't 藤 too 祐二 strong と尾藤弘樹なんですけど compared to what we were expecting. 走れる。 Okay, second run there. Murakami versus Nakamura, 84 to 86. 俺の不正賞だって言ったじゃん。尾藤リタイアじゃない。間に合った。ちょっとペンカして。はいはい。あ、今2本目の点数が出まして、これで中村直樹の勝利ということになります。 And then we have a final score there. Naoki Nakamura getting the win. もう尾藤いけるんですね。なんか聞いたところによると、今日無理せずに明日に向けて The total score there, unfortunately, Murakami there with that minus 20. So he would have had a chance. でもとにかく明日に向けて直す方を優先したんですけど、来ましたね。おお。だってポコンポコンしたもんね。はいやってましたよね。 I will just say, you saw before how Taniguchi was showing his what he thought was going to be the results. I just looked at the top 16 and said, Nakamura's going to win because he thought, actually I'm just preempting, but he thought that Murakami was going to win. And I said, no, Nakamura's going to win 100% in the wet. I was right. So yeah, apparently there's going to be rain tomorrow, probably like these conditions. It's going to be like this tomorrow. So not too pleasant. Fortunately, it does rain here. We do get a lot of rain here at Okuibuki. I guess it's just the time of year. ということなんです。 We get rain like this every now and again. 逆フライング村上ってことですよね。ああなるほど。はい。出なかった。 A couple of years ago, in 2020, we ran here and it rained. We ran it at night and it rained, so it was at wet, like full rain conditions at night as well. It was not ideal. 逆フライングなんかあるんですね、やっぱね。ね。はい。何があるかわかんないですよ。ね。はい。 It's a very eye-catching pair of cars there. 今のはウォーミングアップなんで、斉藤祐二と尾藤弘樹の対戦がここから1本目になります。 looks like a highlighter. 全然どっちか想像つかないですね。ね、これわかんないですね。ここは難しいですよ。だって尾藤はさっき車がポコンポコンしましたから。 Right, here we go. Yuji Saito. So this car, the VR38. It's the GTR engine out of the R35 GTR. 空気少な。斉藤祐二。 抜きましたか。めっちゃリアペチャンコよ。ペチャンコ。ペチャンコ。空気圧低めです。空気圧低めにしてます。多分ね、コンマ。わかるんですかこれで。わかります？ My apologies to our British viewers if we have any. コンマ5かな。コンマ8とコンマ5だいぶちゃうけど。とにかく空気少ないと思うよ。うわほん。リアペチャンコですよ。そうよ。 これ下げれば下げるほどいいってわけじゃないですよね。ビート落ちしたらもう。And he's going up against this guy here, Hiroki Vito. もう残らないです。やっぱりダメじゃないこれ。ワイパーが動かない？どうした？今ワイパーを手でやりましたけどね。S のワイパー貸してもらいましょうよ。早いやつね。S のワイパー。Alright, so we've just gone from S having an extremely fast wiper
to Vito, whose wipers don't seem to work apparently. ちょっと早かった。ワイパー動かへんのかな。動かしてないですね。Maybe they forgot to reinstall the wiper motor after they sprayed the body. Fairly important thing there if you're ever going to be in the rain. All right, next battle, Yuji Saito versus Hiroki Vito. So Saito, it's not Daigo Saito, different guy. He's driving in the right lane, the S15 Sylvie with the VR38, so that's a V6 sound you're hearing there. Here we go, first battle. Saito in the lead, Vito in the chase. They're all right on the edge of grip there. Vito slides in. Not a bad run from both of these drivers. Very under control the whole time. よく止まりますねあれ。これ後追いポイント8点10点いくんじゃないですか。So lead car Saito goes for that little feint entry. Vito just going for the straight handbrake pull, dives in as much as he feels he can. この斉藤の走りも合わせやすいんですかね、後ろのビトンは。いや、そんなことないです。そうでもない。このゾーン2から、かなりね、届かない距離感にいたんですよ。 Vito already transitioning, getting ready to slide up there by the door of the lead car. 外までね、膨らめずに振り返したじゃないですか。だから無理くり持ってったんですよ。つまり後ろも苦しくなるんですよ。ですよね。もう前が苦しいイコール。回っちゃいそうですもんね。届かなくなるんですよね。幸熊さん。幸熊さん、帰りに肉まん買ってください。谷口さんいつも的確でかっこよい。ありがとうございます。320円ありがとうございます。うわー、でもよく耐えましたね、ビトね。I think might have been a good idea if Vito's wipers did work. They're immediately wet. 近い近い。うわ、近い近い。Okay, so close that you can't even see the lead car from that camera angle. ここからはい。前が transition here, very obvious from that angle there. Transitioning before the lead car. とか言いながら持ってったわけ。行き場なくなりますもんね。いや、ここめっちゃ近かったですからね。まあまあ、これはスロースピードだからね、寄せやすいけど。なるほど。あそこまで。まあでもただ後追いとしてはバッチリ。取りましたね。 What if we could split the speed of S's wiper? Like half, he can keep half. I think give half of the speed of his wipers to Vito, maybe. 無理だしね。壊したくないしね。8年10ヶ月かかったしね、作るのに。すごい、そんなに。そうだよ。うわー、8年10ヶ月。ドリフト競技に出ようとは思わないんですか。はい。お前返事早。はい。Great control in the chase there from Vito. ブルーライさん、辻さんと谷口さん、明日のホット飲料代にどうぞです。1000円。ありがとうございます。 And there we go, score there, 84 to 93. So base score 84 to 85. So pretty much the same drift from both these guys, except we add on top of that the proximity points for Vito. 8, not too bad. I think that's probably the highest we've seen so far. 8取るってだいぶ近いですね。For proximity this weekend. 近いプラス、その距離感を持続しないといけないってことですからね。持続的なね。はい。ある程度持続しないとポイントならないので。さあもう今スタート地点スタンバイしてます。今度は前が尾藤、後ろが斉藤裕二。Here comes the second round between these two. So leading this run, Vito in the right lane. He also has a bit of an advantage, so Saito is going to need to get really close to the lead car for almost the entire run to make up that difference.
in proximity points. Here we go, here's the entry. 寄らないと斎藤 Saito, long way back. He needs to get up there. He's going to run out of time and run out of sectors. 離れちゃう Vito using the entire course to go as fast as possible. あー詰めれる Well, Vito right to the edge. He needs to keep it on track. Remember, Lee Khan needs to stay between the white lines. 最後の方だけ詰めましたけど、はい8はいかないですね。 I don't think that's a 8 proximity point chase run, that's for sure. あ、ゆいさん1919さん、お二人風邪ひかないように温かいの買ってください。ありがとうございます。誰？早乙女玲奈ちゃん800円くれたん？去年トネやってた子や。マジで800円くれた。優しい。ありがとう。どこで見てんやろ？来るって言ってましたけどね。That's a nice lead run from Hiroki Vito. Right on the edge there, all the way through that zone. Remember, lead car does need to stay between the white lines. Chase car is allowed to go off track if needed. So 87 to 89, only 2 proximity points. So there you go. The result for this battle. Saito versus Vito. Winner, Hiroki Vito in the white 1VR. Will be moving through to the best 8. しかも勝ちました。さあこれであと1対戦です。藤野秀幸 All right, here we go. Last battle of the top 16. めっちゃ人気ありましたよね。 It is former multiple champion Hiroki Fujino in the new GR86. グリッドウォーク中にサインもらえなかった。 Also 2JZ powered, just like his teammate. そんなんいいのに。 And he's going up against ほんま this driver here, Sayaka Shimoda. いやもらうんかい。もらうんかい。明日の昼食代まですいません。 So the only lady driver in the top 16 here this weekend so far. さあまずはウォーミングアップから。雨はずっと降ってますね。 You can see there the glare from the headlights. The rain hasn't let up. We're not getting any kind of dry line forming at all. It's just staying wet the whole time, as you can see. Running the wipers as well. It is raining. It's not too heavy. We're not getting any standing water puddles. Bit of a spin there from Sayaka on the entry. 嬉しいですね。もう見てくれてるだけで嬉しいんですけどね。さあこれ下田はまた上がってきましたから、ここでどんどん活躍してほしいですけども、相手が藤野ですから。そうですね。どうでしょうこの対戦は。 Chat said she got the spin out of her system before the battle. I can appreciate that. Yeah, that sounds good to me. 下田頑張ってほしい人、藤野頑張ってほしい人、ちょっとこう割合でこう出して。 Yeah, just a note. 360-degree entries do not count in D1 Grand Prix at all. チャットの皆さんどっちが勝つと思いますか？違うどっちが勝ってほしいですか？どっちが勝ってほしいか。いつの間にレースクイーンの連絡先、いや違うんですよ。インスタで Japanese commentators asking chat, who do you want to see win? Well, you're all going to say Sayaka, so I'm not even going to bother asking. なんかちょっとおかしい感じしないこれ。 I just like to see a good battle, honestly. サイドはなんかコキコキやってるけどさ。なんか引っかかってる感じですかね。めっちゃ Although it's not going to be made easy for her. Fujino is going to give her a good run. He'll also be leading this first run, so hopefully Sayaka doesn't get kited out into the outside line and end up in the wall or going off track. Of course, Chase Car is allowed to cut the course without any kind of penalty, but going off the track in zone 2 may mean concrete walls, so hopefully that doesn't happen. すげえ人気だな。藤野さん、辻さんに。林誠さん、ありがとうございます。小林誠さん、ありがとうございます。コリンさんじゃないよね。Chat talking about Sayaka's front camber. That's not even the craziest camber here this weekend. すごいスピード。
There's at least 3 other cars that have a lot more than that. ここで藤野さん稼いでる。本当だ。一人で稼いでる。すげえ稼いでる。So what's also kind of obvious from this angle, very large amount of toe out 何でしたっけ？クイズダービー。 for this S15 Sylvia. 今なんか They may or may not have set it up that way due to the wet conditions. ナイスパ。さあ。そろそろ始まります Some よ。 drivers do like the feeling of extra toe out in the wet. うわ。どっかでこれどこ Sort でここで of 止まる make the lead wheel a bit easier to control, and also the chase wheel drags a little bit, makes the car a bit more stable. Some people feel that. I don't know about it has such a huge effect, but some people like it. All right, here we go. First battle. Leading this run, Fujino in the right lane there. You can see leading into the course. Here we go. First battle, Sayaka in the chase. Fujino in the lead. 飛び込みかっこよかったよ。合わせて合わせて。うわ苦しい。やばい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 。離れた。ここは離れたか。It was going really well for Sayaka. Sector 4 was her undoing. All right, let's break this run down. So here we go. Here's the entry. Fujino does a fairly safe entry. Sayaka follows him in. So rear of the car through that zone. No problem there for the lead car. Zone 2 might be a penalty. I don't know for the lead car. Now watch this. That's what I was talking about before. Fast, quick adjustments. Watch this. Sayaka. Brakes. Handbrake. Long time. Back on the accelerator. Too much accelerator. Too much handbrake. Too much accelerator. Kind of unbalanced there. She's not alternating between them fast enough. She's doing too much of one, too much of the other, and that ends up slowing her down through Sector 4 and into Sector 5. Oh. これは寄った分はありますけど、ただね、今回これ富士のとか、いわゆる東洋チームがね、リアタイヤ20インチなんですよ。20インチにしてる理由は、なんかタイヤの規定上ね、転がり抵抗値がなんかこの20インチの分じゃないと通らなかったと。本来なら19インチとか18インチとか使いたいんだろうけど、転がり抵抗10でしたよね。でそのタイヤの規定的にね、あれを使わざるを得ないみたいで、なるほど。これが雨が Compared Sayaka's action to the lead car, which is, look, handbrake, accelerator, he's not using too much accelerator. And you can see there, even though the rear tire isn't spinning that much, the car gets a huge burst of speed forward there. And that's the trick of these rear tires, using the rear tires to get as much grip as possible. The biggest amount of grip on these rear tires as you're drifting is as they're almost at the bite point. They're almost at the point where they want to grip up. That's when they have the most grip, and it's just alternating between that, spinning, grip up, spinning, grip up. Fujino has a lot of experience using these Toyo tires, and he was able to do that. Compare that to what we saw there with Sayaka. She was hard on the accelerator, hard on the handbrake, hard on the accelerator, and he just, it was really easy to see the difference in speed there as the lead car pulled away. 20インチのタイヤが19インチのタイヤよりはグリップが低いやつだと思うんだよね。ルールでこれ使わざるを得ないっていうね。ということですね。で雨のマッチがまた悪そうだよね。悪そう。これは藤野が合わせられるか。ついていけるのかどうか。どうか。近い位置にあります。Alright, here we go. Second run. This time Fujino in the chase, throwing it in really strong there. ギリギリ耐えた。危なかったけどなんとか耐えた。 Now watch this, is Fujino going to catch up? Look, he's getting walked on, but watch this. Will he be able to catch up through Sector 4?
or has Sayaka figured it out? He's slowly catching up, but Sayaka's keeping it a good distance. どうなんでしょうこれ。ね、やっぱりね、厳しいんだよ藤野の雨。ね、いいとこなかったですね。はい。これはどうだろうね。さっき何点差だったっけ？13点あるんですよ。83対70なんで。これ逆転ありますか？どうなんでしょう。まあ最初は寄ったけど、ただね、ここだけでしたからね。ただね、はい、下田はさっきハーフスピン仕掛けたでしょ。はい、しましたね。あの減点はちょっとでかいと思うんですよね。セクター4でね。はい。で藤野はキャッチできてないけど、それ別に普通には言ってるんで。まあ確かに、まあある一定の距離を置いて普通には言ってましたからね。そこの差がやっぱ埋まらないですかね。やっぱ今日のねこの路面は藤野苦しいぞこれ。苦しいですね。はい、これ勝っても苦しいですね。そう、ここをもし勝ったとしても次苦しいぞ。ね。Sorry, I just had to talk to the broadcaster. そういうことになりますね。でも左の山は東洋ばっか。So it seemed that as soon as Sayaka had a clear road in front of her, she was able to do a nice clean run. これは違うのか。あ、そうか。違います。あ、10点差。There's a score there, 88 to 80 for the base run. Only 2 proximity points though. And there's the total score there, 173 to 150. Not a bad effort for Sayaka. I think a lot to learn from that run for her. But the winner, Fujino, moving through to the best 8. 浅めでしたからね。はい、これでベスト16は終了で、この後も続けてベスト8。そうですね。このね。なんかチャットがなんか見えなくなってきたけど、なんだこれ。あ？閉じるでいいんじゃない？閉じる。おお。できました。できました。宮志さん、運営さん、谷口さんと辻さん、後ろのアレクシーに温かいもの買ってあげてありがとうございます。トイレタイムがあってこうみんな心配してますよ。はい、大丈夫、僕我慢強いんで。おお。レースの時とかもそういうの。レースの時はもうね、催さない。Someone in the Japanese chat was thanking me for my hard work. I feel better now. みんな言ってますよ。これね、例えば一旦休憩になって、みんながトイレ行けるタイミングになったとするじゃん。混むんだよね、トイレ。All right, we are moving through to the best 8 now. Our first battle of the best 8. Semi Tanaka, today's first place qualifier. They're doing very well today so far. He's up against Matsuyama in the A90 Supra. 今空いてますよ。こっからがいいとこですよ。確かに。田中聖美 VS 松山北斗。トイレ行ってる場合じゃねえ。ベスト8。楽しみですね。これは楽しみですね。まだまだ雨降ってますよ。 Should be an exciting battle between these two drivers, both very aggressive. これウォーミングアップ。はい。はい。So warm-up run before the best 8. これセイミは調子良そうだな。調子いいですね。It's okay, chat. I wasn't fishing for compliments. I was just saying it was funny that the Japanese chat said it too. I'm not. No, I wasn't fishing for compliments. So, an interesting addition to the Supra this year, that prototype style central wing. Is it a wing? What are those called? Fin? I'm sure they have a name. もう芝タイヤは田中聖美です Shark から fin? ね。北岡も負けちゃったし。 Surely there's a. 一人だけもう多分一人ですね。 Surely there's a more technical name for it. はい。
Do they call it the shark fin in Formula 1? それでいきなり優 Do 勝した they? らすごいで Really? すよ、田中聖美。でもね、 I やっ didn't ぱ know 東 that. 洋勢はみんなリアが20インチなんで、 Do they even have? They don't have them ちょっと anymore in Formula 1, do they? They use them 今までの on ように prototypes. ね、いかないかもしれないね。All right, here we go. Best 8. That's your battle tree right there. まあわかんないよ。でもここからみんなうまい Tanaka か vs ら。もうだ Matsuyama. から一回走ったらやっ In ぱり違いま these すか what look like to be 一対戦して permanently みたら wet conditions この路 today. 面でいやまあだけど、 It's not raining too hard. やはり You 道具 can の差 you が can もしあったら、 still you can still enjoy watching this from the grandstand. It's not too heavy, ああみんなうまいもん同士になって but it is enough to keep the track completely wet the whole time. ゆうこ S さん D1 配信メンバーの皆さんありがとうって777円ありがとうございます Chat says, "What's your opinion on そうですよ ravioli?" ありがとうございますそうこのベスト8でよくと Which 中 one's 村直樹が当 ravioli? たってるんで Is すよ that ね the 決勝みたいなカード is that the one ですね。 shaped like pillows or the one shaped like little crabs? あ谷口さん Which one's そういえば ravioli? 柴田屋のアンバサダーなんですかあのね、 Wait, which one's そこはちょっと語弊が tortellini? Which あ、語 one's 弊がある ravioli? 柴田自動車あ柴田自動車ののアンバサダー。アンバサダー、はい、僕横浜タイヤの、はい、Pillows? キャラ Oh, I don't like キャラ ravioli. クターキャラクター自分で言うんですか横浜タイヤと契約ドライバー。あはい、はい、あなるほどね柴 I 田 don't like 自 them. 動 They're 車 too の I don't know アンバサダーなるほどそれだいぶ違いますね全然違 they're う。 too like 違います flat. そこ I like そこ勘違いしてる tortellini そうで better. すね、はいこれちゃんと言っときましょう、はい、キャラクター僕はアドバ Has ン a テ bit more, you know. Hi. You eat it. ここで D1 か I そういうの言っちゃ don't ダ want メ to な eat の a meat pillow. 言っちゃダメな You の know. はいゆるいチャンネルなんで。そうゆるく学さんはって書いてますけどあと D1 プレミアム Are you guys チャン that ネルの方 bored? で学さん We're は talking about pasta そ now. う有料の方になりますんで、はい、そっちが見たい Are you 方 a はそちら dinosaur 登録していた pasta だ now? いて I've never 見る eaten こともで dinosaur きます pasta. I don't like shaped pasta. That's あそうあと会場は、その学さんの実況が全部流れてます Hey, の look, で if you like eating meat pillows, that's fine. That's your 生 business. 耳でマナピーの聞きながら自分のスマホでこっちを見ると、それもいいです辻は無料です、そう辻は無料です今日もみんなに言われました辻さん In どこで chat talking 喋 about ってんの Sayaka. I tell you what, I reckon there's her run that she just did. There's a lot to learn from that run, like for her to go and practice. そう辻は無料でやってます Her acceleration and braking technique. さあ A lot to practice 田中 there. 聖美がもうスタート地点来ましたね But that was still a good run. I mean, look, compare that to the runs we saw this morning in like lights. Like she definitely deserves to be here in D1. 100%, 1000%. 質問コーナー来てますよ。お質問なんです谷口さんって何の車で会場来てるんですか Oh, you know what I like? してもらいましたいやもう谷口さんの運転ってめちゃめちゃ丁寧 Pastizzi. It's it's those. もうめっちゃ丁寧あ Where are they from? あ早乙女玲奈のレイニャンチャンネルから They have like a ricotta cheese in them. 800円 I like those. でも去年の子去年の子あでも The レイニャンチャンネル Maltese って今宣伝しちゃいましたね pastizzi. やられたやられちゃいました見事にでも見てあげ I て don't く know. だ Is さい that みんな頑張ってます for our international audiences? I don't know if you have that. We have a lot of Maltese people in Australia. That's why we have that sort of food there. あちょっと待ってちょっと待って大事なことを思い出したなんですかノブチャンネルって私やってるんですよ Is meat pillows a euphemism? 知ってるでしょ知ってるはい知ってるでしょノブチャンネルって知ってる I didn't think of that. You guys said that. おセイミが今首へかし All right, げ here we てる go. 映像これ車載で Let's get back to the drifting. おなんか調子悪いのかなお Best 8. あすごい流れてきたノブチャンネル I said to myself that I wouldn't go off topic that much this year, and I'm already doing it. あれ Got to keep it exciting. でももうスタートですよね But look, I mean, look, if it's in the rain, it's kind of slow. You know, we got to. All right, next battle. Semi Tanaka in the lead. Let's get serious now. あでもまだ Oh, doors open. まだ止まってます No? ねセイミこれいけない感じなんですかあらららららあらあれあれ今並んでると思ったら並んでませんでしたセイミは、はいスタート地点に並んでるのは松山北斗だけで That is true. Melbourne is the second biggest Greek city outside of Athens. That's true. エンジンかかんないうわ田中セミいやこれがね D1 なんでそこでっていうのが起こるんですよ Oh, well, the Japanese commentators are kind of talking off topic これ too. 5分間ルールですか Oh no, actually they're saying う that わ there's something wrong with Semi's car. え諦めたっぽいダメ Oh,
Oh, you can see that he's resetting it. うっそ No, he's actually shut it off completely. うわ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  No, don't give up. Okay, 5-minute rule. これはもう谷口さん、ドライバー的にはどんな心境ですか？いやいや、むちゃくちゃイライラしますよ。 So Semi Tanaka's car came up to the start line, into the staging area, and now it won't start. なんで？あら。 You can see there he was ここは誰も助けられないんですね。 switching on and off the electronics on the. 作業できない。 Here we go. 作業しちゃダメなんですよね、ここは。今ね、はい、隣の席とその隣の席がね、ぐいぐいこっちを押して、electronics on, clutch in. どんどん寄ってってるでしょ。そう、俺外出そうな Okay, ECU on. あっちの2人がこれ見てみて。こっちどんどん Cell. So cell motor is what they call a starter motor. さっきから押されるなってこっちに。そう、俺も押されてました。あ、 You can see エン it ジンかか there. んない。 Engine won't シェルは回 start. ってるけど、エンジンかかんないと。フォーミュラ日本がさ回らないっつって。うわー、なんで。 It's not firing up. シェルは回ってるんですが、エンジンかからない。なんでこんな時にめちゃめちゃ調子良かったのに。 He was doing so well so far today. もう何の問題もなく。 First place in qualifying, won his first battle against Kojiro Mekuwa. ともすんとも言わないそうですね。 Just not starting. かすんかどっちか言ってほしいよね。そうですね。セルが回ってる音聞こえるな。 We can definitely hear the starter motor running. あ、これピットに戻って修理できるけどでも動かなかったら戻れないです。 So there's not really any way that he can return to the pits apart from being pushed. It looks like they're moving the barrier out of the way there, so he could be pushed. You can see there the staff pushing him. So remember, his 5 minutes have already started. He gave it a few good cranks just to see if it would actually fire up, or even if it would half fire up. But even though the starter motor is spinning up the engine, it's completely dead. It's not even sounding like it wants to fire. あ、じゃあピット戻って作業スタートしてからの5分間。トイレチャンスだ。トイレチャンスですよ今。5分間。 It was spinning at full speeds. It didn't sound like the battery was dead at all. さん今行った方がいいんじゃないですか。行きましょう。ああ、手で。はい。あっちは深見君が行けるんだっけ？ All right, looks like a quick 5-minute break. はい、今谷口さんトイレに行きました。おー、いやこれはどうなるんでしょう。あれこれどうやって消すんやろ。Do any cars in D1 Grand Prix run on alcohol and methanol? No, they just all run on race fuel. あ、これで治りました。はい。 いや今田中精美のマシンが戻ってるこの車載が映ってますけども、谷口さんにもはい5分間ルール適用です。 So yeah, it seems that Taniguchi has also taken advantage of the 5-minute rule. He's just he's quickly gone to the bathroom. あれ関係者が行くっていうトイレがピットの裏に設置してあるので、そこにでね、これ辻さんはトイレ大丈夫ですかって来るやん。これね、人が行くと行きたくなるんですよね。俺は行けないんですよ。 あ、トイレットペーパー代やって福チャンネルさん800円。
800円も1000円のトイレ Are we still okay? We're talking about pasta, are we? While these poor guys are trying to get their car started, you want to talk about 方 pasta? が見ていただいてますからね。はい、今ですね、田中聖美の車をピットにこれで戻って始めたら5分。Pinch his seat. Yeah, I should go jump on the Japanese stream. この作業がスタートしたらカウンターが You're going to make me hungry. I did just have lunch. I had a bento, 実際現場にカウン but ターがあるそうです。 I'm でそれ already が kind こ of う hungry. スタートされるということ All right, で、ちょっと映像 so には出ないかもしれないです Sami's けど car も、 back in the pits. あと何分っていうのは、はい。 Oh, looks like they just started the 5-minute now, so it didn't count until his mechanics put their hands on it. はい、今スタートしてまして、これで5分以内に直せるかどうかというので、今スタートしました。うわ So in this case, ー、何 any backyard mechanic will start. Oh, wait, we just heard it fire there. トイレで耐えて、いやー、いけねえんだよな、これが。いやー、これ直ってほしいな。原因がね、何かまず分かんないと、そこからですよね。 I thought I heard a catch for a second there. So in this case, it's usually something to do with the fuel or the spark. でもこれで今年からはもう、はい、5分って It なった looks ら like ここから5 they're 分なので。 pulling out the igniter 今プラ packs. グの交換をとにかくやってると。プラグの交換をやってます。お、5分間ルール。お、5分もかかってないですよ、谷口さん。 I'm just going to, I guess, quick look at the first plug to see how it is. いやー、頑張ってほしいね、メカニックさん。いや、もう谷口さん帰ってきました。早い。 This six-cylinder engine, if they're going to pull out all the plugs and either replace them quickly or clean them. いや、めっちゃ出た。 Not sure if that's the problem though. 何の解説してるんですか。5分ぐらい出た。ためて、いやいや、そんな出てないでしょ。ためてたから。谷口さん早い。 Here we go. I like this question. Chat says, what's the oldest D1 car currently in grid? Currently in grid? You mean like here this weekend? Like on out there in the top 16 or just in general? I would say it would be one of the two A86s that are here. Let me have a quick look at the. Let's see. Well, it's definitely not the GR86s. あ、向こうに見えてる2分半、もうあと2分半ぐらい。 I'd say it would こうやって作 probably 業してる人に見えるようにするわけです be ね。なるほど。作業されてるピットのクルーの方に見えるように。 probably Tadokoro's A86. これはもう谷口さん、こういう時 Would の probably be the マシンに乗り込ん oldest でる one. ドライバーの心境はどんな感じでしょうか。 Either that or Matsukawa's A85. Probably one of those two are the oldest cars, like the longest running D1 cars that have been out. Let's see. Matsui's RX-7 though has been going for several seasons. Has been modified slightly. I mean, it's gone through several evolutions. But I think that car has been out there for quite some time. まさに今それ来てるんですけどね。ただそこに持ってきてこういうことが起こったりもよくするんですよね。 A85 is probably the longest running car that's still out there right now. I can tell you the longest running driver though. Longest running driver is Takahiro Ueno from Team Vertex. And there can never ever be anyone longer running than him. You know why? Because he was in the very first round of D1 Grand Prix ever. It was held at Ebisu Circuit. And he got a podium in that. いや、これは今。こういう時にさ、2J とか乗っけてると6個もプラグあるじゃん。 He's still out there. 大変だよね。大変だ。4気筒だったらさ、あ、でもこれ G なんだっけこれ GR86 でしょ。あ、シルビアか。セミシルビアですよ。SR だったらね、4つなのにね。あ、お、え、かかった？どう？まだ閉めるまでかけてみたらいいじゃん。もうあと45秒。どうだどうだ。 All right, we have 45 seconds left to get the car running. ブーンって言わないね。これでかかったらかかれ。お、いや、あーダメだ。セルだけだ。Still same problem. あー、いや、かかんないか。大
大体プラグじゃないんだやっぱり。違うんですね。残り30秒。うわ30 seconds left. シャバ来た。今かかればドラマ。かかれ。かかればドラマ。かかれ。 I heard something. かかって。ダメ。 No, it looks like it's not going to play. うわタイムアップだ。 And that is time up for Semi Tanaka. So absolutely heartbreaking there for Tanaka. Qualified first today. Won his first battle. Made it to the best 8. That's as far as he'll get. It's helmet off. Figure out what the problem is and come back tomorrow. Try again. いやこれはもう逆に松山はラッキーですねこれ。Did anyone check if there's fuel in it? うわまあだからイグナイターなのか、イグナイター、いやプラグじゃなくて、そのもっと手前のイグナイ honest ター question. なのか、電力ポンプなのかのほぼ2択だと思うわけ。でもたまにコンピューターがパンクするってこともあるけど、はい。ありますよねそれもね。かかんない時。でも多分 check the fuel pump fuel. I mean, they would have been able to hear if the fuel pump was working or not. なんだろうね。いや残念。これで松山は勝ち名乗りの走行でこれでもうベスト Chat said, no way they forgot to put fuel in it. You would be surprised. You would honestly be surprised. これ出たのに。うわ正直ね、やっぱり今これ東洋の20インチこの雨苦戦してて。 As Matsuyama completes his run, this car makes the loudest turbo whistle of any car here. Sounds great. セミかなっていう気はしたんですよね。はい。ウォーミングアップを見る限りはそうですよね。2人ともうまく走ってるけど、はいはい、アベレージスピードがセミのが速かったかなって比べたらってことですよね。そう。So unlucky there for Semi Tanaka. イグナイターって何ですか？プラグがこうあるでしょ、はい、プラグにプラグコードが刺さってるでしょ、はい、でそこから線がこうビヨーって出てて、伸びてて、このなんかもうちょっと元のところ、迂回のじゃなくて迂回みたいな元みたいなところ。As he gets out of the car, not much you can do about that. Just have to figure out the problem, make sure it doesn't happen again. 暗くなってきましたけど、今日は夜に走るっていうことでちゃんと照明も焚いてるんで、コースは早く帰らせてくれよ。いやこっからですから。俺門限5時なんで。いやもう終わってるじゃないですか。さあ次がですね、岩井照義 VS 末永正雄。D-MAX は2台とも残ってるんですよね。これは D-MAX 的にはね、山が分かれてよかったね。そうよかったですよね。同士打ちしなくてね。しないですよね。そういう意味ではみんなちゃんと分かれてるね。そう、これもでももう運ですけどね。タイヤはなんと何ですか？ですね、グッドライド、末永正雄がグッドライド、はい、岩井はなんだろうな。岩井なんだろう。 All right, next battle about to start. Iwai versus Suinaga. 田所と同じやつ。田所と同じやつ？いや違った。違うよ。フェデラー？フェデラルみたいな感じだったよ。なんかこのね、タイヤのフェデラルでしょ。タイヤの線がね、こんな波みたいな。波打ってました。こうやって。でもチャットで書いてくれてるフェデラル。そうでしょ。みんなに聞こう。ね、詳しいね。Google 扱いすんなみんなを。いやでもすぐ答えてくれるから。すごい。今年からね、グッドライドに変わりましたから、D-MAX は。おお、なるほど。はい。それまでは
難関でしたから。難関ね。はい。変わりました。 What's your favorite car? Chat says here this weekend. Oh, good question. Let me have a look at the thing. いいとこ来てます。What is my favorite car here this weekend? That's a good question. 5時20分。As in, like, which one am I happy to see go out? さあいよいよですよ。まずは先行が。Maybe. I mean, I haven't seen the RX-7, the RE-MME RX-7 go out, so maybe that. Unfortunately, you guys haven't seen it. It's got this really cool yellow to blue fade paint job. Other than that, maybe Kitaoka's Mark II. All right, here we go. First battle. This time, EY in the lead, Tsunaga in the chase. こっち側白いホールだけど向こう側赤いホールなんだ。赤いですね。A lot of accelerator work going on out there, trying to keep the cars gripped up and going as fast as possible. Remember, speed is judged. Oh, EY's car hooks up a little bit there, but he keeps it drifting. 完全にキャッチしております。ビタビタ。いやこれは遠いポイント。I'm going to say it's a shame there's not a huge cloud of smoke every time these guys go past, but at the same time, there's a lot of fine control going on here. Sliding a car in the wet. It's a different set of skills compared to driving in the dry. So the joke in Japan is that you can tell who was broke when they were young and drifting because they're very good at driving in the wet. So that's when they go out. 古いな、私松は。古いな。あ、谷口さん、だいぶ日が落ちて、もう暗くなってきましたけども。大丈夫でしょこれまだ。まだ大丈夫。まだ全然見える。俺が見えてるから大丈夫じゃない？大丈夫ですか？お、出ましたよ。All right, there's a score there. Lead car EY, a -2 penalty for something. で、Masao が7ポイント取ってますね。And Tsunaga 7 proximity points, so that's pretty good. That's similar to what we've seen so far. いや、これは結構つきましたから。寄らないとどっかで。Was it the first zone that he missed? Sometimes a bit hard to tell from that camera angle. First sector? Okay. So zone 1 penalty. 応援しないと、岩井さんを。さあ、もうセットされましたよ。さあ、これで入れ替えになります。今度は末永正雄が先行、後追いに岩井照義。今、ポイントはね、7ポイント差。Here comes the second run. This time, Tsunaga in the lead with Iwai in the chase. So Iwai on the back foot on this run as far as the points go. Tsunaga just barely getting through that zone. Can Iwai catch up through the top part of the course? Tsunaga cleanly hits that zone. タイヤにウェット性能の差があり、これはもう正雄ですね。ですね。はい。あらー。So the EY's small feint entry, just setting it up before Tsunaga does. So he's attacking this course as hard as he can. See the shadow of the rear bumper just go over the zone. この辺は皆さんはどうでしたか、予想は。これは正雄さんかな。And look at that, compare the angle. Even though EY has less angle, he's still going slower. That's the big difference. If you're going to sacrifice angle to catch up, you need to make it work. 乗れてますよね、この路面ね、もう。乗れてますね。やっぱりシルビアっていう車は熟成されてるから、なんかこういう路面はなんかだいぶ。So these two cars that you see out there, Yokoi and Tsunaga, similar looking cars because they are teammates, but the easy way to tell,
The green trim is Suinaga. The red trim 9ということで on the body kit 後追いは 1.5 しか取れませんでした。 is Yokoi. And there's the final score there, 172 to 180, 171.5 to 182 in favor of Suinaga. So Suinaga moving through to the semi-final against Matsuyama in the A90 Supra. この後ですよ。横井と中村直樹。ここで見れます。ここで見れちゃいます。もうすでにバチバチ感出てますよ。All right, here we go. It's an old school battle this time. Naoki's going to give him that little right jab. バリの対、なんだっけ、グッドライド。いや、どっちでしょうこれ。ちょっと今このウォームアップ。 It's going to be a good one. Yokoi versus Nakamura. 一緒に走ったら絶対何か。 Let's wake up, people. This is going to be a good one. Can you hear Naoki doing a huge burnout? おチャットではですね、どうでしょう、直樹さんかなとか、横井さん有利、半々ぐらいかな、半々ぐらいかも、横井、中村、クラッシュやめてほしいですね、クラッシュは。中村直樹が多いかも。いや、どうでしょう。めっちゃリア温めてますね。もうほとんど進んでません。Naoki's just out there doing skids, honestly. Trying to get some heat. You know those big rear tires. Look at that. We're actually starting to get smoke. Or steam, at least. We're getting steam off the tires. なんでかわかる？なんでですか？不安なんだよ。不安なんだ。今こっちの方がちょっと不利だという。Naoki's auditioning for summer nats in Australia. 今若干道具を少しでも良くしたくて。なるほど。By the way, he learned how to do burnouts from Australians, by the way. I'll just take credit for that. I'll take credit on Australians' behalf. これでも今チャットでは半々ぐらい、ちょっと中村直樹ちょっと多かったかなぐらいですかね。谷口さんはどうでしょう？僕ですか？はい。僕はもうここに書いてありますね。いや、書いてあるんですよ。はい。どっちが勝つか。言わないですか？言わない。書いてあるもん。書いてますよね。後で見せるもん。これ後で答え合わせで見せましょう。はい。いや。All right, everyone. What is your prediction? What's your prediction? Remember, Naoki is last year's grand champion, though. でもどうかな、中村直樹の方が多いかな。 He won last year. Naoki's been doing pretty well recently. But this is a brand new build. いい勝負見れたらいいんですけどね。なんか変なことならずに。 Whereas Yokoi is in a car that he knows like the back of his hand. 変なことならないんですよ、うますぎて。そうならなかったらいいです。さあ行きますよ。 By the way, this is the poster curse head-to-head, which is interesting. These two guys were on the event poster, and now we're seeing it IRL. All right, here we go. First battle. Naoki already in there. Side by side. Oh, Naoki losing a lot of angle though, but he's getting those proximity points. Nice chase, run, getting a big round of applause from the crowd here. Naoki, right up on the door. Watch this entry here. It just lets Yokoi's bumper glide across the front of his bumper and slips in there. どんな距離やね。みっちみちに詰まってますね。みちみちに詰まってるよね。これはフルマークいったんですかね。フルマーク12なんですけど。 What's the line? Knock knock, Naoki です。10は言ってますよね。でもあれで言ってなかったらどうしたらいいかわかんないですけどね。そういうことよね。これはもう12ぐらい出せばいいじゃん。 The door-to-door slidesman. これはすごかったぞ。 They're going to dive it again. Look, that front wheel, four wheel, at least three wheel lock up there. あります。やれやれ。ベスト8、はい、あります。 Remember, this is the best 8. We could potentially end up as a one more time. We have that the chance for that to happen. だからとりあえずもう一回よくやり返さないといけないですからね。
お、谷口さんはこれ全盛期の頃はこれぐらいはどうですか？いけました？いいえ。いいえ。お、うわ出た。 There you go, 12 proximity points for Naoki and a perfect 100 score. すごいな。 So like I was saying before, it is possible to get over 100. いや、これはすごいな。 If you get a good base score and then good proximity points, it is possible. But still though, a 92 for Yokoi's lead is going to be tough. あ、もう気分が乗ってきた直樹。いや、これでこれやり返しますからね。ね、横井がね。そう。 All right, here we go. This time, Naoki in the lead. It's up to Yokoi to see what he can do in the chase. さあ、いよいよ入れ替えですよ。12ポイントフルマーク取られました。あ、ゆい1919さん500円。直樹さんのタオル代ありがとうございます。さあ入れ替えです。見ないと。さあ返せるか横井。 Here we go. Next run. Nakamura in the lead this time. Yokoi. Oh, and Yokoi winding Naoki in. Very similar to the previous run. Can Yokoi get even closer in the chase? Oh, very nice. Right on the door. Naoki starts to pull away though. Oh, and another round of applause. These two drivers putting on a great show here today at round 1 of D1 Grand Prix. これだこれ。お願いがあるのよ。はい、なんでしょう。勝負をつけないでほしい。 Here we go, replay time. これはすごかったな。今のも行きましたよね。もう一回お願いします。 Naoki taking a surprisingly safe entry there. I think he's just trying to get into the corner as late as possible, as fast as possible to prevent Yokoi from catching up. But Yokoi does a great job here, getting right up on the door. Look at that, great shot there. Just actually looks just like on the poster of the event. And once again, slides up in there, gets really close. Naoki, of course, lead car forced to take that clipping zone. Kind of shallow angle for the lead car there, but starts to pull away in the last sector and over the finish line. Ooh, this is going to be a very close score. Honestly, I think Naoki's lead run maybe not as good as Yokoi's lead run. 今横井選手の車載もうすぐ横手も足も見て手も足も忙しいですよ。 So Yokoi did fall back a little bit towards the end of the track. Of course, that's the lowest scored part of the track, though, Sector 4. ああいうとこちゃんとね。すごい。いや先ほどは92対100ですからね。 Analytics aside, great show from these two. 8ポイント差。8ポイント差ですよ。でも、なかなかサドンデスならないドスの差があるもんね。そうなんですよ。だって難しいですよ。 So it's not too likely that we're going to see it one more time with DOS. It is possible, though. It has happened before. 直樹の今のドスポイントは92点かどうかだ。確かに先行の得点ね。はい。いやこれもほぼフルマークっぽいですけど。近めっちゃ近。もうすぐ横にいますからね。うまいね。ああ。 Look at that steering work there from Yokoi. いけます？いけますね。谷口さん時代はライバル関係は誰かいました？まあもちろんその当時ね、やっぱランキング争いした今村洋一とかですかね。まあ HK スとアペックスってことでまたね、そういうふうに組まれやすいですしね、ライバル関係に。そういう構図になりがちですもんね。そうですね。うわーすごい。足さばきやばい。もうお腹いっぱい。いや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 おかわりでしょう。 All right, honestly, I'm satisfied after seeing this battle between these two. Well, there's a score there, 101 to Yokoi, 9 proximity points, but a really good chase. Oh, -2. ドスの得点。直樹が89点だから。本当だ。うわー、これは逆転ですよ。まさかの逆転だ。
うわー、 And there's the score there. Yokoi taking out Naoki. すごいや Just looking at those runs, though. Yeah, look at that lead. Lead for Yokoi. ボールありますよね。はい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 。 92, それこそ中村選手飛ばした。 87. 飛ばしました。あ、ポール飛ばし。その面でを取りました。ポール飛ばし。スタート直後のポール飛ばし。それがマイナス2点。でもそれより点差ついた。 Still a great battle. Understandable though. I mean, you could use the excuse that Naoki's still fresh with that car, and they still have a round tomorrow as well. He didn't drive quite as aggressively as he normally does. He was holding back a little bit, it seemed. So you could give that excuse. That said though, Yokoi looking very confident. There's something to be said about someone who's been driving the same car. You know what they say about fear the man who has practiced one kick a million times. That's Yokoi in his S15. 4連勝がすごすぎますからね。でもめちゃめちゃいいの見れましたよね。これですよ。ドスイのよく生えてきちゃったこれ。ドスイ。いや横井です。いやこれはいいの見れました。いや結局このフルマーク。 So Yokoi moving through to the semi-final up against the winner of this next battle. We have Vito versus Fujino. 決勝戦でしたね。ね、もうそれぐらいでした。この後走りにくいっすよ。そうね。走りにくいっすよね。尾藤弘樹と藤野秀幸。あ、でもいい2人ですよ。はい。はい。そして、はい。これね、ここら辺から俺の予想が狂いそう。お。All right, this is two next drivers warm up. 東洋が、はい。東洋の20インチが思った So chat, we have 以上に苦しそうだから。1, 2, 1, 2, 3, 4 more battles to go. Only 4 more battles here today. The last battle of the semi-final. So the last battle of the best 8, then the semi-final, and then the final. So じゃあちょっとさ。Only 4 more battles to go here today. Now, don't forget, we do have a live stream tomorrow as well. Same venue, similar time. If you've just happened across this live stream, we're actually on the video option channel. So if you've been watching D1 Grand Prix previously, you've been watching it over on the D1 Grand Prix movie channel. They've moved it this year to the option channel, so it's a little bit different. This year. So if you haven't subscribed to this channel, why not subscribe? And Google is more likely to suggest this live stream to you next time you jump on. Hopefully more dry tomorrow. It's going to be like this tomorrow, I think. Unfortunately. これ勝った方が今の横井と対戦ということになりますから。Someone said, my mom doesn't believe this is live. This is live. あそこもね、相当田中有利だったんですよ。はい。Zazmoro's mother, we are live. Hello. I'll be over later. What's for dinner? すごない俺。すごいですよ。おお。さすがカーオブザイヤー。カーオブザイヤー関係ないんだよこの予想に。Yeah, we've been live since. What time was it? 9 something a.m. So I've been on for a while. 俺の予想を裏切ったの北岡だけだから。そうですね。Tomorrow won't be quite as long because today we did run D1 Lights, D1 qualifying, D1 Lights top 16, and D1 Grand Prix top 16. So yeah, been a long day. Tomorrow is only D1 Grand Prix round 2. Today's round 1. ノリナリさん1000円。KO。Zazmoro, you have pizza. Sounds good. 動いてましたね。ビト。いや雨がね、Are they getting you a nice hotel, Alexi? We have it's a business hotel. It's a pretty typical business hotel. The bed's nice and big though, which is good. Enough space to stretch out. じゃあ谷口さんの予想をこれ見てください。もう当たってんですよここ。ほら。松山末永が当たってる、横井も当たってる、次はここは藤野、ここが尾藤が出ないっていうことで斉藤だったんですよね最初はね。そうでここ藤野勝つってことなんですけど、
ここのね富士の尾藤と、この末永松山がちょっとWhat the hell? He got it right. 見せました。That was Taniguchi's. He guessed who was going to win, and so far he's been correct. That's pretty good. 谷口さん水たまりがね、その奥も溜ま So ってきてます according to that, he thinks Fujino's going to win. Maybe I agree with that. あれはハイドロもね出てくるんで、そういう意味では東洋の888とか溝も少ないじゃないですか。ハイドロもちょっと心配ですよね。なるほど。ゴムがね、ハイドロってさ、路面に It looks like we're starting to get a little bit of standing water out there. It's been raining for long enough. めっちゃ降ってるんですよもう。We still only have 4 battles to go, so it shouldn't be too much of an issue. トラブル？さっきね、ワイパーなんで1本の多いんですかって質問がありましたけど、みんなね、ちょっとでも車軽くし Do た we いか have ら this track on Assetto Corsa? Yes, you can actually find this layout on Assetto Corsa. It does exist somewhere. There's various versions of this place on Assetto Corsa, so you can try drifting on this track. できるだけ軽い方が。軽さは大事ですね。軽さ大事ですよね。軽い方が。Is it the 90s GDSP? Okay, there you go. 今何やってるんでしょうねこれは。藤野選手はもうなるほど。So this venue sees a bit of action. There's various drifting competitions here. A couple of weeks ago there was the Doridore, the drift and dress up competition and events. 気がついたらさ、結構裾が濡れてんだけど。そうなんですよ。結構こっち雨入っ You てるんです don't よ。 know if you've heard of that event, Doridore. That's what it stands for. Dorifto and Doresu up. Doresu. カメラびしゃびしゃ。あいつ Oh, there's some. The camera's getting leaked on. 下がこれいいの濡れて。カメラ大丈夫かな。 The camera's getting quite wet. カメラびしゃびしゃのびしゃこだけど。Oh, it's not my camera. さあ今動き出し One ま of した。 the directors running over there with a plastic bag. I actually use the same camera that they're using for is the one I use for my YouTube vlogs, and it has been レンズやったら見えなくなるじゃん。 it's been rained on dozens of times and it's been fine. Actually, my vlog camera, I left it on the roof of my car one time at a parking area. And then I pulled off, it was actually Umihatari parking area. And I pulled off onto the expressway and it fell off the roof onto the expressway and it survived. Amazing. Ready we go. Best 8. We're just going to run them through the DOS loop, DOS reset. 相当降ってますねこれね。見に来てる皆さんもしんどいですけど。お客さんどんな状態だこれ。かわいそう。カッパ着ていっぱい来てくれてるな。そうなんですよ。もうスタンドも埋まってますから。さあ改めていきますか。 Alright, here we go. Next battle, last battle of the best 8. これね、Vito in the right lane, about to lead this run, being chased by the GR86 of Fujino. Here we go. Alright, first run between these two. Fujino in the chase. We saw 12 proximity points before from Naoki. Seems that most drivers who get close can get about a 7. Let's see what Fujino can do. As long as Vito keeps it nice and clean in the lead. Wow, not a bad run from Vito in the lead. Clean run. I like the fact that these guys are all keeping it clean out there this weekend. So Vito's car also surprisingly fast.
This car, if you don't know, usually called a 1VIA, 180SX front end, S13 body, ただ ゾーン Sylvia 3 body. でちょっと脱輪してないか心配なんですよね。この後外側にそうこの後ねここからここからがね怪しいほらほら Of course, in these conditions too, it can be a little bit difficult to see the edge of the track and the zones. These guys are doing a good job hitting those zones without going outside them. I was going to say, it's really amazing that despite these conditions, this morning in lights, also now in D1 Grand Prix, we're getting remarkably clean drifting. We're not getting a lot of spins or crashes. It's great to see. 忙しいな。待つすごっちょいちょい待つ There you go. Watch that steering work there. You can also see quite clearly see the footwork, how much he's getting on and off that accelerator. 追いつけますよね。谷口さんが現役で走ってた頃より、今のテクニックってどうなんですか、ドライバーの技術面は。And we have a score there. Vito at 85. Fujino 3.5. Proximity points gives him a 90.5 overall score. 85対 90.5。だけどね、俺が初代チャンピオンなんだ。そうなんです。これ変わらないですよ。これマイナス2はやっぱりコースアウトしてたんですかね。ゾーン3をね。やっぱり出ちゃってた。やっぱそうなんですね。ハミーね。ハミーです。はみ出しました。Okay, so that penalty there was for sector 3 at the bottom part of the track. He apparently went over the edge. So there's a penalty for that for Vito. Yeah, like I was saying, difficult to spot the zones. Right, here we go. Next run. Vito in the chase. Another great tandem run. Fujino pulling away though. Vito's got to catch up. He's catching up. Is it enough for proximity though? Lost him on the second half of the run. やっぱ単走先行としていい走りしてるんで、ドスの点も悪くないと思うし、脱輪してないんで、マイナスポイントもない。で、ビトは、そこまでずっとキャッチしてられなかったから、そうですね。最後のセクター4とかそのゴール付近でのやっぱりね、距離がちょっと離れたに対して藤野はずっとキャッチしてたんでね。So of course it's easy to drift tandem with a lead car which is driving very well, especially when you're in a section of a track which is slowing down like this first half of the course. However, watch this, as soon as you have to get the grip down and control your speed going forward, that's when the skill comes out. You can see there Fujino start to get away. 4.5 取ってますよ。あら、逆転じゃね ?0.5。あ、同点か。同点じゃない Wait, 4.5? あ、逆転。A 1.5 point difference. 来た。おー。ビト来ましたよ。来ました。 That was the closest. That was so close. Wait, where's the score? There it is. 178.5 to 177. Second run at 93. Fujino only getting an 87 for that lead run. I mean, it's still a bit. プラス 4.5 の後寄りのポイントがあるんで。逆転だ。 Okay, I'd like to watch these all over again. 谷口予想外れたり。外れました。 Only a 1.5 point difference. まあでも外れるんじゃないかって言ってたもんね。言ってましたよね。A great effort there from Vito. うわ、ということはこれ横井と尾藤と。今僕の予想が2 So 回。 like I said before, the 北岡のところと。sector 4, the last part of the track, is scored もう less. ですね、セミファイナルのウォーミングアップが入っておりまして。 And Fujino was close to Vito on the second half of the track, but Vito did a pretty good job there on the first half of the track in his chase. So, hey, look, it's a 1.5 point difference. It's almost nothing. So there you go. That's the result. いや、ここもね、順当にいったら正雄だよな。この2台は。
はい。何かない限り。これはどこを見てでしょう。タイヤのこのウェットでの状況のトラクションの差でですね。タイヤの差。ちょっと正雄のペースに、松山北斗ついていくの大変だと思いますが。ついていけないかも。はい。いやー、こっちは松山北斗と So our final. そしてもう一山の方は横井正史 VS 尾藤弘樹となっております。Semi-final coming up now. Matsuyama versus Suinaga, and then Yokoi versus Vito. この実況席もだいぶ雨が入ってきました。いや、見てる方も辛いですけどもね。さあ、これじゃあまたどっちが勝つと思うか、チャットの方に書き込んでもらいましょう。松山か末永正雄か、どっち。 So this battle, 谷口さんの膝だけが Matsuyama versus Suinaga. So Matsuyama making it through to the semi-final against Seimi, whose car would not start, and then also S. お、さあ今スタート地点着きましたよ。さあまずは松山が Suinaga taking out Iwai and Daigo Saito, who lost a whole lot of angle on his entry, and it was kind of a self error. So who's going to win out of these two? Leading the first run, Matsuyama in the Supra. Matsuyama getting those clipping zones. Suinaga doing a great job staying there with him. Another clean tandem battle between these two. Very, very close. ポール転がってたな。お、スタートこれリプレイ見ましょう。どれどれポールって。どこだろう。 Let's watch this replay. Slower than usual because of the wet conditions. この後。これか？これか。ああ、倒した。これ松山減点だ。Oh, we have a pylon knocked down. That's Matsuyama. Matsuyama is, you can see that rolling down the hill there. Matsuyama will be getting a penalty for that, unfortunately, so he's already on the back foot. So Matsuyama entering in the Supra. Chase car with more angle. Lead zone. Yeah, that should be okay. He does have an extremely thin, you might not be able to see it on the live stream. He has a very thin bumper, in inverted commas. You can see it right there, which does extend out a fair way. いや、これは正雄が取りましたね。取りましたね。これは取りましたよ。大きく。結構取りましたよね。Chase car racking up those proximity points. 谷口さんは末永正雄との対戦はあります？ Should be maybe like between a 4 to a 7 maybe. あると思うよ。あんま覚えてないですか？あると思う。あると思う。Yeah, like I said, shame we're not getting the usual kind of smoke we usually get here. HKS86 で出て超弱い頃だろうね、きっと。あ、その頃。自分がまともに走るのすら難しい頃だからさ。You can watch the footwork there from this camera. You can see their feet. そうですね。Accelerator work through the connector, switch back, これで今の1本目。 clutch in, bit of brake, back on the accelerator. あれポール当てんのはなんであんな当たるんですかね。やっぱり坂降りたところのカーブをいい角度で曲がりたいからちょっとでも左に寄せたいじゃない。で、車幅が思ったより広かったんだろうね。You can see the heat waves coming off the Supra there because the big exposed radiator in the back. これもう一度今リプレイが。これポールがポヨーンと飛ぶんだもんね。ポヨーンと。Not feet, shoes, I should say. Racing shoes. I know what the internet's like. Oh. All right, a -2 to Matsuyama for knocking over that pylon on the entry.
ポール倒しのマイナス2と、末永正雄はこれは Suinaga, they're also getting a -2. セクター5でコースアウトですかね、末永正雄。そのマイナス2ということで。後追いもコースアウトがあるんだね。あるんですね。And Suinaga apparently going off the track in Sector 5. So that's over the finish line. So they do need to go over the finish line, over the actual finish line. 5点差。 That's one of the only, it's either the end of the course or the very beginning of the course where the chase car can potentially go get an off-track penalty. The rest of the course is open though. But they do need to go over the actual finish line. 3点差だね。もっと開いてたってことですよね。もっと近かった。いや、松山が倒したんで。松山2点引かれてるんですよ、これ。もう86点。Chase car doesn't normally get an off-track penalty, but he did in this case. It was going over the finish line, not over the actual finish line itself. Here we go, second run now. Chase car with a disadvantage. Another close run. Matsuyama setting himself up like he's getting very close. He's waiting for the switch. But Suinaga starts to pull away. Oh, a bit of a straight line there for Matsuyama. He's right on the door of Suinaga, but at what cost? It's fairly safe to call at this point that Suinaga has won that. Way too many mistakes for the chase car. It's kind of a desperate effort there. うわー、あれの寄せだと点入らないですもんね。よりもね、ゾーン3のところに行くところで、北斗がちょっと戻り気味になったんで、You can see Matsuyama just trying to set himself up on the inside of the track there as close as possible to the door of the S15 in front. He's on the accelerator. You see the wheels spin up in the rear. He's trying to get speed to launch himself into this next sector of the course. Right up against the door, but he tries to do it but doesn't manage to get there in time. Has to panic brake. He's on the handbrake forever. The car's just not set up right. It's off balance. Right up against the tire of the lead car. Looks like it might be a little bit of a rub there as well. 正雄からはね、見えてると思うんですよ、車が。北斗がね、近っと思ってると思うんですよね。 Matsuyama would have been close enough すぐ横にいますからね。that Masao would have been able to see him. これは寄せたとしてもマイナス部分が大きいですね。はい。これは末永正雄選手の車載ですね、今。何回もサイド引いてますね。 Interesting to see that Suinaga going for the traditional floor pull handbrake, not the vertical handbrake. プリって角度がつくのを嫌って、そうですね。ちょいちょいサイドでやってますね。いや、気温もだいぶ下がってますからね。相当今寒いですよ。Oh, we're glad the crowd is still here and watching. I mean, all you really have to do is just sit and watch. そうなんでしょうね。なんか I'm sure they're all pretty comfortable in their 確 ponchos. 認してるんですかね。でも正雄の方に落ち度はない気がするんですけどね。そうですね。 So, at this point, it looks like we have an all S15 final. 差は開きましたね。はい。マイナス7というのがこれがおそらくまっすぐなった部分とインカットの部分でしょうかね。はい。これで勝負ありになります。13点。 And there's the final score there. 来ました、 So 末 it's 永 fairly 正 obvious 雄。 from the results from that battle. The winner, Masao Suinaga, moving through to the final here at round 1. マイナス2、はい。 3箇所ぐらいですかね。はい。 3箇所じゃないか、2箇所か。まず、はい、大きくは、4セクのイン側、ちょっとラインが悪くなってインカット気味に飛び込んだ時の、
アンダーステアなんですよ。もうあれやっぱ通るアンダーです。完全にまっすぐなってます。なるほどね。はい、トスだけではなく、もうあれはちょっと取ると。ちょっとあれを大きく取っとかないと。あれマイナス5ですか。はい、マイナス5です。そうですね。でもう一つは第2ゾーンのイン側なんですけど、第2ゾーンのイン側、ちょうどイン側ちょっとまあ右前入るんですけど、手前の失速でふらついてから先行車両と違う車線上で入っていったものは、So that -7 there. あれは前と同じで行ってたあそこだったらいいですけど、そうじゃない。It was a 5 for that straighten. -5 for that straighten. わかりましたでしょうか。And I didn't catch what the -2 was for because I can't hear Kamomoto. Because there was other noise going on. But in any case, that's the result from that battle. すっごい水しぶき。もう相当水たまりできてますよこれ。これだいぶ路面変わってきましたよね。テルドライカスタマイザーさんありがとうございます。コースラインゾーン見えにくくて辛そう。確かに。All right, this is the second semi-final. Yokoi versus Vito. So this is an all Sylvia battle from now on. With the S15 of Masao Suinaga. And he will go up against either the S15 Sylvia of Yokoi or the 1Via of Vito, which is technically a Sylvia. So also interesting, 2 out of the 3 final cars, well, they're either blue or white. Even though the popular color this year seems to be red for all the D1 cars. I guess blue for the rain, maybe? I don't know. 技術の差ってすごくあるんですよ、やる人の。それ塗る人の？そう。たまにそのべちゃべちゃに塗って、その塗ってるせいでこう歪んで見えるのもあったり、綺麗に塗ってるで曇らないけど視界もクリアにしてくれる技術を持ってる人もいて、すごくね雨の曇り止めの。I hope you're all somewhere nice and comfortable watching this while we're out here in the rain. あたおかおじいじさんありがとうございます。さあいよいよ。横井正史先行、後井Vito Hiroki. All right, here we go. Another battle about to start between Yokoi and Vito. Yokoi leading this first run. Vito's chance. This is his chance to get into the finals. Just needs to stick to the lead car like glue. Here we go. Oh, and it's been too much. And there it is. Vito trying too hard. So a spin there in sector 1 for Vito, unfortunately. Still though, not a crash, which is nice. 本当に今この引いたところで横向けるじゃないですか。ここでスパーンって時にもうリアがいなくて、抜けちゃった。そうだからどちらかというとサイド引いたところでの水が傘が多いところでのもう一気にいなくなっちゃったっていうところが濃厚です。なるほど。Seems to be a lot more standing water on the track there compared to the last time he drove. You can see right there that big puddle flying up as Yokoi goes through it. これ D-MAX 対決になりそうな。濃厚ですね。そんな感じですよ。So we might be looking at a Suinaga versus Yokoi final, a Team D-MAX teammate battle here at the end. There is still 1 run to go though. It's not over until it's over. But that's a 91 on the left there, and that's a 64 on the right. So unless Yokoi also spins out, it looks like it's going to go the way of Yokoi. いやこの点差はひっくり返らないね。全く同じことにならない限りは。もしくは横井の車がトラブル出るかぐらいしかないんじゃないですか。まあだからゼロじゃないですよ。ゼロではないですね。勝負事はね、最後まで分かんないと。はい。
わー、尾藤これもベスト4来てますからね、すごいことですけどね。 Still on the other side. Great effort from Vito to make it all the way here to the top 4. 奥井吹雨多いんですよね。雨のラウンド多くないって来てますけども、多いんですよ奥井吹。先週のここでなんかありましたよね、イベント。連絡通路、はい、それも雨でしたもんね。なんか週末ここのとこ雨なんですよね。さあ今度入れ替えになります。尾藤が前で後追い横井となります。いやこれめちゃめちゃ差ありますからね。91対64ですから。 Alright, second run now. Vito in the lead. ここはもう見ますよね。 The only way for him to win this is essentially for Yokoi to spin out. Look, he may have missed that zone there. I think Vito may have just decided, hey, look, I'm just going to complete this run, take the car home in one piece, or take the car back to the pits in one piece, and just get ready for tomorrow. There's no reason to push it at this time. And there you go, there's the result. So it looked like Vito may have missed the zone. まだ決勝戦のことを喋るには The 早いですけ outer ど、 zone. これ横井勝ちだと思うんで、 Honestly, I think that was on purpose. He probably just decided to just complete the run 道具はもう互角なんで、 and take the タイヤも L 一緒、車も一緒、 and come back tomorrow. だからどっち勝つか分かんないですね。分かんないですね。はい。 Makes sense because as you can see, there's a lot more water spray coming up now compared to how there was before. どっちが有利ですかって来てますけどもうその時の勝負ですねこれは。 Still a good effort. It gives him some points in the top 4. まだまだ雨が降ってまして。 And of course, we have another round 気温 tomorrow. もどんどん下がってる。めっちゃ寒いです。会場寒いですよ。D-MAX 祭り。そう D-MAX を応援してる人は最高ですよね今日はねこれね。あと D-MAX のチームからしたらもう、どっちが勝ってもどっちが負けてもいいよってことだよね。そうですよね。 And there it is, a -2 to Vito, yeah, for missing that outer zone. I think on purpose. どちらも勝ちたい。 Just doing a clean run, getting it done, going back to the pits, getting ready for tomorrow. So overall score there, 183.5 to 152 in favor of Yokoi, who is moving through to the final against Suinaga. D1 開幕戦で2位とかっつったらまあ上出来な結果じゃないですか。でも今夜の晩飯の美味しさは別物だと思うんですよね。確かに1位と2位で全然違いますね。あ、ポチオさんが800円くれました。ありがとうございます。ありがとうございます。チームオーダーはありかっていうのは、チームから出すオーダーは、どっちが勝ってもいいからぶつけるんだと。そう壊すな As Yokoi returns to the pits, because he's going to get a little bit of time to get ready for the final. そうですね。みんなで美味しい酒飲もうぜと。早く帰ってそうしようと。とチーム側は言うけど、ドライバー2人はいやいや分かってるけど俺が勝つ。ですよね。絶対勝ちたいですよね。はい。チーム内のね関係ももうこれで決まりますからね。はい。お、これ2台とも S152 2J、今の最高の組み合わせってどんなのですか？まあやっぱり2J っていうエンジンは、ドリフト界ではもう今揺るぎのないみんなが絶対信頼するエンジンじゃないですか。まあもちろん VR もいいんですけど、でその中でやっぱライトウェイト、なシルビアか GR86、そこら辺がやっぱりいいですよね。でまあなんとなくその GR86-2J とシルビア 2J でいくとフレームシャーシ合成が勝ってて今運動性能がとてもやりやすい GR86 が良いと。 2JZ engine, S15 Sylvia car. みんな全然いいと。 It's a winning combination. It's been proven again and again and ホイールベー again. スも実は GR86 の方が長いんですよ。シルビアより。
そういうところも良かったりとか、がしかし今日のこのコンディションだとやっぱタイヤの There's a 要素 little の方が大きい replay of some of the battles earlier today. You can see, nowhere near as wet as it is now. 車とエンジンだけじゃなくて、そうですね、やはりそこにタイヤが。ドリフトはパワーと、グリップと切れ角と、This is Yokoi's battle against Kano. でシルビアやっぱ軽いですし、良いですよね。あと熟成されてるし。ただまあ今から決勝は、もう両者同じ車なので、throwing it there over the finish line, Kano. どっちが勝つかわからないと。わかんないですね。はい。これは今今日の横井の走りが出てるんですね。はい。リプレイで出てます。ハイライトいろいろ出てますね。はい。これは中村直樹と村上の対戦ですね。ここでちょっとね村上がスピンしちゃうんですよね。そうそう。これ結局村上の That was our brand new GR86 head-to-head. Nakamura versus Murakami. そこもすごいですよね。Nakamura took out this battle. これは斉藤祐二と尾藤。Another battle, Vito versus Yuji Saito in his VR38 GTR engine-powered S15 Silvia. パヤパヤ1号さん。谷口さん、ミトナットレーシングに入らないんですか？存在してんの？人気ですから。500円ありがとうございます。まだ1万人以上見てくれてますから。すごいな。そう。もう晩ご飯時ですよ。6時過ぎた。もう6時12分。いやこれで3位はもう決定してるんですよね。3位が松山ですね。松山。今ウォーミングアップ。ウォーミングアップ。なんか笑ってる顔してるな。なんかニコニコしてますよね、横井ね。気のせいかな。そんな風に見えますけどね。笑ってる風に見えたんですけど。楽しそうな感じに見えましたよね。ウイングの角度がむちゃくちゃ立ってますね。正雄ですか？いや、両方。どっち？今こっちは正雄ですね。横井ウイングの角度がゴン立ちしてますよ。ゴン立ちって言うんですか？俺んち9時ぐらいにご飯食うから大丈夫だぜって言ってくれてますよ。うち5時半から6時ぐらい。早いですね。早いですね。さあ今2台がウォーミングアッ Alright, プ。here we go. Both cars warmed up, ready to go. So remember, green trim is Suinaga, red trim is Yokoi. 黒猫さん。黒猫さん。やっぱり D1 は最高ですよ。だって。ありがとうございます。嫁と料理作りながら見てます。だってすごい。指切らないのに気をつけてね。気をつけて。リップの色で見分けるしかない。緑が正雄、赤が横井。先行正雄。はい、先行は末永正雄、後追い横井。Right, here we go. Final battle for round 1 of the 2023 season of D1 Grand Prix. It is Suinaga versus Yokoi. Team D-Max. Teammates going head-to-head here at Okuibuki. So leading this first run is Suinaga in the right lane. Here we go. First battle. See how this goes. They're already close. Yokoi already very close to the lead car. D-Max のアピールタイム中です。ゾーン1、2外したよ。Oh, Yokoi not quite getting as close to Suinaga maybe as he'd like to.
And there we go, first run between these two. ライン減点が3点は入ったね。完全に D-MAX の CM 中です今。最後はもう同じライン通ってましたからね、2台とも。角度も揃ってた。ただこの今リプレイ出てますけども、第1ゾーンが普通過かな、これは。Let's check this. Did Tsunaga get through the zone? No, he didn't. So lead car is going to get a penalty. He wasn't deep enough. だから減点は1点だけかも。第2はまあ外してますよね。谷安さん、仕事で行けなかったのが辛すぎますよ。Oh, this is not looking too good for the lead car, Tsunaga. He's going to get a bunch of penalty points for this run. これは後追いポイントとしてはどうですか、横井の。直樹の時と気合が違うよね。確かに。あの時の気合はね、あれはやっぱあの時じゃないと見せないですよね。ね。やっぱ直樹と横井の時がベストバウト。Oh, there we go. -3 for Tsunaga. -3はゾーン1、2ですね。そうだね。1、2外してたんですね、やっぱりね。So that's two 1.5 point penalties. And Yokoi getting a fairly decent 7 proximity points on top of his score of 90. So an 88 to 97. So Yokoi will be going into this next run with a lead. 最後はちゃんと俺今回この追走が始まる前に書いたからね。それはもう僕見てましたから。追走始まる So 前 it に still has a chance. ラダーに記入してましたから。That said, though, poster curse, can Yokoi break the poster curse? でもまあ最後当たってたらね、すごいですよ。さあこれは思いっきりいくのか。末永正雄。ポチオさんありがとうございます。はい、2本目終わるまでまだ何が起こるかわからない。そうなんですよ。何が起こるか分かりません。さあいよいよ入れ替えです。今度は横井が前、後追い末永正雄。All right, second run now. This time Yokoi さあポイントは9ポイント。 with the advantage will be going into the lead. All right, second battle. Tsunaga. Very close. He's closer to Yokoi. Yokoi gets the zone though. Yokoi gets both zones, so no penalty for him. Tsunaga dives in and stalls. But no collision though. Very exciting chase run. Great chase run. Chase run Tsunaga went for the Olympic 10-meter dive in Sector 4. いや結構攻めましたもんね、マサオね。今夜の美味しい晩ご飯が食べたかったんだね。Yokoi doing a good job leading there, lots of angle. The chase run there from Tsunaga. He's got both fists up. He's ready to fight. 素晴らしい決勝でした。あたおかおじじさん、ありがとうございます。何回もくれてますよ。頭おかしいってこと？はい、あたおか。まあ自分で言ってはるから。Now watch this, the flick back. Yokoi taking a long time to get the angle. 辻本さん風邪ひいてない？辻本さん名前間違えてる。Diving in, this looked like it may have been a collision, but it wasn't. 寒いね。 And look at that, never straightening up though. いや、やっぱ車載カメラの映像いいですよね。今回ね、どんどん出してますけども。オンボードね。はい。あ、ポチオさんもありがとうございます。さっきもいなかった？そう、何回かくれてますよ。いや、すごいもらったんじゃないですか。スパチャ。スパチャ。There we go on board from the chase car. Look at that, so close. そうなんだろうな。聞こえるように言ってみる？いや、聞こえてると思います。So close, we can't even see Yokoi through this camera. There he is, right there.
And then watch this dive. Here we go. Watch this as they flick back and dives in. Again, we lose the lead car in the peripheral vision. Tsunaga barely adjusting his steering too. That was a great recovery from that dive. クパーさん、青むちさん、長い時間お疲れ様でした。二方今夜ゆっくり暖かくして休んでください。ありがとうございます。ね、嬉しいですね。Oh, it's going to be interesting to see the result from this battle. もうすぐ終わります。はい、終わったらとっとと帰りたいと思います。いや、表彰式ありますから。表彰式がありますから。辻置いて帰るからも。いや、もうほらまた名前辻野さんになってるやん。こうどんどん間違えてくれ多分。誰かが間違えた。All right, everyone. So if you are watching online and I do suggest you hang around to see who wins this. But if you do have to go, that's the action done for today. If you do want to come back and check out D1 Grand Prix tomorrow, so time here is 6:30. It's going to be hard to say what time it is, but it's on tomorrow. D1 Grand Prix round 2. We have. Let's see. Qualifying starts from 10. This is Japan time. Qualifying starts from 10 a.m. and battles start from 1:40 p.m. So to make that easy to understand, for our American viewers, if any of you are still up, you probably won't be able to. Actually, what time is that? Qualifying is evening, so Saturday evening, and then battles are Saturday night. For anyone in Southeast Asia, Australia, New Zealand, etc., just morning. We start at 10 a.m. and then the battles are at 1:40 Japan time, so it'd be a bit earlier than that. Sorry, a bit later than that for you guys. Anyone watching from Europe? As soon as you get up, open YouTube and turn on the stream and see where we're at. That is my very rough suggestion. また好きにドリフトしてるんですよ。はよ来いって。そう。みんなの前で結果発表の前になんかやってます。So once again, if you just want to know what times they are, this is Japan time. If you want to convert it, you can just jump on the internet and just go like time converter, or just look up like on your phone like world time. On the phone app, you can usually have a bunch of world times on there. So it's tomorrow, 10 a.m. for qualifying, and 1:40 p.m. for the top 16 battles. ダメなんだな。ダメなんですか。いけない。いけない。さあ今降りてきましたよ。エッジケースハイチャレ富士。ああ、被ってるんですか。そしてアールズミーティング富士。So no, this is not a demo run for 富士にいますね。Team D-Max. Was our final. Yokoi さあ来ました。もう表情からわかりますけども。さあではここで結果発表になります。All right, here we go. Winner of round 1, 2023. It's Yokoi. Yokoi, winner of round 1, multiple D1 Grand Prix champion. 2023年開幕戦を制することになりました。通算11勝。 And in second place, his teammate on Team D-Max, Masao Surinaga. 惜しくも敗れたところ、準優勝は末永正夫選手でした。そして準優勝は末永正夫選手。D-Max の1-2でしたね。 Big round of applause for Team D-Max, doing a great job here this weekend. A 1-2, first and second place. ポチオさんありがとうございます。ポチオさん何回も。ね、北九州の後輩なんですって。正夫さん惜しかった。 And there we go, official result there. Winner Yokoi. D-Max さんおめでとうございますと。 Now don't forget, we do have round 2 of D1 Grand Prix tomorrow. I really hope the weather is going to be a bit clearer. It's probably going to be about the same as today. 息子ちゃん。
これはいいですね。But we have some time converters in chat. Thank you for that. Chat says, if the weather isn't terrible, will you be doing a live stream tomorrow? Yes, of course. Oh, you mean like me doing a live stream? Maybe. I don't know. If it's really bad, maybe not. I plan to, but we'll see. It'd be nice to not have wet conditions here at Okuibuki every now and again. Still, though, we did see some very high-level driving, even in these wet conditions. Especially in these wet conditions, where normally you'd see a lot of spins. We saw some great head-to-head battles. Very close. Only a couple of small collisions. そうですね。単走はドライで追走はウェットという状況になってしまいましたが、まあところかなりいいものも見れまして、開幕戦 So no tire smoke, unfortunately. でしょうか。でたくさんね、なんだっけ。The wet definitely does make things interesting and makes the hello. ありがとうございました。 Makes things different. Wait, did he actually get it right? ここは当たってます。 He got it right. これ追走始まる前に。 Wow. Now, I can vouch for that. Taniguchi showed me that before we started. He said that's who's going to win. And I said, I agree with everything, except I think Nakamura's going to go one rank higher. And he didn't. He got it right. He got it 100% right, as you'd expect. I mean, this guy is a D1 Grand Prix champion as well, former. 2001, it's a fair while back, but he still did it. So there you go. だからまあ明日も横井勝つ可能性ありますよね。そうなんですよ。こういうデュアルでやるときはね、だいたい。Chat says, are you starting commentary at 10 a.m. tomorrow? Yes. でもそれを2連勝されると Yes, when qualifying starts, that's when I'll be on. やっぱり中村直樹が絶対止めてやると明日はいう感じでしょうね。はい。ということでございまして、今日この開幕戦はこういった結果になりました。この後ですね、準備ができたらもう表彰式、もう今やってるんですね。So I think from now on they're going to be doing the award ceremonies. So it's not entirely necessary for me to do commentary on that. 賞金の授与ということになります。これも小口義則さんからで。But we'll do it just for this one. Here you go. Winner of round 1. 賞金100万円の授与ということになります。 今回の優勝者、 So good start to the season for Team D-Max. 優勝賞金100万円が今手渡されることになりました。 Did we not get the official score? おめでとうございます。 I can't see it anywhere. Oh, it was 76 Tsunaga, 92 Yokoi. So Tsunaga got 7 proximity points. So there you go, that's the result there. Yes, that's Koguchi. They have a whole bunch, this year they have a whole bunch of former D1 Grand Prix drivers out here doing commentary, judging, sub-judging and things like that. さあ今金メダルの方が渡されたということになります。いやー、まずは開幕戦の優勝、横井正史選手が見事に全てを持ってった。 Make a prediction tomorrow like Nob did. You know what? I will do that. Because I've only got one battle sheet. So if I wrote on it what I thought, I'd have to like cross it all out. So yeah, tomorrow I'll get 2 and I'll make a prediction. See if I can beat Nob because he got it perfectly this time. トロフィーの方がここは高橋邦明審判員よりトロフィーの方が渡されることになります。優勝チーム D-Max レーシングチーム代表のやら浜川さんが今
優勝トロフィーを渡されることになります。さあ、そして副賞です。トネ株式会社より与えられる副賞ということになります。トネは工具一筋。Alright, everyone, so it's just going to be the awards ceremony from now on. So I'll let you go if you want. If you want to keep watching the stream, they'll be doing the awards for D1 Grand Prix and also for lights following that. D1 Grand Prix lights, if you missed it, was held this morning. 優勝チーム D-MAX レーシングチームに今渡されることになりました。はい、おめでとうございます。No huge spanner this time. I don't know. I think maybe they don't do. I think that's for the maintenance award, isn't it? パナソニック賞が渡されることになります。パナソニック賞はルミックス S5 マーク2レンズキットがこちらの方はパナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社イメージングネットワーク事業部ソフト設計部 Alright, everyone, so we might leave it there for now. Thank you for watching. I appreciate you all being here. The live stream this year. So I had a bit of a talk to the D1 people and said, like, well, what do you want to do? Do you want to do anything different this year? And they said they're slowly changing the live stream. As you may have noticed this time, the pit camera was no longer potato camera. It was actually good resolution. You may have noticed also the cameras in the cars were also a bit better quality. And we had a lot more of them running. 末永正雄選手には賞金30万円。So they are improving things here and there. I'm going to make some suggestions to see if they'd be willing to do some different things and make it a bit more fun for the overseas viewers. But leave that with me. Just for now, at least, I'll be here doing the commentary and looking forward to the rest of the rounds this year, including the final round of the year, which is going to be at Odaiba in Tokyo. Really, really looking forward to that. It's been such a long time since we've had drifting at Odaiba. It was actually since before the Olympics was the last time they did it. A couple of years before the Olympics was the last time they did it, so yeah, it's been a while since then. It's always fun to have drifting at Odaiba, even though the course isn't, the surface isn't that great, but the environment and the location can't be beat. It's real Tokyo drift. So that will be the end of the year. I've got some, they gave me some goals for the end of the year, so we'll see if we can do that. Right, everyone, so actually the Japanese commentators have left, so I'm going to leave it there. I'll leave you with the stream until it ends. Thank you for watching, and I'll see you, hopefully I'll see you tomorrow for round 2. Hopefully the weather is good. Do whatever you need to do to make the weather gods give us some dry weather at least for qualifying. I'll take that. Alright, everyone, once again, thanks for watching. Is D1GP merch available for international viewers easily? No, it is not. Here, look, here's your goal. Come to D1 Grand Prix and come here yourself and buy the merch yourself. There you go, that's your goal. Come and visit around. How about that? Alright, everyone, thanks for watching. I saw our Hong Kong viewers as well. I saw that, thank you. Also, Dave. Yeah, good luck. And I'll see you all tomorrow. Thanks for watching once again. Oh, by the way, new Norio video out. I uploaded it at 2 p.m. today. If you're on YouTube, go check that out. Another retro video. I don't care how well it does. I just wanted to put it out there because it's funny. Alright, everyone, see you tomorrow. Bye for now. Thanks for watching. Bye. さあ続きましてベストメンテナンス表彰です。この賞は D1 グランプリの車両検査を優秀な成績で通過した車に贈られます。ベストメンテナンス賞は
さあということで、どうやらチーム東洋タイヤドリフトということになりますか。藤野秀幸選手のチームということになったと思います。チーム東洋タイヤドリフト、藤野秀幸選手のチーム、こちらにどうやらベストメンテナンス賞、はい、が渡されるということになります。さあこのベストメンテナンス賞は利根株式会社代表取締役平尾元弘様より渡されるんですが、ちょっとねこちらの方にはまだ来ておりませんけれども、この、角度締めトルク締めに対応するトルクレンチが、後ほど贈られるということになると思いますので、利根株式会社より区賞が出ているということになります。さあそれではさあこのまま続きましては D1 ライツシリーズの方の上位3名、そして単走優勝というところの表彰をさせていただきたいと思います。さあそれではよろしいでしょうか。これもまた審判員の方々に、授与をしていただきたいと思いますけれども、さあそれでは今回の2023年 D1 ライスシリーズラウンド3、まずは見事に優勝を決めたのは神野俊之選手です。おめでとうございます。神野俊之選手には野村さんからですね。野村さん来ましたね。はい、野村さんの方から優勝トロフィーが渡されることになります。おめでとうございます。そして区賞といたしましてはオリジンラボエアロパーツ1点、さらにはワコーズトリプル R タイプ D、 そしてさらにはワコーズケミカルセットが渡されるということになります。おめでとうございます。初優勝を果たしました神野俊之選手、ここから一気にシリーズラウンド、本当にどういう戦いになっていくか、一気にランキングも上位の方に駆け上がってくるということになりました。おめでとうございます。さあ D1 ライスシリーズラウンド3第2位です。第2位は米内久人選手です。またしても着実に上位でフィニッシュということになりました。米内久人選手が今第2位で2位のトロフィー、さらには副賞といたしましては BN スポーツ賞、そしてワコーズトリプル R タイプ D が渡されることになります。はい、おめでとうございます。さあそしてさらには D1 ライスシリーズ今回のラウンド3第3位です。第3位は三好隼人選手です。おめでとうございます。久々にまたこの位置まで戻ってまいりました。三好隼人選手には第3位のトロフィー、そしてさらには副賞といたしまして BN スポーツ賞、そしてワコーズケミカルセットが渡されることになります。さあそして単走優勝です。見事に単走優勝を果たしたのはこの人でした。中川直隆選手です。おめでとうございます。初のこの単走優勝、中川直隆選手にも優勝のトロフィーが、そしてさらには副賞といたしましてはオリジンラボカナードが渡されることになります。そしてワコーズトリプル R タイプ D が今副賞として渡されるということになりました。おめでとうございます。 D1 ライスシリーズラウンド3、今それぞれ上位3名、そして単走優勝者というところが今、合わせて表彰の方をさせていただきました。さあそれでは優勝インタビュー参りたいと思います。
さあ横井さん準備できてますか、大丈夫ですか。いやーとにかくこの悪条件の中本当にですね見事な走りの連発で最後はチームメイトをもう本当に圧倒的な走りで勝ったと言っていいでしょう。本当に開幕戦優勝おめでとうございます横井選手。はい、ありがとうございます。気持ちいいですね。これはいやーやっとD-MAX 対決でね、決勝走れたんで、できましたね。前もね、恵比寿で叶わなかった夢だったんで、本当にそれができてよかったと思いますし、もうこれ一つの目標でしたもんね。そうなんです、あと僕ここ毎回調子いいんですけど、奥井吹は、昔優勝した時からもうちょっと何回か優勝できてないんで、上位には来てるけど、なかなか優勝できなかったんで優勝できてよかったですし、前優勝した時にですね、自分の子供がすごい小さくて、表彰式で写真撮りたかったんですけどそれができなかったから、やっぱりさっき一緒に乗ってきたのがそうですね。そうなんです、で今日写真撮れて、だいぶでかくなっちゃったんですけど、夢が叶ってよかったなと思います。いやー本当に素晴らしいところだったと思いますけれども、今日はですね途中ベスト8でもうねライバルの中村直樹も破って、もうこれどうですか、振り返ってみれば今日の戦い。フルマーク取られた時は、さすがやなと思いましたけど、ドスの点数が低いのも分かってたし、そうですね、そこですね。僕のドスの点数が結構ね良かったんでずっと、自信持って行って、直樹がね本当はもうちょっとあんな逃げモードじゃなくて、ちゃんと普通の走りしてくれたら僕もフルマークいけたんじゃないかなと思うんで。なるほど、逆にね、あいつには明日しっかり走ってもらってフルマーク対決でもう一回走りたいと思います。もう一回やってみたいというところ、でもここまでの対決は全て勝ったという形になりましたね。そうですね。もう最高の明日へつながる最高の一日になったかなと思います。そうですね。これは今日明日ありますけれども、これ今日多分夜もうしょうがないけど宴会状態になっちゃうんじゃないですか、横井さん。ちょっと明日来ないかもしれないんですけどなるべくはほどほどにと監督に言ってください。わかりました。さあそれでもね、本当にチームもみんな2台もね準備大変な中、そうですよね。いろいろリニューアルもしてもらって、勝てる内容になってよかったなと思いますし、ありがたいなと思います。あと今年タイヤがグッドライドに変わって、雨なんて本当に初めて走る状態だったので、伺いながらの状態だったんですけど、間違いなく勝てるタイヤだなというふうに思ったので、ぜひ今年1年、グッドライドの活躍を、ぜひ見てもらって、一緒に楽しんでもらえたらなと思います。わかりました。結果ワンツーということですからね、本当にね。さあということでこのままシリーズを一気に駆け抜けていくということになるかもしれません。通算11勝目というところで見事なる開幕優勝を果たした横井正史選手でした。おめでとうございます。さあそしてそうか、ライツ選手も行きましょうか。優勝だけはやっぱり一言最後ね、この雨の中まで残っていた、もう本当はめちゃ嬉しいはずというところで初優勝を果たした神野選手にライツ初優勝、本当におめでとうございます。神野選手ありがとうございます。いやいろいろありましたけども、とにかく勝ったのは、優勝したのはもうただ嬉しいというだけでよろしいですか。もうめちゃくちゃ嬉しいです。決まった時はどんな感じでしたでしょうか。いやもう米内君の後追い、僕もうビュッて置いてかれて、終わったと思ったけども、もうルンルンで単走で行こうと思ったらなんかビュッと行っちゃってたんで、なんか横にいなくなっていったのは見えたわけですよね。なんかグッバイしちゃってたからあれと思ってそれで帰ってきたところで途中で気がつかされた、だから慣れなさすぎて抜いていいのか待つべきなのかちょっと分かんない。なるほどなるほど。でもどんな形でも本当はいい追走をもちろんしたかったとは思いますけれども、これライツの初優勝、これ夢にまで見たね、まず目標だったと思いますけれども、今いかがでしょうか。もう子供たちにトロフィー持って帰るって約束してたんで、もう早く帰って見せてあげたいです。そうですね、いやでもまだまだシリーズは続きますんで、それでもね本当にシリーズチャンピオンまで目指して頑張っていただきたいと思います。初優勝神野俊之選手でした。おめでとうございます。さあそれではシャンパンファイト参りましょうか。もうねすごい雨になってきましたし、ちょっとですね、雨も本当にすごい中、皆さんも濡れてだいぶ寒い状況になっておりますのでね、シャンパンファイト参りたいと思います。さあそれではシャンパンの準備の方もどうかよろしくお願いいたします。
はい。さあ、いつものように奥の松市場の、プレミアムスパークリングというところだと思いますが、さあ、それでは用意ができて今記念撮影をしておりますが、ライツも一緒にもちろんここはやるんですか？ライツの方もライツの1、2、3位と単走優勝、それから今 D1 グランプリの方の開幕の、1、2、3位、さらには、単走優勝者というところでこの後シャンパンファイトが、行われるということになります。この間に喋りたいんですけどもね、どうぞって言わないとなかなか動き出さないんで、まずはシャンパンファイトしてからちょっと総評の方をしたいと思いますけども、写真撮影が OK であればそれでは参りましょうか。よろしいでしょうか。それでは盛大に雨の中シャンパンファイトをお願いいたします。さあ、ライツの方も行きましょう。ライツの方もシャンパンファイト渡されてないのかな。もしかしたらあれば来てる？いいですよ、やっちゃってください。はい、ライツシリーズの方も雨の中、はい、最後のシャンパンファイトよろしくお願いいたします。さあ、本当にすごい雨になりましたけども、最後の総評ということになりますが、貝本さん、はい、ライツ、それから D1 という形でこの雨の中終わりましたけどもね、まあライツはね最後までドライできましたけども、やはり D1 はちょっとね、雨が強いことになりました。まずはね、最初に、この悪天候の中ね、本当最後まで応援してくれた観客の皆さんにね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあライツ、GP ともそうなんですけども、まあライツはまた新しい顔ぶれで、なんか今シーズン進んでいくんだなっていうのがちょっとね、そう感じましたね。今回感じたんでね、だいぶ感じましたね。はい、ちょっと1年間本当楽しみに応援していただきたいと思います。いうところがあります。さあ、そして D1 グランプリの方です。GP の方は開幕戦、DMAX チームがワンツーということで、で結構新しい顔ぶれが増えました。新しい顔ぶれといろいろ新しいマシンとタイヤもいろいろ変わったりとかっていうところがあって、ちょっと流れがどうなるのかなと思った中での雨でしたから、まあちょっとね、今日ちょっと時間かかったりね、したシーンも何回かあったんですけども、まあ明日もね、まあちょっと天気分かりませんけど、本当に楽しんでもらえるような、そうですね、盛り上がれるものをやっていきたいんで、明日も。そうですね。ただちょっとこれ D-MAX このタイヤも含めてですけれども、この開幕戦のドライや雨での動きを見ると、このままちょっと逃げ切られるようなことにはないように、他のチームが多分ね、明日からもう一気にですね詰めてこないといけないですね。そうですね。まあ今回開幕戦でね、想定されるべき選手が力発揮できなかったり、トラブルで予選敗退っていうケースもありましたし、多分そういうマシントラブルもね克服して、多分明日はもっと違う形が出ると思いますんで。いうことになると思いますんで、明日の天気が方がまだちょっと分かりませんけれども、明日はどういう形でラウンド2が行われるかというところで、また今年のシーズンが見えてくるということになりますけれどもね、今雨降る中本当に最後まで残っていただきましたお客さん、どうもありがとうございました。もう一度言っておきます。そして拍手をお願いいたします。見事に開幕戦を制したのは横井正史選手でした。はい、以上をもちまして今回のラウンド1開幕奥井吹を終了とさせていただきたいと思います。もちろん明日日曜日はこの奥井吹からラウンド2を行う予定ということになっております。本当にライブ配信をはじめ最後まで見ていただいた皆さん、本当にどうもありがとうございました。また明日のラウンド2を楽しみにしていただきたいと思います。さようなら、ありがとうございます。青は挑み続ける心、青はまだ見ぬ何かへの渇望、青は内なる情熱、あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せトヨタイズ。
バリのタイヤ。柴田がプロデュースする次世代プレミアムタイヤ。トネは今年で85周年。こんにちは、谷口のモデルです。日本を代表する総合工具メーカートレコグさん、85周年おめでとうございます。僕もねトレコグさん使わせてもらってます。トネさんといえばですね、今回85周年ということで長きにわたりね、やはりいろんなことに挑戦し続け、企業としてちゃんと成長してきた証だと思います。皆さんもですね、ぜひトネの工具使ってみてください。スノコオイルはもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。Just throws them. Early先人が積み上げた伝統の味わい、時代に合わせた革新の味わい。次の100年に伝統と革新の300年、奥の松。